5番でございます。マイクでかいか。マイクの音がでかかった説がある。近い。調整ができてない。準備不足。段取り8分ならず。社会人不合格。5番でございます。国風でございます。ノーマンズスカイ。毎週水曜日定期配信やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。佐藤さんこんばんは。いらっしゃいませ。今日もよろしくお願いいたします。すいません、今日は1時間遅いスタートになってしまいまして申し訳ございません。用事と言いますか、そうですね、友人との交流が時間押しましてちょっと遅くなってしまいました。申し訳ございません。いつもより1時間押してしまいましたが、これからやっていこうと思います。今日はですね、目的をまず決めていないので、やりたいこと、やらねばならないことをちょっと整理しつつ、だんだんに手をつけていこうかと思います。あとですね、先日の配信であれしかどうかわかんないですけど、なんかちょっと怪しい方が配信に来たということがありましたので、ちょっと対策をね1個打ちました。画面の左下をご覧ください。慶太郎さんこんばんは。今日もよろしくお願いいたします。ノーマンズスカイやってまいります。ですね、この惑星のアドレスを映らないようにですね、こういう感じにアドレスガードを用意いたしました。どうですか？アドレスぴったり隠れてます。これで不意に写真撮りたいなとか、なんかした時とか、あと操作間違ってこの画面開いちゃった時にもね、アドレスが表示されないようになってるかと思います。ちゃんと隠れてますかね。いい感じに調整したつもりだったんですけど、なかなかいい感じになってるんじゃないでしょうか。佐藤さん隠れてますね。ありがとうございます。じゃあいい感じですかね。これでやっていこうかと思います。隠れてます。すごいよかった。ありがとうございます。これでね、ふと間違っても大丈夫と。自分も人間なのでね、いつ何を間違うか分かんないですから、これでポロッと操作しても大丈夫という感じですね。バッチグー。これでやっていこうと思います。皆さんいいですね。挨拶の輪が広がってますね。良きかな。で今日はですね、何から手をつけていこうかというところなんですけれども、とりあえずはごめんなさい、配信ちょっとギリギリになってしまったので、配信始める前に植物の回収とかはやっちゃうんですけど、すみません、ちょっと今日はここからやらせていただければと思います。大した量じゃないんですけどね、やっぱちょっとずつ植物貯金をねやってるので、これやっとけばね、必要なもの出てきた時に貯めてあるってできるので、気持ち貯めております。で回収した分預けてと。あとはそうですね、コルベットのパーツを集めたりもしたいところですが、どうしたものか。アイテム整理はしてたから多分大丈夫かな。あとですね、皆様花粉症の方いらっしゃいますか？いかがですか？花粉の具合は。国風の方はですね、もう鼻がもうねむずがゆくて仕方がない。もういつくしゃみが出てもおかしくない。もうギリギリの状態で配信をしております。ずっとね鼻かゆいんですよ。ムズして。なのでね、急にくしゃみとかしちゃったらごめんなさい。先に謝っときます。なんかね、鼻持ってかれる気がして仕方がない。だから声が違うんですね。そうかも。意識してないけど声今日ちょっと違うかも。あと今日はあれですね、他のところで声を張り上げるシーンがあって、ちょっと喉を酷使してるかもしれないので、ちょっといつもより声低いかな。どうだろうな。普段はもうちょっとボリュームを抑え気味に喋ってたりするんですけど、今日はねちょっといつもよりも喉開いて低めの声が出てるんじゃないかと思います。あと気持ち鼻声ですね。花粉症あるけどなぜか大丈夫ですね。なぜ？羨ましい。
どういうことじゃ。何が違うんじゃ。何が秘訣があったら教えてほしいね。コットンフィール大事。お花に優しいやつ。もうお花に優しい。もうティッシュとかもね、やっぱり花粉症持ちだとどうしても高い花セレブとかなんか上質なやつに買いがちですよね。やっぱり違うんですよね。ティッシュの塩梅が違うとなんかお花の周りの健康が違うというか、安いティッシュ使うと花の周りパッサパサになっちゃって、しまいには肌が荒れて痛くなっちゃうですからね。大事。めっちゃ鼻に当てるティッシュとかのクオリティはマジで大事。微妙にドリフトするのかな。よいしょ。最近宇宙船の方のモジュールというかその辺も新しいのつけてみたらなんかドリフトするようになってちょっと運転しづらかったりもするけど、これも慣れていかなきゃいけないですね。それであと行ってないところは開拓地がまだ行ってないと思うので、これも行って、はいよ。レッドブルので直すか。翼授かれば花の会員もなくなるだろう。今日もいつものねレッドブルの巨峰フレーバーを飲みながらやっていこうと思います。いただきます。命の水、素晴らしい。ドイツ人でいうとこのビール、国数にはレッドブル、素晴らしい。これで今日も戦えますな。バッチリ。アイテム溜まってますね。開拓地もね、そのうち S ランクに持っていかなきゃいけないですけど、なんだこれは。水漬けのスロットスティッカー合成所が壊れた。じゃあ修理しましょう。オッケー。ネブライザーか鼻うがいがおすすめです。鼻うがいやっぱ効果あるらしいですね。でもネブライザーって何すかね。聞いたことないかも。ネブライザー薬かな。薬か鼻をどうこうするやつ。やっぱ花粉症対策何かしら欲しいとこっすね。今日は外出するときマスクして外出したっすけど、やっぱりなんか適当なマスクだと効果があるのかないのかよくわかんないですもんね。結局あれ目に入ったら目かゆくなるんですよね多分ね。結局かゆかったんで効果があったのかなかったのか正直よく分かってないですよね。土砂64個、そのうち土砂も集めなきゃいけないか。マニアックな、今まで使ってこなかったアイテムとかも新たに貯金しないとダメか。持ってなかったっけか。なんか持ってた気したけどな。 A ランク B ランクがそっちと、なんか他にもなんか、じゃあ国和さん今日もタイトルかっこいい。中二病全開。国和中二病解放。もうね恥ずかしさもねもうだんだんね麻痺してくるわけですよもうね恥ずかしげもなくねもう中二病全開のタイトルつけ放題なんで任してくださいよ。中二病タイトルをね何かにつけたいときは、ね、いつでも声かけてください。国和にお任せいただければ最高の中二病タイトルを提供いたしましょうあら佐藤さん、国和さんにお伝えしないいけないことが、何かいけないことが、言いづらいことですかね。何かそれは言いづらいことなのかね。何気を使うことはない。いいたまえ。国和は何でも受け止めようどうぞどうぞお気になさらず。やばい、視界が悪くて全然何も見えない。出入り口はどこだ。こっち側か。これだ。多分こいつがまだよいしょ。半導体あったっけか。あるね。オッケー、素晴らしい。トースターってかなり電気を食いますので気をつけてください。ありがとうございます。ブレーカーすぐ落ちますよ。注意ですね。あれなんですよね。なんかパソコンとは多分系統違うからあれですけど、まかり間違って炊飯器やってる状態とか洗濯機回してる時にね一緒に使ってしまうと一瞬でブレーカー落ちるですからね。気をつけないといけないです。いやトースターね今日
やっとこさ譲り受けてきまして、我が家にトースターがやってきたところでございます。いやー、やっと来ましたトースター。嬉しい。トースターがあるとやっぱ食事のレパートリーがぐっと増えますからね。一番手短なとこで言うと、それこそ食パンとか菓子パンとか買ってきた時とかね、あとはそういう値下げした値引きされたパンとか買った時もトースターに入れるとね、表面パリッとして食感とか食べ応えが復活しますのでね。またトースターあればね、そういうところは困ることないのかなっていう感じですよね。やっと我が家にもねトースターがやってきたので、いやー、ありがたい感じです。これからねガンガン活用していこうと思います。トースター譲ってくれた人とも話をしたんですけど、グラタンとかやっぱり最初は考えるけど結局やらんよねっていう話もしたりとか、めんどくさすぎて多分やらない、十中八九やらない、お皿も買ってないやったら絶対うまいんだろうけどな、結局やらないんですよね。トースターもな。じゃあホームベーカリーを買わないと一番簡単なやつ。ホームベーカリーっていうとあれですよね、パン生地をこねるとこからスタートするやつ、ふかふかに発酵までしてくれるやつあるんですよね。生地こねて機械に入れるとふっかふかに発酵を進めて焼きまでやってくれるやつとか、たまにYouTube の動画でパンを一から作って、ちょっとふくよかな奥さんがすっごい幸せそうな顔しながら容器から焼きたてのパンを出して、わーイエスとか言いながら、そのふかふかのパンにナイフを入れて中身を見せびらかすっていう動画があったりとかして、あれ見てると、いやー、ホームベーカリーいいなって思うんですよね。めちゃめちゃ羨ましくなるです。ホームベーカリーもいいな、欲しいかも。どうしようかな。とりあえず船のパーツ集めるか。多分本当に何も考えずなので、あとはなんだろうな、パーツを探しながら、ロブスターで直接掘っても大丈夫かな。どの装備が一番コルベットのパーツを掘りやすいか。せっかくだからね、新しいロブスターくんもどんどん活用していかないともったいないですからね。内装も結局いじってないし、ガンガンやっていきたいですね。飛び立てロブスター、先にスキャンしなきゃダメか。まず回収コンテナ1箇所で、武器が今3つ乗っているので、1回あれかな、パーツが手に入り次第コンテナ回収用の武器に切り替えてみてもいいかもしれない。下か。嘘。そんなことあります？段取り悪し。そっか、船の。スペクターさん、こんばんは。本日もノーマンズ使いやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日もバリバリやっていきますよ。なんかアイテムギチギチだな。そっか。みんなからアイテムもらったやつ整理しなかった。中身いっぱいいっぱいですね。なんてこったい。嬉しい悲鳴。これは嬉しい悲鳴。とりあえず映せるとこ映していくか。よいしょ。オッケーオッケー。あとはこの辺の装備してないもの。ここもまだ拡張してないから後で拡張しに行こう。後でっていうか忘れる前にさっさと拡張しに行っちゃった方がいいかな。その方が早い気がする。で、あとはまだ今回収しきれてない分があるから、それを銃でボコスカ撃って回収して、まだ多分取り切れてないはず。よいしょ。まだ取り切れてないはずだから、アイコンがそのまま出てるんじゃないかな。アイコンが出てない。いっか。さあ、果たしてスキャンで引っかかるかどうか。多分真下にまだいるはずなんだが、多分取り切れてないはずなんだが、取り切れたのかな。映りませんね。映らないからいいか。
いいことにしよう。OK。多分またすぐいっぱいになっちゃうんだな。よし、そこです。当たるかな、当たってるかな。こっちの方が早いな。こっちの方が早いや。これはいいや。これは楽でいい。しばらくこれでいこう。あとはいアイテム整理してくるか。アイテム整理と、あとはいろんな拡張を先に済ましてこよう。そうしましょう。やっぱ無計画に始めてるから段取りが良くないですね。段取りがよろしくない。職人さんにはなれませんな。いや、それにしても視界が良くないな。オライオライ、この辺に止めてしまいたい。やっぱり実用的なコルベットにしようと思ったら視界のことも考えると、もっと縦長じゃないコンパクトなシルエットにまとめた方がいいのかもしれない。慶太郎さん、すいません、最近アークばっかりやっててノーマンズスカイやってませんでした。すいません。もうね、みんなやってない。何なんですかね、みんなね。そうやってアークに浮気して戻ってこないんだから、みんなして。ノーマンズスカイが寂しがってるぞ。みんないいのか、そんなことして。そんなことばっかしてると、ノーマンズスカイがいざという時に何もないか。何もないかもしれない。実用性なら私にお任せよう。実用性大事。なんかもう入れる場所ないな。どうしよう。整理整頓ギチギチかも。こっちの方でもすでに。ふむ。またなんか入れる場所考えないと。それか一回これ売っ払っちゃうか。売っ払っちゃってもいいかもな。売っ払おう。この辺は売っちゃう。溜まってるし。適当に手放して。間違った。意外と入らない。こっちももうちょい整理整頓して物減らさないとな。この辺ももう交換してきてもいい気はするけど。てか使わないからしまっちゃえ。レラックスしまっちゃえ。 OK。 これは売っ払います。佐藤さん、スターフィールドの大規模アップデートも間近みたいですね。スターフィールドもね、なんか最近みんなやってるっすよね。湿気。うわ、すげえ、ニップ176% まで上がってる。ちょっとだいぶいい値段になるっすね。927万。いいっすね。ほぼ1000万近い。いい金額。売っ払います。素晴らしい。いいっすね。マイクロプロセッサーも一回手放すか。枠を1個でも広げておきたい。よし、OK。あとは船アンテナついてないのか、これ。困ったもんやで。この距離でも遠いのか。このぐらいならいけますな。オッケー。一旦これは抱えて預かって、これもいいかな。あとステーシスデバイスいただいたものも換金してしまった方がいいのかしら。この辺とこれらは何で手に入れたっけ。一回しまうか。
ええ段取り非常に悪し。段取り×。段取り×でございます。こっちはもう解放ですね。こっちがまだ触ってないもろもろだと思うんだけれども、どうでしょう。入りきらないかな。どうだろう。入りきるかな。ギリギリ入るか。入らない。いっぱいいっぱいですな。これは入る、入らない。ステイシスは入らないっすな。ギチギチ。整理整頓しないともう限界。もう限界だよ。入らないよ。この辺が多分この辺り。おいで、石。ストームクリスタルこの辺だっけかな。でももうマックス入ってるね、ストームクリスタルも。あとはこのボックスももっとでっかいのがたくさんあればな。収納もっと楽なんだけどな。これエクソスーツの拡張ユニットか。こっちでいいや。預けて。量子加速器本当に入らない？なんか引っ張り出して避けれるものあるかな。これってファイアシップアルカディアのログとかって使わない。これ売っ払っちゃっていいのか。1600ユニット使い道が分かんないから、これポイしてもいいのかな。分からん、全く。いるもんなのかどうなのか。これ売っていいじゃん。これ売る、これ売る。あとはキャニスターとかも売っていいのかな。これいいや、売っちゃえ。これも売っちゃえ。あとは真珠は使う。売っちゃう、売っちゃう。ほいでこれは取っておく。ようわからんので取っておく。宇宙船の拡張をしたいので、でもここにいっぱいあるな。多分それで足りるでしょう。これがエクソスーツの拡張もしたいので、これも持っていく。マルチツールは大丈夫でしょう。フリゲートモジュールもまた後で大丈夫でしょう。隔壁、隔壁、隔壁、隔壁はあれっすよね。何でしたっけ。貨物船の方の確か拡張でしたっけか。これも済ませるか。済ませちゃおう。その方がいいな。よし。ではこれで、リエさんこんばんは。いらっしゃいませ。本日もノーマンズスカイやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。やることをね、あんまり深く考えずにスタートしてしまった結果、もたついております。とにかくもたついております。ありがとうございます。大量のお金、大量のお金。過激を押し付けるべきだったか。いや、もうお腹いっぱいです。本当何でもかんでももらってしまって申し訳ない。今からいただいたものをどんどん使ってあれとかこれとかを拡張しようかと思っているところでございましたので、本日はそれをやっていきます。それをやってからまたコルベットの部品の集め方をやって、である程度欲しかったパーツが出揃ったら、ちょっと今乗ってるロブスターの武器を乾燥してもうちょっと扱いやすくしていこうかななんて思っております。なんかこの辺もこれから拡張するからよしと。よし。まだなんか下ろせるものあったっけかな。もうちょい下ろせるもの下ろして、この辺やね。下ろす下ろす。オッケー。オッケー。一旦これで OK で、であとはこの辺もしまって、これもいいのかな、わからん。
わからんから適当に放り込もう。だんだん整理整頓がめんどくさくなってきたあと目ん玉はこっちだった気がする。 OK、 一旦これでこの足でこの足で宇宙ステーションに行って、おいっと、今乗ってる船のアップグレード、いざノーマンズスカイアイテムたくさんありますからね。本当にそう多すぎてどないしたもんかといつも思ってしまう。 OK、 あ、そうか、これはアイテムいっぱいくくりつけないとダメか。後でいっぱいやんなきゃ。ではこの辺をガンガン広げさせていただきます。本当にありがとうございます。ここまだか。よいしょい。ガンガン解放、ガンガン解放、ガンガン解放。まだまだ行くぜ。これでアイテム回収が非常に楽になる。本当にありがとうございます。よし。でコルベットの方につけれるアイテムを無理やりたくさんつけて、あとあれか、スーツの方も全拡張ここでやってしまいましょう。もらったアイテムさすがに余るのでは。さすがに余る気がする。いや実はちょうどいいかも。一瞬で広がっていく。そうか、下もマックスか。大空へ羽ばたけレッドロブスター。おべレッドロブスターさあレッドロブスターをさらに拡張していくぜ。レッドロブスターのこれか。とりあえず今拾い集めた分のパーツもしまってでコルベットの方でつけれる武器を無理やりくっつけたりなんだりかんだりやって、おべえレッドロブスター、アメリカへレッドロブスターアメリカへ行く。あと何のパーツがつくんだろう。今限界までくっつけた方がいいって話だったんで、まあとりあえずなんだりかんだりあと3つつけれると。見た目の変更にはなるけど、まあとりあえず一旦つけて、まだつく。でも性能的には変わらないのかしら。どうなのかしら。着陸装置とかに関してももうなんかあんまり変わらなそうに見える。本場の調理されてしまいそう。アメリカだからもう結構あれじゃないですか、大胆な調理方法でやられてしまうかもしれない。大体丸ごと、アメリカの調理は大体丸ごとのイメージ。ソーラーミラーとスターシールドバッテリーが足りないので、それをどうこうすることによってさらに追加でつけれますよと。サイクロトロンディフェンスキャノンつけます。3つつけました。 OK。 ここから見た目のみで、こっちがまだつきますでつきますと。順調。ディフレクターシールドまだつくのかな。まだつくな。つきます。おべえガンダム的な。いやガンダムはアメリカ行っとる。なんかとりあえずみんなアメリカに行っとる状態。米軍で食事にロブスターが出ると戦場行きだそうな。そういうこと。最後の晩餐的な。残酷すぎる。そういう意味合いがあるのか。半ば死刑宣告みたいな感じなんですね。それもエーロンパワーシールドがもう1個つくので、これも適当にくっつけたい。
適当にくっつけたい今日この頃。この辺でいいかな。ひえ、そうなんだ。残酷っすよね。実質の死刑宣告は残酷すぎる。シールドはもうつかないですね。マックス。あとはリアクターももうつかないのでは。あと何つく？ブースターとかももう全部つき切ったでしょう。お、複雑度の限界に近くなっています。こういう警告出るんですね。マックス100個中93個までもうついてますよと。なるほどなるほど。あとなんかつけれるパーツあるっけかな。アンテナとかってなんかあるっけか。まあ限界までつけれるものはつけたいので、なんか適当にこの辺になんか適当にアンテナとかこういうところにつけてみたりなんかして、貨物スフィアとかなんかよくわかんないのつけてみたりして、本当に使うかどうかは別として、これによってあれなんだ、全てのモジュール、あ、こいつか、接続されてないの。適当にくっつきなさい。 OK。 よし、これで枠は広がったのではないでしょうか。この状態でコルベットの枠の拡張をしでかし遊ばせますよと。よいしょい。素晴らしい。参ります。オッケー、ありがとうございます。素晴らしい。一回これやったらもういらないパーツは外してもいいんですよね、多分ね。外しましょう。そっちで外しても大丈夫なのかな。これはもうこっちで外して大丈夫なやつ、それともこっちの方のメニューで外した方がいいのかしら。あ、こっちから外せないのかねえ、どうなんだろう。パチ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 、ありがとうございます。おかげさまでフルカスタムでございます。この辺の枠がね最大になるのは本当ありがたいですね。まだ付けられてなかったパーツとかもどんどんこれで付けられるんで、一旦じゃああと外していいのかしら。よいしょ。よし、モジュールはテクノロジーから外せませんね。了解です。ってことはこっちから外さなきゃいけないですね。 OK。 じゃあここでばらします。ペイペイペイジンペイジンペイ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 。 OK。 それだかな、君もですな。ペイペイ。よし、これで余計なもんは、あ、なんかここにおるわ。ペイ。 OK。 さっきのだとまだつきそうなパーツあったけどな。あ、なんかよくわかんない時に魚雷が2つくっついてる。これは外していいんじゃないかな。ペイペイ。 OK。 あとは本当は攻撃力というか威力が上がるものに関してはもっとわちゃわちゃとつけたいところではありつつ、操作性がなんかいまいちですからね。これも本当はどうにかしたいところ。まあ一旦いいでしょう。 OK。 バッチグー。これによってわあ、枠めっちゃ広い。ありがたい。でつけてなかったものをこれで取り付けて、ワープハイパーコア余ってなかったっけか。あとはシールド強化、この辺はつけたいし、なんとかディフレクター、まあ大丈夫でしょう。あとはいろいろなんかつけていきたい。いろいろつけたい。あとこれは便利だから絶対つけたい。ないと不便。よいしょ。あとは必須で欲しいもの。オートチャージャーって今ないのか。つけとこう。あ、ソーラーミラーがない。これは失敗。ソーラーミラーが欲しいよと。 OK。 あとはこれをくっつける場所ちょっと順番いじってあげると多分
いい感じになるんですよね。いい感じにしたいので、どうしようかな。リアクターがこうなので、こっちのリアクターこうの、あ、これくっつかんのか、リアクター同士。そっか。こっちのリアクターは、くっつかない。これバラすとダメ？ダメなんだこれ。パズルゲーム開始。始まっちゃいましたね、パズルゲームが。そっか、これは動かせないのか。そっか。何々級同士じゃないとダメなのか、もしかして。それとも違うな。こっちはこっち同士だったもんな。変なの。自動リチャージついてるし。じゃあこれいらないやん。これバラそう。さいなら。必要なかった。悲しい。じゃあ何が必要なんだい？今ついてる。インフラナイフはついてんだっけ？今ついてる武器。フォトンキャノン。レーズビーム。だけ？なんかもう一個ぐらい。ダイソンパイプ。なんたらアクセル。これがポジトロンか。サイクロトロンか。サイクロトロンは単品で、でもついてるからもういらないのか。この辺が難しいっすな。高速アンプリファイア。これはつけた方がいいんだな。どの道多分使うんだろうから。いや、エンジンドライブだけつけとけば。この辺がよくわからない。ロケットランチャーつけたいけど、戦闘用にする気がないから正直いらないんじゃないかと思ってる。一応インストールと、シールド上昇。これあれか、単純になんかもっと分かりやすく S があったら S 買ってきてつけた方が話は早いのか。スーパーチャージフライなんちゃらかんちゃらかんちゃら。わかりませんな。難しいですな。もっと互換性とか表示してくれたら分かりやすいんだけど。アクアジェットをつけなきゃ。これは必要だ。これは必要と、発射コストが低ければ低いほどいいやろ。と、これは見た目だけのやつ。これもつけとくか。で、こんなもんかな。フェーズビームの性能を良くするやつ。シールドリチャージってこれつけないとつかないのか。じゃあこれ絶対必要じゃん。で、結局フォトンとサイクロトロンに関するやつをあればつけたい。でもこんなもんか。とりあえずこんなもんですね。 OK で、あとはこいつらを全部部材足して有効にして、配線繊維4つ全部星に行けばあるのでは。共鳴装置とかもありそう。共鳴装置は今作れるや。はいちくしょい。何個だっけ。記憶が鼻から出てた。3個 OK で、硫化物は
あるので、これをじゃあ取りに行きますよと。 OK。 あっという間に時が過ぎていく。ほんとそう、一瞬。いやもう本当に効率上げていかないと全然間に合いませんよ。本当にこいつは大変だ。 Bless you。 皆さんに私の吐息をプレゼント。君に幸あれ。今のうちにレッドブルチャージ。うまい。レドナガさん、こんばんは。いらっしゃいませ。本日もノーマンズスカイやっていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。鼻むずむず国風鼻むずむず風でございます。あかんっすね、花粉症持ちはこれだから。鼻一生ムズムズして大変。これを3つ欲しいんですね。これを3つください。なっとい。 OK。 あと何が欲しいんじゃい。4つだった。間違えた。全然間違えた。あともう1個追加入ります。 OK。 いいですね。挨拶の輪が広がっていく。素晴らしい。挨拶大事。アクアジェット OK。 次、二水素ゼリーは作ればあるのか。機密シール、配線繊維どうやったっけ。配線繊維はこっちとかだった気がするね。どこに何しまったか全然覚えてないから。あ、やべ、配線繊維ないかも。ないかもしれない。これはしまおう。配線繊維なんだっけ。テレポート調整機じゃなくて。ゲルゲリさん、こにゃにゃちは。本日もよろしくお願いいたします。ノーマンズスカイやっていきますよ。今はですね、コルベットのパーツを集める前に、ちょっと今乗ってる、前回作ったレッドロブスターくんの方をね、ちゃんと使える状態にしようじゃないかということで、今もうちょっといじってるところでございます。だいぶね、時間がとろけて仕方ないっすよ。あっちゅう間に時間がなくなっていく。電磁共鳴あるし、これか。鬼滅シールが1個足んなかったっすね。ステーション探さなきゃ大事。探さないといけない。じゃないと進まないっすからね。ステーションちゃんと見つけてね。あと何が足りないんべ。鬼滅シール2個だった。配線繊維が全く足りん。何個足りない？いっぱい足りない。もう配線繊維はもうごそっと持っておきたいとこだな。ちょっと待って、もう一回。鬼滅シール足りてるな。 OK。 これで OK。 よし。あとは二水素ゼリーはでも作れるのでは。よし、何個必要って言ったっけ。1個で OK。 よし。で、あとは配線繊維のみ。配線繊維普通に売ってないかな。ここで買えたらもう解決なんじゃが。配線繊維ない配線繊維ないので、ちょっとよそ行って探してみましょう。一番近いところでとりあえずここに行ってあるかどうか。読み込みが早い。今言ったばっかりだから素晴らしい。いいでよ、配線繊維。よし、来た。70個売ってる。うわ、値段高っ。プラス 26%。うわ、高い。買います。手間を金で買う。これを俗に手間賃という。その瞬間に払う価値があるのであれば、値段が高かろうとその場で払う。 OK。 じゃあちょっとパズルしていきますか。並び順をちょっと調整していい感じにねやっていこうと思いますが、
どうするべきか。あれフェーズビームの強化ってここか。じゃあこれは早速配置をこっちに。いいっすね。でこれがこれがナジョでもいいやつ。どうしたらいいだろう。シールドはこう囲ってるし、ブースターはこうなってるし、パルスドライブの位置を少し変えてあげるといいか。パルスドライブ下げ。お、なんだ。まあいいか。パルスドライブ。あ、このドライブこっちか。ハイパードライブの方だ。じゃあいいや。とりあえずこう。発射エンジンもこれで上がるのか。なんか上がったように見えたな。発射エンジン元からだ。元からですな。素晴らしい。挨拶の輪が広がる。素晴らしい。光学なんちゃらかんちゃら。あと、発射エンジンスーパーテクノロジーが入ってるから、これ入れっぱなしの方が燃費はいいのかしら。いや、アクアジェット、スラスター。せっかくだからここには別のものを放り込んだ方が効率は良いのでは。フォトンキャノン放り込むか。フォトンキャノン放り込もう。パルスするとき、左の小さいアイコン並んでる真ん中ら辺のやつを押してテクノロジー枠を展開すると楽ですよ。左側の小さいアイコン並んでる真ん中ら辺。これこれのこと。これか。わー、ほんとだ。ありがとうございます。これ便利ですね。これだと一発で全部見れる。これは楽ちんじゃ。素晴らしい。ありがとうございます。助かります。じゃあ、フォトンキャノンとりあえず。これすることによって、威力が倍になるので、素晴らしい。で、これくっつけて。もう一個本当はつけたいけどな。でも一旦こんなもんか。あとは、こっちの離着陸エンジンの方にこいつを。これ確かアクアは違うんだっけ。アクア関係ないんだね。あとは何がくっつくだろう。リーさん、私も初めて知ったね。え、情報本当ありがたいですよね。結構このゲーム本当にできることがもう本当にいろいろありすぎて、正直把握しきれないってとこが正直ですからね。パルスドライブ、ハイパードライブ、インジムドライブ。パルスドライブ自体のアップデート、シンプルにどっかで買ってきてくっつけた方がいいかもな。なんかいいの売ってるかな。それでだから何かいいのがあれば。おマスカールある左のアイコン見落とされがち。なんかね、通常のゲームプレイでね、見なくても進んじゃうもんだから、ついつい見ずにそのままやっちゃうやつ。あれなんですよね。本当にいろんな要素が複雑に絡み合いすぎて分かんないですよね。シールドモジュールもあるし、フェーズビームのモジュールもある。でも B か。まあ一旦いいかな。サイクロトロン。今持ってるのってサイクロトロンだっけか。なんだっけ、忘れちゃった。ポジトロンだっけ、サイクロトロンだっけ。これだ、サイクロトロンだね。じゃあこいつのアップデートが今あったから、こいつをつけたいですね。さあパワーアップだ。値引きが素晴らしい。でポジトロンは今ついてないんだっけか。これはフォトノスもんね。ポジトロンは今ついてないはず。サイクロトロンとフェーズビームですね。開発には一度 UI の見直しをしてほしいですね。まあそろそろこのゲームも多分いろんな要素がいろいろ複雑に絡み合って煮詰まってきたから、確かにそうですね。そろそろ開発の人たちにはもうちょっとね、見やすくしていただけたら嬉しいですね。ね、ハロゲさん一向の余地ありです。よろしくお願いいたします。多くの人が望んでおります。わあ、シールドモジュールどうしよう。でもまあ一旦いいかな。フォトンキャノンモジュール A だな。まあ A クラス つけるなら S クラスつけたいから一回スルーでいいや。で今買った分は早速インストール。6個一生1で、この辺適当に整理して、これかな、外していいの。これブースターって配置どれになるんだ。これは離着陸装置だから違う。リアスラスター。これリアなんだ。
通のスラスターじゃないんだ。メインエンジン、これどこに置けるかな。まあうわ、これここに入ってたのか。うわー、じゃあこっから外したくないんだ。うわ、どうしよう。まあリアクターか、ずらしていいの。リアクターずらして、で、スーパーチャージャーそのまま使いたいので、こいつはこっち。お、メインエンジンとコルベットリアスラスター、ここでくっつくのか。わかんねえ、難しいな。ただこれでフォトンが開いたのと、こいつがついたのでつけます。これ強いのでは。3熱発射速度ダメージプラス1。素晴らしい。大分強化。あとはこのフォトンキャノンアレイの方も本当はね、いろいろやりたいとこですけどね。フォトンキャノンはこれから台数増やす予定なので、そうするとこの辺がもうちょっと整理必要か。上開けといた方が間違いなさそう。これ一旦外すか。離着陸装置こっちに2つ持ってきていいね。そうするとここが開くので、結局このコックピットは何とくっついてるといいのかが全くわからん。全くわからん。こいつは全然下でいい。なんならもう1個下でもいい。避けちゃえ避けちゃえ。で、ここもスーパーチャージだ。加速発射コスト、まあこれはいいか、そのままつけといて。繊維お持ちしました。ありがとうございます。また何から何までほんと申し訳ない、お世話になってばっかりで。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。軽くもうちょいここら辺整理して、アムジス級リアクター、これに関してはどこにいても明かりつくな。ここに2つあるやん。コックピットはメデューサ級リアクターと、メデューサ級だとこれですね。こっちとシナジーあるんですね。わあ、すげえ、ありがとうございます。へえ、これつながりあるんだ。知らんかった。他はないんですよね。本当にこれだけなんだ。独特。ありがとうございます。これで最大級の性能が引き出せるってもんです。素晴らしい。で、これはこうして斜めでもいけるんか。斜めでもいけるんだ。じゃあこれ斜めでいいや。そうするとこれを一旦これ動かしたらもったいないって話だので、これをこう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 でいいんじゃね。こうでいいんじゃねえか。いっそのことこっちのサイクロットのこっちの方のスーパーチャージの方に放り込んで性能上げてもいいかもしれない。そうするとこいつが962のが一気に上がってくるはず。あとはシールドありに対する弾丸攻力がもともと7000あるのえぐいな。1万超えるのでは、もしかして。そっちの方がワンチャン強いまである。そうするか。こいつをメインにしよう。こうするとすげえ、1万超えた。こんなえぐいことになるんだ。ちょっと答えを1個見つけてしまったかもしれない。こうですね。これでいきましょう。で、こいつは多分そのうちここに縦に3つ並ぶので、これでいきたいと思います。で、他に調整したいものは特にないですね。強いて言うなら、ここのシールドのモジュールが確か何かあったと思うので、そいつをS ランク見つけてくっつけた方が良さそうだな。これも後で考えます。一旦 OK。 フォトンキャノンは後ほど OK。 ありがとうございます。ゲルゲリさんはどちらに。ゲルゲリさんはいずこ。今外ですね。外にいる感じですね。了解です。じゃあちょっと今のうちにちょっとシールドモジュールの S が売ってた気がするから、それも買っちゃおう。
シールドモジュールください。わーい、あざっす。嬉しい。おやつをインストール。オッケー。30% 強化いいっすね。本当はまだまだつくっすけど、一旦これでいいでしょう。だいぶ整ったのではないでしょうか。ありがとうございます。おかげさまで今バッチリな準備ができたところでございます。よし、ではゲリギリさんに合流いたします。技解除の近くに拠点作りに行ってます。了解です。あ、間違った、こっちじゃなかった。よいしょよいしょよいしょ。ではよいしょ。多分飛行性能変わらんのか。こうの3熱がだいぶいい感じかもしれない。だいぶいい感じかも。これデズペットや。Y の星。Y の星。よいしょ。あ、ちょっとパーツ預けてくるの忘れた。ちょっとパーツ預けてきます。ごめんなさい。段取りがよろしくない。さっき外したパーツをもう一回収めないといけない。忘れてた。荷物がいっぱいじゃ。あんまり近いとダメか。やっぱり見た目があんまりスピードが出てないように見える。不思議。いや、出てないのかな。どっこいしょういち。どっこいしょういち。あ、DA さんもいらっしゃいませ。先日基地を作るのを忘れていたので少しお邪魔します。どうぞどうぞゆっくりしていってください。ちょっとパーツ預けちゃいますね。よいしょい。攻撃力上げようと思ったら全部くっつけた方がいいんだろうな。あとエンジン性能を上げるためのモジュールというか、そういうのをいろいろ手に入ったら最高だけど、それもいずれ考えなきゃいかんな。全部いったかな。あとアイテムの整理をちょこっとアイテム整理して、この辺もな、もうちょっといじりたいよな。本当は結構なんか並び順がいびつになっちゃったな。あれ、なんかこれもともと縦か。フェーズビームとフェーズビームが3000。これも後でモジュールというかテクノロジー探しに行こう。ゲリゲリさん、落ちそう。大丈夫か。重たいかもしれない。やっぱぼちぼちあれですよね。その星にいろんな建築物が立ちすぎて重量だいぶ重いかもしれない。あれなんだよな、このロブスターの表面にもなんかいろいろ建築物というかくっつけてって、どうしよう。あれか、別に基地の建設はそばにいなくてもいいのか。じゃあそっちやっていただいてる間に自分のコルベットの方のお世話を進めていきます。オーライよいしょ。良いところでは。案の定落ちた。重かったか。あれなのかな、やっぱりもうちょっとこの星の結構あれなんですよね、いろんな余計な基地を自分何個も作ってるんで、減らした方がいいのかな。その方が安定する気はする。ちょっと考えとかないと。よしと。で、目的地は一旦自分の基地でいいかな。こっち。オライ。
しょ。よいしょ、この辺り。よしと。ケイタロウさん、参加希望です。どうぞどうぞ。遊びに来てください。どうぞどうぞ。今日はもう皆様つれづれなるままに、思うがままに、はい、歩き回っていただいて大丈夫ですので、どうぞよろしくお願いいたします。なんたって目的が定まってないですからね。そう、目的が定まってないから何しても大丈夫。何も決まってないってことは何しても大丈夫。素晴らしい。で、なんだっけな。アイテム転送可能。転送可能なら良いでしょう。なんだっけ、フェーズミームとか、あとはフォトンキャノンとか。フォトンキャノンのアップグレードそこなんだ。ってことはフォトンキャノンアレイともしかしてこいつはくっつくのでは。こっちとくっつければ性能上がるのでは、もしかして。ちょっとこの辺ずらすか。この辺ちょっとずらして。どうしよう。こいつらを、こうして、こうして、こうして。で、これが、そっか、テクノロジー噛んでるのか。こいつを、これでもいける？本当は隣の方が効果高いんだろうけど、一旦これでいくか。いや、待って待って。シールドってこれだけだっけか。他にも。アドレス持ってないです。了解です。じゃあどうしようかな。アドレス載った何かを送りつけてあげたら。あれ、ケイタロウさん、フレンドって交換してませんでしたっけ？フレンドのところから参加してもらえればいいかと思います。僕のいるところにピョーンと飛んできてもらって。あれ、前回、あれ、交換、してなかったか？どうしようかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。なんかかっこいいのが止まってる。してなかったですか。了解です。じゃあ、フレンド交換しましょう。フレンド交換しましょう。よろしくお願いします。そっちの方が、多分この先、インが楽になると思うので、少々お待ちください。ですね。ネットワーク。じゃあ、僕のフレンドコードを、コメント欄にボーンと入れますので、そちらを入力していただければと思います。貼り付け。はい。じゃあこれでよろしくお願いします。あとはケイタロウさんの方の、フレンドコードを、コメント欄か、あとは直接、DM とかでも大丈夫なので共有していただけると、それでインができるかなと思いますので、これで公開になるのでね、そんな感じでよろしくお願いいたします。だんだん僕も慣れてきたでしょ操作慣れてきたでしょ。いろんな人にお世話になった結果、いろいろ覚えましたよ。ありがとうございます。おかげさまでいい感じでございますよしと。あとはケイタロウさんが、コードを僕の方に送ってくれたら、僕それ入力して、で相互の交換が完了となりますので、その形でお願い申し上げます。何しようとしたっけ。テクノロジーすでに持ってるやつをもうすっかりノーマンズスカイプロに。いやいや、僕なんてまだまだですよ。まだまだでございます。ケイタロウさん、今届きました。ありがとうございます。じゃあこれ今入力しますね。スムーズ。素晴らしい。いいですな。よいしょ。ヘバデバ入力させていただきます。ハイフンいるんだっけか。ハイフンなしで入るっけか。入るな。オッケーオッケー。
の、これで良いのでは。 OK。 いったでしょう。いったと思います。多分いってるはず。ありました。よろしくお願いいたします。あ、レモンさんこんばんは。こんばんはね。ノーマンズスカイのプロがいると聞いて勉強しに来ました。またそんな、デーベテランが何をおっしゃいますか。本日もよろしくお願いいたします。ノーマンズスカイ、今日もねやっていきますよ。今日は無計画でいろいろ思い立ったところから手をつけているところでございます。ご参加いただいている皆さんもね、思い思いに拠点立てていただいたりとか、あとなんかわちゃわちゃと遊んでいただければ、はい、楽しく交流できればと思ってますので、よろしくお願いいたします。ね、ゆるーく、わちゃわちゃといきましょう。どうしたものかしら。これで、なんだっけ、ロブスターに取り付けるあれやこれやをこの辺にある在庫から引っ張り出してきて、なんかいい感じにしたいなという感じなので、何があるんだろう。バトルスピッターうんぬんかんぬん、これは武器関係、これは防御システム、体のやつや。ハイパードライブ強化ツール3個もある。いっぱいあるな。ポジトロン、これは違う。ボルトキャスターも違う。身もだえする調整器パーツ、なんかで一回使ってるな。これなんかあるかな。この辺はみんなあれか、スーツ用か。これはオートチャージだね。スーツやね、この辺は。この辺は武器だね。整理整頓下手か。結局どれがどれだかようわからん。これはアトラディウムドライブ作んなくてもあったんだ。ってなんか一言みたいに言っちゃったけど。もう一つ3番だけかな。3番ですね。この辺がプラズマランチャー、ジオロジーキャノン、スキャターブラスター、サイクロトロンの改造パーツ2個ある。つけてみるか、試しに。一体どんな感じになるのか。おもろそう。これは宇宙船のシールドモジュール、当たりだといいな。でこれがパルスドライブのモジュール。ハイパードライブはいいんじゃないかな。エクソスーツ、マルチツール、発射エンジンモジュール。発射エンジンもオートチャージあるからいいような気するけどな。いっか、一旦こんなもんにしておこう。さあ、当たりが何個あるかな。ではパルスドライブ、いざ強化。いってらっしゃい。はい。これは雑魚では7%、9% はあんまり強くないのでは。まあいいや、一旦つけとくってことで。さあもう一個。お、名前がかっこいい。海賊版で書いてある。お、これ強いじゃん。これ当たりなのでは。 25%、29%、18%。やったー、当たりだ。いいっすね。これ嬉しいっすね。パルスドライブはどんどん強化したい。どんどん強化。これちょっと寄せるか。もうちょっと寄せようか。もうちょい寄せたいけど、一旦これでいいか。くしゃみが出そう。出なかった。XK ガチャね、これ楽しいですよね。XK ガチャ当たりが出たらもう一本っていうか、いい感じにどんどんなっていくんで、これは楽しい。いい感じ。パチパチありがとうございます。
皆さんこんばんは。プロのプレイ見て勉強しなきゃ。トラップの作り方とかテームの仕方とか違うゲーム大パンそれは違うゲーム。またそうやってアーク楽しそうっすね。なんかもうみんなドラゴン乗りっすもんね。なんか新しいメンバーも増えて、なんかだいたい盛り上がってる感じですよね。いいな、楽しそうだな。うん。リエさん、わらわら。ね、羨ましいですよね。みんな最近あれですもんね。やっぱいろんなゲームに手出して、なんか、それはそれでなんか良さそうですよね、かなり。シールドパーツ。バイオニック。こいつは 32% 当たりだ。よーし。当たり当たり。こいつも当たりだといいな。30%。まあ、一応当たりの部類か、30%。オッケーオッケー。割と良いのでは。そうしましたら、またちょっとこの辺を整理整頓したいところ。何を動かしていいか。これが3つ。これが3つ。一旦こう。一旦こうして、で、こうの、こう。で、空間がちょっと余るので、この辺をギュッと寄せたいところ。リフレクターって、これはシールドとセットか。じゃあこうか。で、そこに上2個。2つ開く。けど、2つ開くけどだな。こうだな。置かんないならこうでいい。OK。でもさん、気づいたらいろんなメンバーが増えてくれましたね。国数枠が僕は胸の中で温めといてあります。行かなきゃ。結局買って参加せねばなるまい。マジどうしよう。だって絶対そっちつけたらノーマンズスカイやらなくなるもん。実際みんなやらなくなってるし悲しいぜ。国数さんはスターラプチャーをやらないんですか？違うゲームやり始めたら絶対こっちやらなくなるし、国数はあれなんですよ、複数のこと同時にできない人間なんでね、手つけたら終わりだと思っております。あれもこれもやったら絶対楽しいだろうなっていうのは親指くわえながら、もしくは歯をギリギリ歯ぎしりさせながら思っております思うところではありつつですね。いいなぁ、絶対楽しいなぁ。サイクロトロンモジュール、サイクロトロン強化だ。いでよ。これはちょっと外れか？ B ランク程度だな。最悪外していいな、これは。次のやつ次第。インストール。さあ、こいつは 11%、8%、1%。3熱発射速度。こいつが3熱発射速度ダメージ。なので、こいつがいらない。解体。倍茶。OK。佐藤さん、シールドの X モジュール最大値は 38%。そんなにいくんすか？僕、てっきり 33% ぐらいがマックスだと思ってました。32とか。うわ、いいな、その 38% のレア引きたい。確か、普通のシールドも32だが 33%S がマックスなんですよね。X の方がでも 33% とかがよく出るイメージがある。38% は大当たり枠ですね。欲しい、大当たり枠欲しい。出会わないかな。出会いたいな。どっかでポロッと出会わないかしら。あとフォトンキャノンの強化モジュールが1個欲しいかな。そうするとこれって緊急ワープユニットって別にスーパーチャージに入ってなくても良いのではって今思っちゃった。今気づいた。ちょっとここも変えよう。じゃあよいしょ。これチェンジでこいつは別にこっちになくてもいいので、こう。そうするとここのスーパーチャージスロットが1個開くので、いずれフォトンキャノン、いやもうフォトンキャノンこう S 入ってんのか。 S がスーパーチャージ入ってるんだ。一旦ここ入れとこう。 OK。 そのうちフォトンキャノンの強化アップグレードが増えたらここぐるっと囲って、でここのスーパーチャージに S とか X 入れて強化しちゃおう。グッドグッド、ベリーグッド。だいぶ強化されたのでは。結局ここのこのサイクロトロンがスーパーチャージの枠に入ってくれたおかげでだいぶ性能が上がってるはず。そう、シールドの弾丸攻力17000とかまでいってるから、かなり進化したのでは。出た瞬間に特殊演出とか出てくれたらな。確かにガチャ演出みたいなね。そのうちガチャ演出してほしいですよね。音がちょっと違ったりとか。
そうすると分かりやすいしテンションも上がる。 X ガチャもほぼほぼマックス値周辺でそれちゃったからノーマンズスカイのアップデ待ちです。もうレモンさんあれですもんね、ことノーマンズスカイに関しては実際そのやること探す方が難しい領域にも入っちゃってるっていうのが結構リアルなところですよね。もう羨ましくもありつつなんか切なくもありつつなところですよね。やることなくなっちゃったパターンのやつ。スペクターさん、シールドの X モジュールの最大値は最大は 38% で合ってますよ。確率は 3% 未満。3% 未満。うわー、いやただガチャの率でいけば 3% 未満は出る数値出る数値だ。ちなみに一部のモジュールを X クラスより S クラスの方が性能高かったりしますね。へえ、知らなかった。なんか何でもかんでもその X クラスは S クラスを凌駕してくるものだと思ってましたけど、意外とそういうものでもないですね。勉強になるですね。意外とじゃああれですね、その辺把握してちゃんと使い分けるのがちょうど良さそうですね。とりあえず今つけれるものはついたかな。 OK、 バッチリではないでしょうか。あと各駅の拡張やってないからこれをやりに行きましょう。忘れないうちにねやっておかないと。そういえばやってなかったって思い出した瞬間に足を動かして現地行かないと忘れちゃう。リエさんすっごねえ、やっぱ真のプロはやっぱすごいんですよ。僕みたいなにわかじゃなくてね、真のプロはもう本当に全部やり尽くしてるんですよ。すでにレベルが違う。レベルじゃない、格が違う、格が佐藤さん、パルスドライブの X モジュールの出した最大値は加速30、操作性19ね、利用効率は25でした。結構やっぱ強いですね。30出たらだって強いですよね。でそれこそなんだっけハイパー枠のところにポンと入れたらだいぶさらに伸びるんじゃないですか。30どころか70とかまで伸びるんじゃないですか。よし、スーパーチャージ枠に放り込んだらさらに性能が上がるからものすごいことになる。レモンさん、ノマスカ回路会はいつでもウェルカムですよ。まだまだレモンさんもね触ってないところがあるのかもしれない。ゲルゲリさんまた落ちました。ゲルゲリさん大丈夫ですか。やっぱ Y の惑星だいぶ重くなってるのかもしれない。いろいろもう結構いろいろ建築しちゃってるからな、ちょっと重たいのかもしれない。五郎さん大当たり引きましたね。やっぱ大当たりなんだ。羨ましい。やっぱ大当たり引きたいな。やっぱついぞ本当にやることなくなったらやっぱこの辺のなんだろう X モジュール集めとか、あとはいろんな成形飛んでってS ランクモジュールみたいなのを買いあさってガチャやりたいですね。そういうガチャするのもやっぱ楽しみとしてはあるかもしれない。お、悪魔神テイルさんこんばんは、いらっしゃいませ。本日もよろしくお願いいたします。 X モジュールガチャですか。ニヤー今必要なところは今全部付け終わってで装備もし終わったところなんですが、どうしたものかなといったところでございます。今日やることを決めてなかったんですけど、一旦またコルベットのパーツ掘ってみようかななんて思ってました。他にもね回収データ集めたりとかなんだろう、その辺の要素がまだ全然煮詰まってないので、もうちょっとその辺進めてもいいかなとは思ってましたね。暫定ですけどね。加藤さん、リセマラの結果です。なかなかの苦行でした。やっぱねリセマラはね今季との勝負ですからね。ノーマンズスカイの中のリセマラに関してはあくまで中の話なんでね、ゲームのアンインストールとか必要ないから、その分はまだあれかもしれない。悪魔神テリさん、ナノマシンが吹き飛ぶ。ほんとそれね、コスパが辛いのでね。よし、貨物船でこいつも売っ払っちゃおう。じゃあちょっと売っ払ってしまおう。諸君。アイテムを整理しつつ小金を稼ぎつつ、お小遣いのチャージは大事よ。大事。グラビティのボール OK。 よし、こんなもんでしょう。で調査報告も受けて、さあそれなりのアイテム。貨物船探しもいいかもな。5隻しかいないから各種類を5隻ずつになるように目指してやっていくのも。ホットアイス3個、これ欲しかったんだ。なんか開拓者の建物のなんかランクアップにホットアイスってあったんで、これはありがたい。ラッキー。ホットアイスプラス3、全部で6個。すげえいっぱいだ。よし。工業で行くとこの辺が手に入る。
素晴らしい。 OK。 レモンさん、 X モジュールは開封したインベントリの位置に依存しているので、実際リログ利用するといい数値だけ抜けるガバガチャなんですよ。へえ、そうなんだ。はははは。インベントリの位置に依存ってことは、この位置だけちゃんと把握しとけばいつでも最大値のものが開封できるとかいう、そういう仕様なんですね。なんたることなんたること。確かにガバイ。悪魔神テリーさん、あ、そうだ、そういや国風さんの SNS の X は大丈夫だった？自分乗っ取り食らって、あらマジっすか。恐ろしいですね。僕も前に食らいかけたことあったんですけど、あの時はなんとか必死こいて回避しちゃったんですけど、食らうと大変ですよね。いや、悪魔神テリーさん災難だったっすね。いや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 、新しい墓作ったんですね。そっか。じゃあちょっとあとでちょっと確認しますね。あれであれば新しいアカウントでまたフォローとかしてもらえるとまたフォロバー返せると思うので、それはぜひよろしくお願いいたします。あ、リエさん、基地設置完了、あざした了解でございます。ご苦労様でした。いいっすね。だんだん僕の方の惑星も賑わってまいりましたね。ありがたいっすね。やっぱりみんなでわちゃわちゃ遊べる星の方がやっぱ楽しいですからね。もう一回科学の方で飛んでってもらおうかな。今あれなんですよ。調査船2機、工業船2機、サポート船1機しかいないので、こちらのフリーゲートの方もいざとなったら、まあ僕の場合C クラス B クラスから育てることに全然抵抗はないんで、適当なところで拾って適当に育ててもいいかなとは思ってるです。やっぱりね、その専門のやつだけずらっと並べた方が多分いい成果上げてくるんでしょうからね。よし、いってらっしゃい。細かみてりさん、毎赤メッセージは無視してね、詐欺だから了解でございます。注意いたします。いや、乗っ取り怖いですね。リエさん、最近 X も怖いですね。ほんとそうっすね。ほんと油断ならないっすよね。なんでこんな油断ならなくなっちゃったのか。よし。じゃあすいません。核兵器拡張させていただきます。よろしくお願いいたします。実際ここ広くなるとほんと使いやすいですからね。ありがたい。レモンさん、何個目に開いたかを記録して、その場所ではステモジュール開いて本命だけ X 開くっていう方法にすると節約になりますね。ああ、全体で調整していく感じですね。やっぱほんとノーマンズスカイいろんな技があるですね。やっぱこれ研究してる方もいっぱいいらっしゃるんですね。こうやって見ると。ああ、広くなる。嬉しい。助かる。いや、今まで実際これほんと狭くて困ってたんですよね。赤間かみているさん。ちなみに X モジュール S の方が強いっていうのは例えば何があるんですか？確かに僕も気になる。ピンポイントでどれどれが強いんだろうとなれば、捜索するときにこっちは S でいいやってなるかもしれないですもんね。オッケー、ありがとうございます。嬉しい。あとは貨物船のテクノロジー。ああ、そっちも欲しい。貨物船のテクノロジーもいろいろ欲しい。そっちがね、確かに全然ないんですよね、今。拡張も何もされてない感じ。あとはなんかアップグレードできるのあったっけかな。フリーゲートモジュールが多分戻ると2個ぐらいあるけど、あれはもうちょっと貯めてからでもいいかしら。なんかね、この辺の物質転送ビーム、これがあると便利だなぁと思いつつ、これも後で開放したいと思っております。スキャナとかね。あとこの辺の建築部材も全然開放できてないんで、これもやりたいですよね。お、レモンさん、マインビームは S の方が強い。知らなかった。マインビーム S の方強いんですね。ああ、覚えとこう。マインビームは S で揃えるのが一番間違いないんだ。S の中でも上振れのやつとかにすると多分最強になる感じですかね。さっきの話考えると。ナノマシン3万あるから、この辺リカラーしてもいいのかな。これも後で考えよう。この辺は後っすね。この辺は後。リエさん、パチパチパチ、ありがとうございます。順調でございます。悪魔神テリーさん、マジ自分 X にしちゃった。わら、よくある。いや、でもわかんないですよね。だって僕も今までもうずっと X の方が全然有利だと思ってたんで、意外と違うんですね。めちゃくちゃ便利なやつ。確かにそう。中性子キャノンとかですかね。あ、中性子キャノンもそうなんですね。
意外だな。 X クラスのマインビームモジュール厳選は難易度が一番高いんですよね。あれはマジでやばい。へえ。 X クラスマインビームに関しては結局なんか範囲がどうこう以外のところも多分いろいろあるから、やっぱその辺の厳選ですよね。何に特化させるかによって厳選が。そうだよ、マインビームというかやっぱその辺はそういう特化のさせ方があるから、その辺が多分整理大変なんでしょうね。へえ。中性子キャノンは S と同等のものが出るように修正されました。あ、今良くなったんですね。はい。ということは枠考えればやっぱ両方マックスでつけちゃうのが最強な可能性がある。確か X と S は同時につくんでしたっけか。あ、いやつかないのか。いやいろいろ大変やで本当に。イエさんそうなんだ。やっぱなんかあれですね、知らない知識がいっぱいあるですね。いろいろわかんないことがいろいろ出てくる。おもろい。ノーマンズスカイは飽きませんな。奥が深いな。ああ、レッドブルがうまい。巨峰しか勝たん。毎回これ言ってる気がするな。やっぱり最近モンスターとか飲んだりもしてたっすけど、結局僕はレッドブル派っすね。うん、レッドブルがうまい。お、これはおお、コスト削減模索する。メンテナンス費がめっちゃ減る。コスト削減しよう。1日のメンテナンス費がマイナス3万。これちょっと今すごいことになってるのでは。どこでしょ。よいしょ。メンテナンスコストだいぶ下がったな。すげえ。メンテナンスコストが今21万とかですけど、生産性が今120万いってるから、ほぼ1日に100万ずつプラス。なんてプラスなんだ。素晴らしい。住民もいつの間にか100人超えている。素晴らしい。レモンさん、モジュール関係はレトナガさんがめちゃくちゃ検証して動画にしてくれてるので、僕も参考にさせてもらってます。僕もです。本当にありがとうございます。レトナガさんが動画上げるたびに、お、今度なんだ見るってなるっすもん。めちゃめちゃ参考になるっすもんね。本当に助かってます。ありがとうございます。前にそれこそなんだっけ、マルチツールとかの戦闘アップグレードとかに関するその検証も僕の配信とかでバチャバチャっと話してもらった時に新たに情報をまとめて公開してもらったんで、多分すっごい参考になった人いっぱいいると思うんです。なんか本当にいつもお世話になっております。ありがとうございます。悪魔神テイルさん、自分おとといレアな船を見つけました。お、いいっすね、いいっすね。本当にこのゲームやることが異常に多くて毛根が死にます。ハゲちゃうハゲちゃうハゲちゃうのは良くない。まだ若いだろうに毛根には気をつけてな毛根には気をつけて。まだ若いんだから大丈夫でしょうにヨッタさん、あれ修正されたんですね。 X クラスモジュール縛りやってるから気づかんかった。縛りプレイしとるんだ。縛りプレイ好きですね。お兄さんも好きですな。今アップグレード中。どれだっけ、見失っちゃうんだよな。いろいろ建物ありすぎて。あれか、まだアップグレード最中か。まだ最中だな。あとどのぐらいだろう。あと何分。今 85% なんであと14分。順調ですな。なんだっけ、あれ欲しいんですよ僕。ここの開拓地のバザーがあるんですけど、なんだっけな、洗脳モジュールじゃなくて、なんかまだ出会ったことがないパーツが、なんかパーツというか部材を要求されるんで B から上げらんなくて、ちょっと13分経ったら次こいつのアップグレードに必要なパーツを探しに行きたいですね。手に入るんだったらいいけど手に入れたいところですな。マインドコントロール、あ、それかもしれない。マインドコントロールかも。確かなんかマインドコントロールっぽい名前の部材持ってたんですけど、なんか微妙に名前違くて、これ使えなかったんで、あ、別なんだと思ってちょっと止まってたんですよね。国さんはイカは知ってます？イカ、外来種でしたっけか。外来種だからの宇宙船。なんかイカの足がなんか正面にこう、なんか正面にこうなってるやつ。足がこう正面に向かって。
あれもデザインすごいあれですよね、独特な感じですよね。それと同時にレアな船があるんですよ。へえ。僕もあれなんですよね、宇宙船の厳選まだやってないんで、僕もいずれやりたいんですよね。ソーラー船が好きなんで、ソーラー船の最強パーツを集めて、自分の好きなデザインの、って言ってもあれなんだよな、今持ってるソーラー船のデザインが実は一番しっくりきてるから、同じデザインで、かつ性能が上振れてるパーツで、あと色はそれで調整できるから、そういう感じのソーラー線を作りたい。それはズバリエネルギーシールド付き輸送船です。へえ。輸送船にエネルギーシールドが付いてる。はあ。なんか、輸送船ってなんか特別なパーツが余計についてるイメージあんまりないですけど、そういうのもあるんですね。ゲイさん、いいですよね、ソーラー船。そうなんですよ、ソーラー船かっこよいんですよ。スペクターさん、マジのレアものじゃねえか、驚き。もうそんなにレアなんですね。エネルギーシールド付きの輸送船。めちゃめちゃいいのゲットしたっすね。神引き。宇宙船ガチャ大成功、勝ち組じゃないですか。弾が4つついた輸送船があるんですが、それに青いオーラみたいなのがついてます。それがレア船です。へえ、面白。今度また見せてもらいたいですね。気になる。それを2連チャンで見つけてしまったんです。2連チャンってことは 2機見つけたってこと？ついてる。めちゃめちゃついてる。どんな徳を積んだんすか？すごい。なんか1ヶ月で5回ぐらいおばあちゃんに電車がバスで席を譲らなかったらそんなにガチャ運は上がらないですよ。相当得積んだっすね。素晴らしい。すげえな。なんかそういう当たりもあるんだな。アンテナつけてなかったーってか、そもそもつけらんないのか。でも箱に余裕があるからガンガンここにアイテム貯めてこ。ホットアイスこれか。192万もするの？高級品やん。すご。シップハンティング面白いですよね。やっぱみんなハマるっすね。シップハンティングいいな。どっかのタイミングでは手つけたいな。シップハンティングどのタイミングで手つければいいかな。過去のツイッチドロップス報酬になってたことある船のタイプですね。じゃああれなんですね。ツイッチドロップスもやんなかったな、この間のやつ。迷いゆくさんのやつ見ててこういうのもあるんだと思ってたんですけど、結局ツイッチの方を使えるようにする手間がめんどくさくて手つけなかったんですよね。今思うともったいないことしたなとは思うんですけど、もったいないことしたな、やっぱり。よいしょ。さあ、拙者のカニ光線はどこぞ。ここぞカニ光線。乗り口はそこだぜ、カニ光線。よし。さてと、テルさんありがとうございます。じゃあフォローバックいたします。よっこいしょ。ありがとうございます。これでバッチリですね。今後ともよろしくお願いいたします。よいしょ。オッケーオッケー。後で前のアカウントはぬるっと話してしまう。了解。よし、オッケー。よし、オッケー。赤間上テイルさんフォローしました。テイルのしがない日常日記は私です。了解でございます。フォローバックさせていただきましたので今後ともよろしくお願いいたします。さてとどうしよっかな。そういえばこっちの船の内装もいじってなかったからちょっといじろうかな。せっかくだし。今日はね、何するか決めてないからね、こういうとこいじっちゃっても楽しいのではないでしょうか。あれ、船の中身がなんかパーツがこんな感じになってるな。なんかおかしいぞ。この辺は設置できないのでは。でもワンチャンなんかいけそうな雰囲気はある。フォローありがとうございます。こちらこそでございます。改めましてよろしくお願いいたします。乗っ取りにはこれから気をつけます。気をつけてくださいって言ってもやっぱ難しいですからね。僕も前やられかけたことがあったんでお互い注意しましょうね。お互い気をつけて頑張りましょう。辛いですよね実際。マジで本当許されざるって感じですもんね、あれ。でもまあ奴らもね、あれ金になるからやってるんでしょうね、あれね。どういうあれで
ね、そういうことするのか。あ、白メガネさんこんばんは。いらっしゃいませ。本日もよろしくお願いいたします。ノーマンズスカイ、楽しんでいきたいと思います。今日はね、目的もなしにのらりくらりふらふらとやっていこうと思います。どうしようかな。一発目の片翼の部屋に、重い。危なかった。落ちるかと思った。一発目の片翼の部屋にベッドを置いてしまおうかしら。どうしようかな。ベッドの位置、横にしかつけられないのか。ここにつけちゃえ。オッケー。赤間上手いるさん、ちなみに見つけたのは黄色と青色の機体です。熱いね。いいですな。最高ですね。どうしようかな。ベッドケツの方いいかな。なんとなくその方がいいかもしれない。挨拶の輪が広がる。素晴らしいですな。ギルギリさん、代わりに落ちた。ワイの代わりに落ちよったか。あ、ギルギリさんは犠牲になったのだ。ワイの代わりに、ワイのために。これこっち側につかないのか。前と後ろにつかないのね、これ。残念。そっか。惜しいな。難しいところやな。どうしよう。そうすると、ミッションレーダーはとか生成ユニットはケツにつけるとして。いや、あれだな。そうするとリビングボールと貨物をこっちの頭につけた方が間違いないのか。いや、一つ用って結構狭いんだな。意外と何も設置できへん。大変じゃあこりゃ。こりゃ大変やで。難しい。いやー、船の中の装飾も意外と難しいですね。こうやって見ると。どうしたらオシャンティーな感じになるんだろうな。まあ迷ったらとりあえずカーペット敷いとけばいいか。とりあえずカーペット敷いたぐらいにして。赤がいいな。この辺がいいな。こうしようかな。こうでいいかな。もっと奥までやっちゃうかな。こんなもんにしとこうかな。試行錯誤。その時塩梅でいい感じにセッティング。もうちょいこんなもん。ふむ。いい感じなのでは。で、なんかいい感じを設置してあげたい。結構これもな、うまくくっつかないんだよな。赤間上テリーさん、自分このゲーム運がいいみたいです。持ってますな。だいぶ持ってますな。ラック強い。20丸。机も置いときたい。カウンターでいいか。カウンターでかいんだな、こうやって見ると。コーナーテーブルの方が無難か。どう置くのが正解かわからん。レモンさん、そういえば明日からスティームのスプリングセールですよ。楽しみですね。九段のゲームがまたセールになってる可能性がある。ちょっと見逃せないですね、これは。ちょっと目光らしとかないと。また逃したら今度また笑えないですからね。今度は逃さないようにしないといけない。前回痛かったもんな、だいぶ。いやー、そこにそういうパーツがついてるからあんまり下手に潰せないのか。なんかもっとうまくつけたいけど難しいな、セッティングが。赤間見てるさ、宇宙に対する愛が強すぎてしまったか。そういうこと。宇宙愛が強いがゆえの結果。そういうこと。コーナーテーブル。いやマジでこれ宇宙船の中のあれやこれやの設定難しい。何をどう設定するといい感じになるのかが想像しづらいな。難易度高いなこれ。レモンさんの悪魔のささやき、確かに怖い。乗せられていろんなものを買ってしまいそう。怖い。シンプルロッカーでもいいかしら。シンプルロッカー。いや、やっぱ壁の装飾いろいろあるから、やっぱあんまり変なもん置けないんだな、こうやって見ると。これだったら中央になんかもうテーブル置いちゃって、設定難しい。図鑑持ってますから素晴らしい。図鑑もちゃんとある。そっちの方にいろいろ寄せた方が都合良いか。その辺にテーブル寄せて、曲がった？ちょっと曲がっちゃったか。いや意外とまっすぐか。
センス三角。センス三角かも。レモンさん。ストゴの兄ちゃん安くなってるから見ていきなよ。いいよ安いよ便利だよ。売り込み。売り込んでる。みんなこれで騙されて買っちゃうんだな。三つを。またそうやって。何でもかんでも売りつけちゃうんだから、全くそうやって。このライト明るすぎるか、もしかして。このライトだいぶ明るいんだな、こうやって見ると。明る。でも悪くないかも。サイズを縮小したりと結構細かくいじり始めると時間がとろけてなくなっちゃうからね。時間がどんどん溶けていく。時間がとろけていく。地図ってこんな感じなんだ。初めて使う。これを初めて使うパーツ。これも装飾みたいな感じで適当にこの辺に置いときますか。で、なんとなく適当にでいいかな。この辺でいいかな。こんな感じで雑多に置いておく。国和さんは明日から電波の届かない僻地に1ヶ月出張です。なんでそんな悲しいことになるの？やだ家から出たくないよ。やだ家から出たくないよ。俺は一生引きこもってるんだ。やだ悪魔神テイルさん、有識者さんにお聞きしたいんですが、イカって白いのが人気って本当ですか？イカって言えばやっぱ白なのか。やっぱ好みによるのかしら、そこは。最人気はどれなのか気になるところ。この辺斜めにもついたりするんだな。斜めについたりするんや、これ。いやー、でもじゃあこの位置がベストか。こっちの方につけた方が間違いなさそうだな。ここにつければディスプレイそっちにもこっちにも向きますよっていう構造ね。ここをこう。思ったのと違うな。もうちょっと奥につけたいな。そうするともうちょい奥。この辺にこう。これでどう？向き逆になった。なんで？5G って本当ですか？いや、X で言われてたら気になって。だから気になるところですよね。みんなの好みとかも気になるところ。みんなはどうしてるのか。やっぱね、みんなでいろいろ比べ合ったりするところも楽しみなゲームですからね。やっぱ気になるところですよね。白メガネさん、レモンさん怖いですからねと言うと怒られるので、本当優しいですよ。笑レモンさん本当は怖いんですか？ビクビク優しくして最近アークで打ち解けてからみんなのレモンさんいじりがね、だんだんレベルが上がってきてる気がしてる見てるとおもろくて仕方がない。リエさん、急に角度がギューンと変わるので設置するまで気が抜けない。ほんとそう。いや、ほんとそうなんですよね。結構ね、なんかいろんな当たり判定でクリンクリンと変わるから、やっぱ難しいとこっすよね。やっぱセンスが問われる部分かなと思いつつですね。ガチ勢の価値観はどうなのか。ガチ勢の価値観大事ですね。すごい大事。電子レンジでかいんだよな、これね。置き場所が難しい。リエさん、わら。ゲタロさん、私のライフあと15分です。寝たくない。いや、でもね、睡眠大事だよ。ちゃんと0時寝るの偉い。ちょっと先に褒めとく。ゲタロさん、偉い、それは。みんな夜更かしするけど、ちゃんと夜寝れるってすっごい偉いから。みんな欲望に負けて夜更かしして絶対翌朝後悔とかするから、人間みんなそう。これは悪い例。反面教師にしてちゃんと早く寝るのは偉い。褒めます。今のうちに私が慶太郎さんを褒めます。偉いぞ。先日VR チャットで久しぶりに遊んだんですけど、何時ぐらいに寝ましょうねって言って話した人が、あと5分いける、あと10分いける、いや全然眠くないな、あと1時間いけるわって言って、結局朝まで起きてずっとゲームして
今日仕事何時からなんですかって言ったら、3時間後にもう仕事ですつって、お前寝てねえじゃねえかって話をしたばっかりなんで、もうそういう真似はしちゃダメですからね。悪い例なので皆さん気をつけましょう。赤間上てるさん、レモンさんは詳しい人。そう、正解。レモンさん、日本と海外では人気のカラーは変わりますね。そうなんですね。そもそもイカ型宇宙船自体が日本ではあまり人気がなく、どうしてもグッピータイプの方が国内外合わせて人気の機種になります。グッピータイプってのがあるんですね。グッピータイプが鼻先シュッととんがってるやつですね。でも確かにあっちの方が日本人の感性には合ってるのかな。慶太郎さん、一応今日は2時間夜更かししてます。あら、悪い子。夜更かし悪い子っすよ。身長伸びなくなっちゃうぞ。まだまだ成長期なんだから。なんだかんだ。どうなんだろう。身長20まで伸びんのかな。どこで身長マックス迎えるかやっぱ人によって違うみたいですからね。あとはやっぱり体力のつき方。体力落ちるっすからね。やっぱり夜型とか寝不足とかずっと繰り返してると。やってたからわかる。気をつけた方がいいよ、本当に。赤間上テイルさん、グッピーね。自分、何もついてない丸いグッピー探してます。ただの丸型のグッピーとかもあるんですね。たださん、D さん、イカってそのイカか。ベトナムさん、イカは見つけたことないけど、イカじゃん程度でスルーする自信ある。やっぱイカ好みによるんだな。自分は白いイカと堕落した黄色いイカがあります。イカ堕落すると黄色くなるんか。東郷さんは赤イカ持ってましたね。イカはイカでレアだからやっぱり持ってた方が面白いのかな。よしと。あと何設置しようとしたっけ。本当にこっちやると時間がいくらあっても足んなくなっちゃうな。一旦こんなもんにしといてもいいのかしら。うちは白、緑、青の3席持ってます。いいっすね。よりどり緑っすね。椅子もそろそろ設置したよ、お年頃。どうしようかな、せっかくだから。でもデスクチェアでいいか。適当なデスクチェア1個ポロッとつけて。この辺かな。よいしょっと。堕落じゃなくて墜落ね。ごめんなさい、読み間違えました。字ちっちゃいんだもん。だって、もっとでっかいディスプレイ欲しい。誰か買って。DS は持ってればどやれるかも。やっぱね、レア物はそれだけで熱いですからね。ヴィンテージのポットとかもあるんだ。この辺もいいな。ポットとカップこの辺に置いとくのもおしゃれか。いいかもしれない。たまにはこういう装飾をポロポロ置いてっても楽しいかもしれない。カップ置いとこう。適当にカップ置いとこう。よし。OK。レモンさん、僕もイカはメジャー食一回集めて全部売っ払ってワクワクのために滅しました処理されてしまったか。かわいそうなイカたちよさようならイカたち。佐藤さん、イカに限らず白とか黒とか形とか時期とかで流行りが変わるのでは。あれも流行りあるんですね。でもそうですよね。出たり入ったりいろんなのがやっぱ出てくるから、やっぱきっとなんかあったりするんですね。イカの白が流行したのって結構前なのでは。過去の流行だったりもやっぱするんですね。そうやって見たりすると。刺身にされた。かわいそうに。ばらされて刺身にして食われてしまったか。流行りがあるのか。イカ寿司かイカそうめんか。やっぱりね、アニサキス怖いからイカそうめんが一番安全だと僕は思うんですよ。何の話やねんって。いや、本当にもう。何の話やねんってところですよ。ウェポンラックも適当にくっつけておこうかな。壁が寂しくないように。ぐるぐる回る。なんで変なつき方するな。こんなぐるぐる動くんや。ここの壁設置むずっ。はえとか言っちゃった。赤間上テリさん、ちなみにさっき言ったエネルギーシールド付き輸送船はガチのレアものらしいです。ガチのガチなんだ。相当レアなんだ。いいなレアもの。やっぱちょっと憧れるなレアもの。ワンダーズをこの辺に適当に浮かせておきたい。だいぶいいですね。テーブルの上がごちゃごちゃしてきてかわいい。いい感じになってきた。よし。この辺は一旦これでいいかな。あれ、ワンダーズが変なとこについてる。なんで君はここに設置されたまえ。君はこの辺においで。
OK。OK。で、ワンダーズを選択して、ゲルゲリさん、スルメイカスルメイカかもしれない。これなんだろう、ルグビラ。何これこんなの読み込んだっけ。あ、こいつか。この謎の球体ね。なんか土ぼこりまで再現されるのか。これはいらんな。狭い船の装飾は一日をしてにすると少し楽ですよ。ああ、そっちに変えた方がいいのかもしれないですね。紫色の光。なんか変な感じになっちゃった。なんかでも比較的マシかな。悪くないかも。OK。D さんちょっとお土産失礼しますね。またそんな、なんか、マインドコントロール装置だ。ありがとうございます。嬉しい。ちょっと待った、ストップ。何。こんな感じなんだ、マインドコントロール装置。初めて見た。ありがとうございます。暴走カビまでいただいて。結構ボックスいっぱい入ってるこれ。でもありがとうございます。めちゃめちゃ、ナノマシンがまた増えてしまう。嬉しい。お、何これ。こんなのあるんだ。貨物アップグレード。ありがとうございます。すごっ。初めて見た、この辺。こんなのあるんだ。知らなかった。この辺はサルベージで手に入る系なんですか。おもろ。ありがとうございます。早速ちょっとつけてみますね。性能上がるんだ。ありがとうございます。悪魔神テイルさん、その人が言うには確か数千機の中の3、4機いる型確率らしいです。確率がめちゃめちゃ低い。超レア。貨物船モジュールは手に入りにくいからな。いや、本当レアなんですね、これ。ありがとうございます。いや、本当に申し訳ない。本当にいろいろいただいてばっかりで申し訳ない。うわー、かっこいい船が止まってる。ちょっと待って、見ていいですか。誰の船？リエさんの船や。かっこよ。いいっすね。リエさん、貨物船用ですね。これで殿も共犯者。奪ってきたな。海賊だ。ありがとうございます。大事に使わせていただきます。共同探索で手に入った生物船。いいっすね。これかっこよ。これめちゃめちゃいいですね。いや、生物船憧れてるんですよね。僕も本当は生物船もっといろいろ触りたい感じ。いやー、ゲルゲリさん、回線がきついか。ダメだ、回線が耐えられない。今日はきついですか。回線重い日なのかな。レモンさん、このゲームの場合何を持ってレアとするかも個人の好みに左右される自由度がある。確かに。何でもありすぎですからね。スイッチドロップスやってた人からしたら当たり前に持ってる機種になっちゃいますし。その辺でやっぱレア度の感覚変わっちゃうんですね。個人的にはフェニックスとかもう今はノーマルプレイで獲得できない船にどうしてもレア度を感じてしまうので、今もう手に入らなくてやっぱレア度が変わってくるんですよね。亡霊だ。亡霊降臨なさってた。共同探索で手に入った生物船ですね。羨ましい。マジで羨ましいな。そこやってないからな。貨物船4モジュールか他に入手方法あるけどやり方がアウトローすぎるからおすすめできねえぜ。いやー、でもそのうちもしかしたら取りに行くかもしれないからね。その時は巻き込まれてくださいね。よろしくお願いしますね。ね、オイラも持ってる。素晴らしい。亡霊余ってるよ。余るんだ、亡霊。イベント回数やると余っちゃうんだ。羨ましい。あずらさん、ちらーいらっしゃいませ。こんばんは。今日もご視聴ありがとうございます。やったぜ。今日はマイペースにやっておりますノーマンズスカイ。今日は何をしていきましょうかね。本当になんかいろんなものをね、なかなか迷いながらというか、ぼやーっとしながらいろいろやっているところでございます。ドクターさん、国川さんのためならいくらでも巻き込まれますよ。心強い。いっぱい巻き込むんでよろしくお願いしますね。結構いろいろやりたいこともあるですからね。それこそなんだろうな。全くの別ゲーなんですけど、VR チャットっていうゲームの方で、宇宙船で障害物レースみたいなタイムアタックみたいなのをやるゲームワールドがあって、もうそれこそやっぱり宇宙船とかコルベットとかでも全然こういう星に大きいゲートを何個も設置してそれを順番に抜けていくみたいなことで
そういう遊び方ができるのかと思うので、そういうのもワンチャンありかななんて思ったりもしておりました。いろいろ画策してる最中ですね。何やっても面白そうですからね。お、ゲルギリさんの船や。お、コンパクト。こんなコンパクトなんや。すごい、本当に人が乗るスペースだけある感じだ。アセラさん、こんにちはでございます。顔文字かわよい。非常にかわよいですね。こちらは船の読み込みがもうちょっとな感じかな。船の読み込みもうちょっとでございます。これはあえてリンクしないのが読み込みが消えた消えてしまった。悲しいね。いいシルエットね。シュッとして、後ろこうなってるんだ。これもいいですね。レモンさん、国和くんが欲しいなら全然亡霊差し上げますよ。うちにいても枠圧迫してるだけなので。いやー、なんかありがたいところですけど、やっぱそこまでもらっちゃうとなんか本当申し訳なさが勝っちゃうというか、なんかズルしてる気持ちになっちゃうから、どうしようかな。タイミングで自分でもらえた方がやっぱいいの、自分でゲットできた方が嬉しいのかな。どうなんだろう、悩みどころ。ケイタラさん、ケイタラさん、おやすみなさい。あれは読み込み終わってます。了解です。ケイタラさん、今日もお疲れ様でした。早寝早起きは健康のね味方なのでね、ぜひぜひ味方につけて元気に過ごしてってください。お疲れ様でした。また次回もよろしくお願いいたします。おやすみなさい。ケイタロさん、いい夢見ろよ。決め台詞決まった。バッチリや。アズラさん、さっき新しいコルベット作ったんだ。いいっすね。おニューコルベット楽しみじゃ。レモンさん、多分復刻するとしても2年は待たないとしないと思うので、長いな。2年は長いな。だいぶ長い。リエさん、おやすみなさい。太郎さん、おやすみなさいでございます。高評価押さなきゃ。ありがとうございます。この動画面白いと思っていただけたら高評価の方も随時よろしくお願いいたします。奇数回押してくださいね。偶数はダメよ。チャンネル登録も奇数回でお願いします。偶数はダメよ。悪魔神テリーさん、終わり？配信はまだまだ続きますのでよろしくお願いいたします。油さん、みんなもこんばんはです。挨拶の輪が広がる。素晴らしい。ギルガリさん、目の前で落ちた。やっぱり重いのかな。やっぱりだいぶ重いのかもしれん。悪魔神テリーさん、おやすみなさい。これからも頑張ってね。え本当にね、みんなね、これから春ですからね、新生活が始まったりとか生活リズムが変わったりとかする季節ですからね、皆さん本当にね、体調には気をつけて、環境とかね、あと季節が変わり目なんでね、無理しないようによろしくお願いいたします。みんなでわちゃわちゃできるのも楽しいけれども、やっぱり誰かが体調崩したかになるとね、悲しいのでね、健康第一で参りましょう。皆さん大事ね。僕は全然人のこと言えないけども、この間ね、会社に出勤したら、なんかお前顔白いぞ大丈夫かって職場の偉い方に言われて、なんかよくわかんない心配をされてしまったんでね、やっぱりよく寝てよく食べて栄養をとって血色を良くして街でやるようにしましょう。皆さんも肌白すぎる方は気をつけてくださいね。DS さん、少し前に復刻あったばっかりでしたっけ？僕そのタイミング逃したんですよね。めちゃめちゃミスだった。去年復刻したばっかりですね。いや本当にもったいないことしたね。それ逃しちゃったから、本当次回は多分相当遠いですね。相当遠い。いやー辛いな。やっぱもっとうまくやるべきだったな。じゃあどうしましょう。早速マインドコントロール装置いただいて、多分15分ぐらい経ったので、そろそろいけるのではないでしょうか。先にあれですね、サルベージしたユニットを貨物船の方に搭載していきましょうか。この距離からでも、そっか、貨物船搭載できるのか。できないね。そっか、成形が違うんだ。残念。こっちに成形呼び出せば。違うよ、今。奴らは今仕事に行ってるから、呼び出せないんだ。多分そういうことだ。ので、飛びすんぎやで。ゲリギリさん、おいら花粉症で体調崩してるが、花粉症つらいタイプだ。ゲリギリさん、花粉症つらいっすよね。僕も花粉症だからわかるっす。最近は食い物気をつけるようにしたら、だいぶ花粉症の症状は抑えられたんですけど、それでもね、今日もくしゃみは出るし、目はかゆいしで、東北寒いんでね、多分まだそんなに花粉飛び交ってないとは思うんですけど、いやーでも近々怖いですよね、正直。
もういつ本番が始まってもおかしくはないから警戒はしております。いやー、うまし、うましですな。あれ、そのモジュールまだ持ってないからね。あら、まだ持ってなかったか。普通の貨物船につけるものではないのかしら、もしかしたら。あれ、決まった。引っかかって出れない。なんだこれ。そこ引っかかるのか。あ、なんだ、バグった。出れない。なんでバグったー、出れない。そっちからバグったー、出れない。治ったと思ったんで再発した。悲しい。どうしてだよもう一回出入りしたらいけるかしら。いや、じゃあ先に開拓地に行こう。ワープ、よいしょ。やっぱあれっすよね、再発するんすよね、花粉症はね。一回かかっちゃうとなかなか治んないから。あ、このモジュール貨物船にもできるよ。ああ、貨物船にできるんですね。じゃあ貨物船にくっつけよう。なんか謎のバグに襲われたから、バグが治ったらちょっとやっていきたいところですね。なんでバグっちゃったんだろうな。悲しいな。悲しみに暮れてしまう。どれだ。まだ終わってないのか、もしかして。どれだっけそれだ。お、終わってるじゃん。いいね。アゼラさん、わらわら、なんか引っかかっちゃった。引っかかっちゃったから諦めちゃった。それジャンプで無理やりいけるよ。ああ、ジャンプでいけるんですね。ジャンプすればよかった。失敗したな。よし、オーケー。素晴らしい。いいっすね。住民の部屋も広がりつつ。なんか、アイテム回収できたりしないのかな。アップグレードしたから、手に入る武器もランクが上がるのでは。生産性もアップ。A クラスじゃん。重力のトレース。紫もいいっすね。なんか装備全部紫にしたら武器も紫のやつ持つとかも面白そう。今持ってる武器が確かこのオストシェールのアイソトープ、こいつを今使ってるんで、こいつが今全部ガッとくっつける弾丸攻力が 5000？ どうなんだろう。重力のトレースに変えた方が強いのかな、もしかして。いろいろ。スペクターさん、私もそろそろ寝ようかな。それでは皆さんおやすみなさい。スペクターさん、今日も見に来ていただいてありがとうございました。ゆっくり休んでください。はい、明日もお仕事頑張ってお疲れ様でした。またよろしくお願いします。スペクターさん、いい夢見ろよ。またよろしくお願いしますね。なかったらまたいつでも連絡ください。8点、リエさん8点ありがとうございます。おかげさまでバンバン発展しております。ゲリゲリさん、おやすー。アズラさん、バグだーのことで、さっきバグにやられてましたからね、僕も。やっぱちょいちょいバグるときあるっすね。どうしよう。皆さんこの重力のトレースどうすかね。 A クラスで弾丸攻力1542なんで、こいつの方にこの弾丸攻力のこのパーツ全部移して、こういう感じのやつ全部つけたらそっちの方が性能上がるのかしら。一回外してみようかな。お金もあるし、変えれる時に変えた方がいいのかもしれないんじゃないかしらね。スペクターさん、国川さん、ありがとうございます。それではまたよろしくお願いいたします。やばい、手が触れない。よし、手触れた。よし、お疲れ様でした。よろしくお願いいたします。また来てください。ありがたや。よし。ちょっと待ってね。今マルチツール1回これバラす。1回全バラし。テクノロジー保存していや、でもどうなんだろう。スーパーチャージャーがね、こう2つ並んでたから、これはこれで強いんだよね。そっちの方が実は強いのか。スーパーチャージャー2つ乗っかってる方が悩みどころだな。ワンチャンでもこれで外せるの外しましたと。ほいでこの状態で比較をしますよ。これスーパーチャージャー枠まだ1個しかないけど、またこっから拡張できるのかなってやったら、ワンチャンまたいいとこに2つつく可能性がなきにしもあらず。なんでこれ、最初からこういうのもついてるんだ。
あ、全然性能違うじゃん。すごい、全然性能違う。あ、これあれか、ボルトキャスターとこれがついてるから性能上がってるのか。これ外したら結局下がるのか。どうしよう。スーパーチャージャー枠が、それならこいつ拡張して使った方がチャージャー枠が広がる可能性がある。多分スーパーチャージャー枠多分下のどっかに埋まってるんでしょうね、この感じだと。どうしよう、少し間延びしちゃうけど、それだったら今使ってるこのアイソトープの方、枠をガンガン広げてったらまだこの辺の近くに枠が生まれる可能性があるから、そっちの方がいいのかもしれないな。もしかして紫が好きなの？いや、紫が好きというよりは、なんだろう、パッと見た時にこっちの方が性能高そうに見えたんで、どうなんだろうと思って。でもどうなんだろう、実際このスーパーチャージャー枠をギュッと集めたりするとか考えた時は C の枠少ない状態から枠増やしちゃった方が多分集まる可能性、まとめやすい可能性はあるっすかね。いやー、難しいとこっすね。どうしよう。でもまあ買い替えるなら今。買い替えるなら今。でも拡張しようと思ったり、ランク上げようと思えば、やろうと思えばできる。っていう難しいところ。まあ、こっちのでかいやつの方がちょっとかっこいい気はしてる。ちょっとかっこいい気はしてます。悩ましいっすね。これでも実際どうなんですか？一応これが戦闘用のマルチツールなんですけど、こっちがライフル、こっちもライフルと。ライフルの方が、なんだろう、この手の銃の形してるタイプだと戦闘向きなのかなって勝手に思ってたんですけど、ストーリー進めてないから杖みたいなやつまだ持ってないんでね。悩ましいとこだな。下取りに出しちゃうともう買うだけ買っとけば、確かにそれでもいいかもしれない。買うだけ買っちゃうか。買うだけ買っちゃってもいいかもしれない。でそのためにマルチツールの手元になんか使わないのがS ノードのクオンタイムとか確かも使ってなかった気がするな。あ、ブスコイエとかなんかあるけど、これも使ってなかった気がする。あ、これかー。これで使ってたね。使ってた。でもバラしていいか。着弾点火装置だけ回収して、これも弾丸効力パルススピッターつけてるおかげでえぐいことにはなってるけど、パルススピッター専用武器って考えればこれもこのままポイするのはちょっともったいないか。わからん。判断基準が今自分の中にないから。実はね、このバジリスククラウン2本あるんで1本失っても S ノート残すなら武器ラックに入れとけば確かに買うだけ買っとく。最終的には見た目だけれども、難しいところどうするべきか。難しい。壊してではなくモジュール移動で、壊していいのめっけ。ダメージ 1%、 速度 11%。 これもまあ別にって感じだな。これも枠1個だし、こいつは失ってもいいかな。しまっとく理由もないレベルの武器ラックアノマリー武器ラック武器ラックの方にしまってくるか。じゃあちょっとこの辺に武器ラックってつけられるのかな。ついでにつけられないか。この辺につけられたら楽なのにな。一旦じゃあちょっと待って、あれだ、さっきもらったパーツを使ってバザーを先に拡張してあげよう。バザーランクアップ、これです。いやー、ほんとありがとうございます。これほんと助かる。これ何分だ。1時間ぐらいかかるかな。1時間2時間だ。コルベットにつけてなかった？いや、まだつけてなかった。さっきはつけてなかったんで、多分今そっか、コルベットとか別でもできるよ。了解です。コルベットにつけたら確かに一番早いんですね。わっしょい。かぶってる。
よし OK。 アズラさん、どう？ 1 時間後でまだ配信する？まだやりますね。多分まだまだ行く感じですね。マインドコントロール装置でバザーのランクが上がるというのもなんとも、多分あれですよね、購買意欲を上げるために何かそれが仕事をしているのかもしれない。僕らの購買意欲はコントロールされている。俺たちはコントロールされているんだ。この辺結構斜めについたりするんだな。なんかサイズ感も適当に変えて、なんかいい感じのところにくっつかないかな。なんかどうしようかな。どうしよう。なんかいい感じのところにピタッと、絶妙なところにピタッとくっついたら嬉しいけど、なんかどこもかしこもいまいちだな。この辺につけちゃいたいな。こんなのどう？いまいち。ちょっと配置いまいち。思ってたの違った。かといってな、そこに食い込んでんのもな、気に食わないしな。そう、そっか、ありがとうね。どういたしまして。またね、1時間ぐらいで戻る。了解です。ありがとうございます。タイミング合うタイミングでまた覗きに来てください。よろしくお願いいたします。あずらさん、ありがとうございます。なんか、もっとちょうどいいとこに、ポロッとつけておきたい。なんか、この辺でもいいかな。曲がらない、全然。振り付け難しい、ここ。全然うまく曲がらない。これ曲がらないんだ、うまく。へえ。これつけるの難しい。曲がらん。何これ、超個性派。ガサマになる。くしゃみ出る。くしゃみ出ちゃった。すいません。あつらさん、行ってきます。行ってらっしゃいませ。お帰りお待ちしております。まっすぐつかないよ。まっすぐつかない。どうしよう。床に置いちゃった方が早いまである。天井につけるとかね。コルベットの中の装飾って難しいですね。本当にうまくいかない。くしゃみラスカルくしゃみラスカル。助かるじゃなくて。そうだ、姫じゃないからね。殿の場合はラスカルなんだ。天井付け。天井付けか。なしではないけど、ちょっと考えたい。このランプがついてなければそこで決まりなんだけどな。これ以上ちっちゃくすると話変わってくるし、ここかな。どう？貫通してで気に食わない。この貫通してるのマジで気に食わない。フラットパネルとかで下地置いていかないと難しい。確かに。そっか、そのためのフラットパネルってことですね。そっか、フラットパネルつけておけるんだったらそこがいいな。了解。助かる。また知識が1個増えました。そのためのフラットパネル。でっか。このフラットパネルをこの辺に水平にドンとくっつけて、どこがいいだろうな。ここに立ててもいいだろうし、この辺でいいかな。とりあえず一番無難なところで。その辺消しちゃうのはちょっと忍びないけれども、あとここの上の貨物をこのフラットパネルで覆い隠して、ここはもともとこんな造形でしたよみたいな顔させて、いやー微妙にずれるなー。もうちょっとだなー。ここドン。結構あれですね、フラットパネル収めればいい感じに収まるし、これ色変えられるっすけ。色変えられるじゃん。ってことはこれをちょっとシルバーっぽい近しい色にしてあげたい。もしくは馴染む色にしてあげたい。天井がちょっと赤っぽいのでくすみ赤みたいな。意外とこの辺か。色の調整難しいですよね、こうやって見ると。明るいグレー、暗いグレー、この辺かな。カラー的に近いのはギュインギュイン回るフラットパネルさん本当に言うこと聞かない。フラットパネルさん元気すぎる。元気がいいじゃないか。モスグリーン、実はモスグリーンがパッと見は一番扱いやすいのかな。でも一番近いのはグレーレッドのグレーが一番、こいつかな。こっちにしよう。 OK でこれに際していざウェポンラックでちょっとサイズ軽く小さくしていいっすね。
この感じだとまだもう少し何個かくっつけられそうには見える。とりあえずウェポンラックをつけて、こんなもんかな、よいしょ。 OK。 ほぼ水平なのではいいっすね。よきよき。でここにもうすでに何個かしまってはあるんですが、まずバジリスククラウン使わないのでアーカイブ、なぜか2本ある。でトラウンスレ、あとこれもだ、フォーカサーも使ってないからこれもしまっちゃおう。でオストシェルのアイソトープは1回しまいます。なくてもいいけどね、いいや、使わないのは全部しまおう。普段使ってるやつだけ残して全部保管。 OK。 素晴らしい。なんかここ寂しいからもう1個ぐらいなんか貼り付けたいところ。せっかく空間が空いたから。空間できたらね、なんか使いたくなるですよね。なんか適当な照明でもつけとこうかな。いいじゃんいいじゃん。この辺1個ポンってつけたらいいんじゃないですか。いっちゃん遊びの少ない照明、遊び心ゼロ。こんなもん、なるべく水平にドン。なんか部屋がなんかぼやっと、なんかずいぶんぼやっとなってるな。なんでなんか明るさが結構明るいな。部屋寝室のつもりだったのにずいぶん明るくなっちゃった。なんかいい部屋感、いい感じ。斜め上に置くのセンスいい。これ意外とうまく収まったっすね。なんか思ったよりいい感じになった。色も合わせれば意外と違和感なくていい。内装の勉強にさせていただきます。参考になったならよかった。外の嵐の影響。ついに Y も嵐の影響を受けるようになったか。あ、そっか、ここの惑星はそっか、開拓地の惑星だから、そうか、影響を受けるんだ。まあじゃあそれはそれでですな。なんかもうちょっとこの辺いじりたい。なんかもうちょっと装飾欲しい気がしてきた。物足りなくなってきた。アトラニウムあるからこの辺の紐もつけられるんだね。どうしよう、なんか適当に紐でも垂らしてみようかしら。必要かどうかって言われたら全く必要ないけど、なんかこういうのがついてればついてるほど部屋の賑やかしが増えて、なんかわちゃわちゃっとしていい感じな気がする。なくていいな。なくていいな。なくても困らんだこれ。あとは完全に好みの問題と見た。使えるパーツ増えたのはいいけどな、なんか2人合うものって言われた時なんか意外とピンとこない。意外とピンとこない。なんかいろいろ増やしたんですけどね、こういうのもマジでね全然ピンとこないんですよね。どうしよう。樽とか容器とかからもう封印された保存容器は僕も灰皿って覚えてるんでこれは灰皿でございます。部屋の説得力大事っすよ、やっぱり。お部屋のリアリティは大事ですよね。すごく大事。雰囲気が良くなる。とても。まあでもあんまりこれに凝りすぎるとね、時間がどんどんとろけてなくなってくすからね。やっぱいいとこにしとかないといけないと思いつつ、やめられない、止まらない。装飾楽しー。楽しくなってきやがった。こういうのとかね。なんかすごいグニグニ動く。すげえグニグニ動くな。グニンだ。難しい調整が。すげえ調整難しい。なんかどっかの旅行でタペストリーみたいなのも買ってきたりするけど、それみたい。どっかの惑星に遊び行った時に買ったやつみたい。お、ギリギリさん、そろそろオイラも寝ます。またにゃー、お疲れ様でした。ゆっくりお休みください。本日もありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ギリギリさんもいい夢見ろよ。決め台詞。本日もありがとうございました。絵文字に猫ちゃんとうんこマークが。なんかこれあれなんですよね。読み込めないやつがあったりするとうんこマークになったりとか。これわざとうんこマーク打ってるわけではないと信じたい。信じたいところ、難しいところですな。あと釣りケーブルパーツとかね。この辺をわちゃわちゃっと装飾すると雰囲気がより出るんじゃないでしょうか。ちょこちょこっと賑やかしを
賑やかしをつけていく。もうちょっと低い位置、この辺に吊るしときたい。オッケー。ぽいぽい。なんか部屋が散らかってていい感じ。悪くないのでは。お部屋って感じ。本当は植物も置きたい。置きたいけどなんですよね。置こうと思えば置けるけど、この辺もあるっすからね。すぐパッと置けるものってあんまりないか。植木鉢に対してポンと置けるならそれが最高なんですけどね。確かこの辺はそうじゃなかった気がする。ベノマーチンとかそういうのは特に。この星だとどれがいけるんだ？アルブミンパールとかね。やっぱつけらんないや。残念無念。あとは植物格納容器。ギリギリさん売ってるよ。うんこ売ってるんかい直接売ってるんかい。バチバチ。何うんこやねんうんちっぷり。ちゃんと爪痕ならぬうんち跡を残していく。猫のケツ尻みたいにうちのカーペットにうんこのラインを残していくわけだよろしくないんだそういうのひどい話やでほんまに。専用のがいりましたっけね。なんか専用の収めるやつがなんかあった気がする。なんかそういうのつけた方がね多分なんかいいんでしょうね。これもどうしよっかな。このグリーンもなんでこれみんな逆さまになったりするんだろう。この辺なんかもっと上手に設置できないかな。この辺少し好みじゃないんだよな。グッときてギュッと収まってほしい。難しい。うまくいかない。やべダメだ。ここの装飾だけで一日潰れちゃう。コルベットのパーツ探そうって言ったばっかりなのに。悲しいぜ。あと武器買おうって言ったばっかりなのに。ダメだ。何をすればよいか。しどろもどろだ。ここ降りれないのか。残念。よいしょい。多分壁面が曲線判定になってるのかなと。難しいですよねやっぱ。あそこにまた宇宙船引っかかってるな。当たり判定がやっぱり構造が複雑になればなるほどやっぱ難しくなるですからね。うまく飛んだ。よかった。あれこの辺ってランクどうなってるっけ。これランク B だ。これも今度またランク上げよう。でバザーはこれでこれか。ここっすね。ここに武器が売ってるのでこいつを購入したいです。枠開けてきたからね。では購入します。購入。素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。植物は確かコルベット内装のリビングボールが必要でしたっけ。それがないとあかんのですな。じゃあやっぱそれ設置しますか。結構大きさあるっすよね。くしゃみが出そう。出なかった。出そうで出ない大サービス。もう逆にここまで来たら出ろって感じ。この植物ってスキャンしてない。ずっとここで暮らしてるのに全然スキャンしたことない植物だった。おもろ。あらパンダさん、キャークニカズさん、デスボ、キャークニカズさんデスボ怖い。セリフは可愛いのに。こんばんはパンダさん、いらっしゃいませ。本日もありがとうございます。ノーマンズスカイ楽しんでおりますよ。今日こそねつれづれなるままでございますよ。本当にやりたいようにやっております。もうね何をしたらいいか迷いながら、もうさっきまでね絵面がもうずっとこの部屋の中で集中してたんで絵面の遊びが全然ない。よし、じゃあこれにさっき外したこやつらをねつけていきましょうか。まずはスキャッターブラスターのパッケージをインストールドーン。今日は何時まで？眠くなるまで。まあ時間は特に決めておらず、行けるところまでぐいぐいと、体調も考えつつやっていこうかと思っておりました。実際何時ぐらいまでやるんですかね。
どうしたもんか。実際本当に何の目標も決めずにやってるんでね、悩ましいところですよね、実際。一応コルベットのパーツは集めたいよねとは言ったんですが、正直全く進んでおらずというところでございます。弾丸攻力1万超えたで、強いな。でもこれは外した方がいいんだよな。あんまりたくさんついててもあれだから、いらないのは外す。分解します。で、これもいらんのでは？分解。で、これもいらんのでは？分解。光学ドリルは一応この辺に合わしとく。で、これでスーパーチャージ、ここにはめて、いいですね。挨拶の輪が広がってきますね。素晴らしいですね。何をスーパーチャージ枠に入れるのが正解なのかがいまいち分かってないので、スキャターブラスター本体をとりあえず入れちゃう。なんかこれが一番弾丸攻力上がるんじゃないのかな。どうなんだろう。あ、全然違う。5000変わるじゃん。ここに入れるのが正解なんだ。それかこいつを本体入れると倍になる。これが正解だ。了解。これが一番強いと思います。OK。弾丸攻力1万の重力のトレース完成しました。素晴らしい。とんでもねえ威力だぜ。シンプルに倍になったからやっぱりランク A の方強いんだ。これは正解だったね。OK。ちなみに発射速度とかどんな感じなんだろう。ちょっと試し撃ちしたいな。試し撃ちでちょっと楽しみたいところ。あれなんか撃てないな。あれ切り替えられない。あれなんでだ。もしかしてこの銃ってスキャターブラスター撃てない？それかなんか必須のやつ外しちゃってるから、それのせいで撃てない？なんでだ？撃てなくなった。これは入ってなきゃダメ？もしかしてこれ消しちゃうと撃てなくなるのか？もしかして。ああ、これ外すとダメなの知らなかった。へえ、これ外せないんだ。うん、悪くないのでは。なんかその辺の適当な岩をこれで採掘してみて、どんな威力か。あとこういうのとかね。え、採掘早くない？採掘早っ。採掘早っ。マインビームよりこっちの方が早いのでは。あ、でも採掘量が増えないからあれなのか。障害物の撤去はこっちの方が早い。覚えとこう。だかどうかわからないけど。OK。いや、変えてよかった。正解だったっすね。新しいのに買い替えて。後でこれも S ランクにしとこう。楽しいですな。そして嵐が去りましたな。 OK。 さてこれで大体の準備は整ったのではないでしょうか。いかがでしょうので、こっち避けて、じゃあ満を持して、あ、なんか今めまいした。危ない。満を持してこれを装備しに行きますか。これ装備して、それが終わったらまたコルベットのパーツ探しに行って、パーツが見つかり次第ロブスターに新しい武器をつけて。待って、何触ってない。よくわかんない挙動した。なんか当たり判定、今日当たり判定調子悪いぞ。なんでだ。今日なんかすごい当たり判定の調子悪い。バグってる。今日なんか調子悪いですね、随分。ほら、なんか当たり判定調子悪い。なんか今日ノーマンズスカイ調子悪いですね。あれなんだろう。
ログインし直すか。入り直そう。ちょっと一回抜けて入り直しますね。その方が良さそうだ。それかそっちに拠点あるからそっちから出入りしよう。ありがたいことにね、近くに拠点が2つあるので。一体何が一体何があったのか。すこぶる調子が悪い。ああ、こっちは入れた。よしよし。なんだろう、当たり判定ずれるのかな。まあいいか。とりあえずこれでこっち戻ってレッドブル飲みながらね。このバグってあれなのかな。ちょっと前のこっちは治った。よしよしよし。やっぱ当たり判定のズレが何かに見えるですね、この感じだと。あとなんとなくちょっと処理重い。なんでだ、なんか重いな。なんだっけ。んだ、パンダさん遅くなりましたけどグラボあざました。おかげで飲ますからぬるぬるです。素晴らしい。それが聞きたかった。ぬるぬるなったなら僕も嬉しい。いやお届けするのが遅くなりました。うまくいったならよかったっす。いやでもよかったっすね。やっぱ V ラムのね、実質的な増設はね、やっぱ効果てきめんですね。素晴らしい。マジで素晴らしい。外観カスタマイズじゃなくて、なんかいろんなのができるんだ。エンジン変えられる。色変わるんだ。全部ロックされてるから全然関係ない。こっちか、船の管理は。よかったよかった。送った甲斐があった。ぬるぬるのマスクおめでとう。パンダさんおめでとう。パンダさんぬるぬるおめでとう。よかったよかった。今グラボもね、やっぱね、なかなかちょうどいいの手に入れようと思ったんですからね。この船ってビクトリーだっけか、アニシだっけ、お石なんだっけ、忘れた。フリーゲートの画像が出ない。画像が出ないぞ。なぜ。どうやってアップグレードするんだろうこれ。やり方わかんないや。シンプルにこのままインストールでいいのか。ここでいじれるもんね。OK。じゃあインストールしましょう。あとこのワープドライブとかこの辺もどんどん強化できるのしちゃった方が多分いいんでしょうな。これもじゃあインストールします。貿易能力向上インストール。すげえ。こんな感じで調査能力とか上がるんだ。面白。じゃあこれめちゃめちゃいいじゃないですか。インストール。これが AI ユニット。なんだろうこれ。科学調査能力。すごっ。こんな感じになるんだ。普通に宇宙船と同じです。いや、ありがとうございます。高級品でしょ。だってこれ佐藤さんいいな。チラチラ欲しがってる欲しがってらっしゃる。でこれすごいレアって言うですもんね。 15% ずつ向上ってえぐくないですか。結構なんかめっちゃ上がった。すごっ。本当にこれもらっちゃっていいんですか。あと採掘スピードが上がるやつ。これも調査スピードが上がる。調査の科学力と調査スピードがまた別なんだ。すごっ。おもろ。これすごいな。でワープドライブと。すげえシンプルにドライブの距離上がる。すごいな。すごい。ありがとうございます。それほどレアでは。いやきっとレアだと思う。だって見たことないもん。わかんないからきっとレアなんだと思う。そう決めつける。これはレアこれあれか。もしかしてこっちのワープドライブここにポンって入れるだけでもしかして性能めっちゃ上がる。めっちゃでもないな。そうすると多分こっちをこうした方がこっちの方上がるや。じゃあこれでいこう。であとこの辺に関しては多分全部くっつけると全部上がる。めっちゃ上がるやん。すごっ。艦隊の調整
24. 点何ぼ上がってく。いいっすね。ありがとうございます。めっちゃ性能上がった。これでいろいろだいぶ良くなるのでは。いろんな数値上も変わるんですかね、そうすると。船が、ズノミアムなんで、名前が。これの、ズノミアム、ここにないんだ。っていうか、このズノミアム、どうすれば S ランクになるんだ？ランクの上げ方がわからない。なんか、でもこれメイン艦隊だから別に、上げる必要自体は特にないのか。上げようがないのか、そもそも。何か設定があるのかしら。旅団の管理はこれでしょ、これでしょ。宇宙船アーカイブ違うしな。これは普通に保管してる宇宙船のあれしかないし。わからん。いいや。いいことにしましょう。わからないので。わからないことは後回し。よし。OK、完了。素晴らしい。ありがとうございます。船も強化されたところで行きますか。マインドコントロール装置1個でよかったんだ。貨物を上げれません。フリーゲートを派遣して経験を積ませる。もうそれしかないんですかね。それしかないんだ。どこからか上げられたような気もする。なんかこの辺もそのうち仕様変わるんですかね。ここからランクが一切上げられないとなると多分システム的な不便もあるんでしょうから、何かあるのかもしれない。よーし。リアさんパチパチパチありがとうございます。おかげさまでグレードがアップいたしました。嬉しい。じゃあこの足でいよいよコルベットのパーツ集めにまた戻りますかね。あとはパーツ集めに飽きたら今度はこっちのコルベットの方のアップグレードモジュールを探しにね、またいろんな星系を旅するのもありかもしれないですね。リエさん、貨物船上げられなかったかうろ覚え知識で申し訳ない。いや、そんなことないですよ。ありがとうございます。僕も全然わからんので。いや、わからんことがいっぱいや。ノーマンズスカイは難しい。コルベットそこか。ぐん。よっこいしょい。痛い。着地に失敗して足くじいた。足首骨折。そういえばなんか関係ない話なんですけど、先日僕が勤めてる会社に新入社員の方が入社したんですけれども、現場違うんでほとんど顔合わせないんですけど、入社2日目で足を骨折して3ヶ月の休業に入りました。現実でそういう人いるんだなって。先日本社に顔出したらあの人入院で3ヶ月休みっすよって言われて、いつっすかって入社して2日目の時に天井から剥がした機械握ったやつを手から滑らして自分の足に落として足骨折しましたっつってマジか、そんなことあるんやと思ってね。痛いってめちゃめちゃ痛い話ですよ。本当に痛い話なはずなんですけど、絶対笑っちゃいけないのにめちゃくちゃ笑っちゃったの。入社して2日で給料もらいながら休める状態に持っていく天才かと思って。だって2日で3ヶ月休みって本当のだってわざとやるってことは多分ないはずなんですよ。そんなだから本当レアっすよね。最初は普通に心配したんですよ。そんなの大丈夫なんすかって言った後に、よくよく考えてみれば入社してばっかやんけっつって張り切りすぎちゃったのかな。あれなんですよ、結構肉体労働系の現場に最初に行って、でその人あれなんですよ、結構肌白くて華奢なタイプの人だったんで、どうなんだろう、重いもの持つの苦手なのかなってみんな喋ってたんですよ。でもやっぱ持たなきゃいけないんで試しにやらしてみたら、脚立の2段目に登った状態で重いものを受け取ったら、脚立の2段目の高さで足にセイルっていう天井に空調機ついてる、天井にエアコンとかついてたりするじゃないですか、四角いやつが。
あん中にでっかい金属の塊があって、それを外さなきゃいけなかったんですけど、この外したやつを受け取ってって下ろしたら片手で持てなくて、手滑らして手から落としたら自分の足の上だったっていう。いやー、なんとも言えない怪我の仕方をしてるんで、すげえ心配にはなったけど、いろんなテンポ感とかの関係で、心配よりもそれマジか、それ本当の話が勝ってしまった。あまりにもレアなパターンすぎて。でも全治3ヶ月だからな、結構しっかり折ったんでしょうね、多分。オッケー、アイテム回収バッチリ。めちゃめちゃ効率いいな、これ。いいっすね。もうこれしばらくパーツ回収用でずっとこの船で行っても効率いいかもしんないですね。素晴らしい。いやでも本当に大丈夫かな。レールって表面ちょっとザラザラしたりとか、あとは場所によって角が立ったり変わった形してるんで、いや本当それまさにそれなんですよ。折ったというか砕けたのかもっていう。変な折れ方したりすると足なんで、足のどこ折ったかも聞いてないんですよ。足の上に落としたような話だと思ったんで、足の甲とかなのかなと思って、足の甲なのであれば最悪変な曲がり方とかはしないと思うんすけど、3ヶ月の入院ってことは固定もするんでしょうからね。あとは本人の体力次第。ちゃんとそこに関しては心配ですね。足だからな、手とか足とかはな癖ついたりするから。しかも足首周りとかってもしなれば関節とかも近いんで、後遺症とか残んなければいいなっていうのは正直真面目に思うですね。結構シャレにならんすかね。 ならないですから。そうそう、安全靴とかも足先くらいですしっていう。多分ね、安全靴履いてなかったと思うんですよ。内側の特定工事業じゃなくて、空調機の清掃をやる部門があって、そっちの方の社員さんになった人なんで、その人が。なので清掃するときは確か安全靴とかって強制されないんで任意なんですよ。なので購入とかも会社の方でしてくれないはずだったんで、そうなってくると果たしてどうなのっていうところなんですよね。でもな、確かに今回の件があったから話変わるのかな。やっぱ重いもの持つとき危ないよね、会社で安全靴は提供した方がいいよねとかなるのかな。さすがにやっぱ怪我の原因、多分それで休み取ってるってことは多分労災になってると思うんで、もしかしたら会社の話変わるかもしれない。位置が合わない。パンダさん手伝いましょうか、集めるの手伝ってもらえるのはありがたいですけど、いいですか、お願いしちゃって。なんか申し訳ないです。いつもなんか作業いつも手伝ってもらって本当にいつも助かっております。ありがとうございます。あ、回収コンテナこれ地下だ。めっちゃ深いとこ埋まってる。いやほんとそう、佐藤さん、労基がアップしそう。本当にそうなんですよね。そういうことが実際あるから悲しいですよね、本当に。パンダさん、早速ご利ありがとうございます。本当に助かります。いつも助かっております。いつも手伝ってもらってばっかりで申し訳ない。さて今地上に降り立ちました。ここは、自前で穴を掘って回収に向かいますよと。真下に掘ったら効率いいのかと思うんだけど、それはちょっとやりづらいから少し距離離して、さあどこだ、42メートル。なんか距離感が合わない。この辺だな。8メートル7654。この辺。おらおら、この辺だ。燃料がない。燃料がないぞ。燃料がないぞ。オッケー。はい、どんどん。はい、じゃんじゃん。なんか見当たらんな。表示バグか。表示バグかな。
見当たらないぞ。表示バグかな。動物落ちてきた。すまねえ。動物よ。許してくれ。表示バグかも。もう開始終わってるかも。でも意外とこの辺かも。12メーター、11メーター、10メーター。表示バグっぽいな、多分。表示バグですね。ここ開始終わってるや。オッケー。パンダさん、本当ありがとうございます。いつもありがとうございます。すいません。本日もよろしくお願いいたします。いつもすいません、本当に。お仕事いっぱいしてもらって。どうしよう。報酬前払いしとこうかな。ナノマシン送りつけていいですか？さっきもらったやつ。さっきもらったやつ送りつけていいですか？こちら報酬でございます。渡せるものこれぐらいしかない。なんだ、なんか称号アンロックされた。こんなのもあるんだ。知らなかった。いいな。でかいコルベットかっこいいな。いいですね。パンダさんのコルベットもかっこいいですね。これ2つ投げるとこんな感じになるんだ。これもいいですね。これも真似したい。そしてサイドカー付きと。そっち質感違うんだ。質感を変えることで2機並んでる感じにする。いいですね。こっちはワイのだった。なんでもなかった。これはワイのだった。色がちょっと似てる。報酬用にもっと集めておきましょうか。実はですね、報酬用に結構いろいろというか、ナノマシンに関しては集めてね、保管してあるんですよ。お給料すぐ払えるように。この間手伝ってもらった時にも払えてなかったですからね。やっぱり報酬は大事ですから。やっぱ労働の対価を用意しとかないとね。もったいないって言ってるあれですけど。やっぱりね、何かで報いなきゃいけないですから。パンダさんヌルヌルですか？そうなんです。パンダさんはヌルヌルなんです。なんかこう言うとなんかパンダさん自身がヌルヌルしてるみたいに聞こえるけど。そうなんです。パンダさんはヌルヌルなんです。すっごいヌルヌル。語弊。誤解語弊。さて次のところを探しに行こうかしら。近くにあるかしら。近くは取り尽くしたかな。ちょっと飛ぼう。少し飛びましょう。ディエさん、大事ですね、やっぱり。こっから見えるな。てか、そもそもあれか。私ですね、いいっすね。あれ、もしかして、ロブスター？パンダさん、ロブスターじゃないですか。でっかいロブスターだ。めちゃめちゃいいじゃないですか。ロブスターの親子だ。みんな。いいね。パンダさん、やめて。変ないじられ方するから。ぬるパンダさん。変な。すごい。めちゃめちゃロブスター。いいっすね、これ。ちょっと待って。カメラに近いたい。アズラさん、お帰りなさい。なんか早く戻ってきたね。お帰りなさい。ありがたいですね。アズラさん、見て。パンダさんのロブスター、めっちゃクオリティ高い。ワイのやつよりもずっとロブスターな感じ。ワイのより全然ロブスターや。すごいな。アズラさん、ただいま、お帰りなさい。リエさん、ロブスター。ねえ、これめっちゃいいじゃないですか、ロブスター。いいな、よきよきですね、これ。ナイス、ロブスター。おっぽのところとかもいい感じですね。丸型パーツ、うまい。てか、グリッチでいい感じになってるのかな。丸型を中継して、ちゃんとハサミが前後してるから、ちゃんとハサミの形になってる。いいな、めっちゃうまくできてる。パンダさん。センス20丸。1億5000万点。ちゃんとメモついてる。かわよ。
いいっすね。こっちはなんか調理される前の生きてるロブスターって感じですね。茹でられる前、僕のは茹でた後。色がくすんでる。ハサミからビーム出ないハサミから出たら確かにそれはかっこいいかも。いいっすね。お腹のところもだいぶいい感じですね。素晴らしい。いいっすね。いい感じ、いい感じ。何今、ロブスター流行らそうとしてるみんな。ロブスター流行らそうとしてますよし、みんな思い思いのロブスターを作ろう。ザリガニでもいいよ。一番美味しそうに作ったやつ、優勝。いいっすね。あ、ちゃんとあれっすね。腹のところにパーツがついてる。うまいな、やっぱり。いいっすね。やっぱ素敵っすね。やっぱ素敵。やっぱコルベットは楽しいっすね。うん。アキラさん、本当にロブスターだ。ね。ハイクオリティ。僕の成り行きロブスターとは違って、ちゃんとロブスターにしようと思って作ったロブスター。やっぱさすがっすね。目指して作られてるから、ちゃんとロブスターっぽい。素晴らしい。いい感じ。いいね。さすが。素晴らしいっす。うん。ハサミからビーム出るようになるといいですね。アザラさん、今ノーマンズスカイログインするね。了解です。了解でございます。みんなでわちゃわちゃしましょう。よろしくお願いいたします。佐藤さん、ロブスター作っていいの？全然いいっすよ。みんなでロブスター作り合ってミサイ1個しましょう。なんならロブスターをミサイ1個するだけの回でもいいっすよ。みんなのロブスターが完成したら、ロブスター鑑賞会、海の幸ロブスター鑑賞会っていうタイトルで次動画立てるんで、皆さんのご連絡をお待ちしております。なんか押しちゃった。あら、なんか押しちゃった。なんで？なんで？なんか急に自分の船から放り出されたわ。悲しい。準備できたらそっち入るね。了解です。お待ちしております。よろしくお願いいたします。出入り口ここにあるんだった。最短距離だ。忘れてた。よいしょ。上がって、ぐるっと回って、セッティングして、OK。今度のロブスターもいい感じにロブスター。嬉しい。ロブスターイベント発祥期待。なんか新しい謎イベントが今発足されようとしている。Yのせいで。パンダさん、いや、ハサミに重機乗せてるんだけどな。悲しいですね。なんか、なぜハサミの重機が動作しないのか。優先順位的なあれなのかな。コルベットのこういう仕様って難しいですよね。絶妙なその仕様のバランスで。アンバサダーゲット。素晴らしい。素晴らしい。OK。OK。ロブスターのためにパーツ集めないと。やばい。ロブスターイベントが本物になっていく。みんながロブスターパーツ集め始めるぞ。新時代の幕開けだ。そのうちノーマンズスカイが日本語入力バッチリ対応したら、なんかロブスター専用拠点とかちゃんと銘打って作るかもしれない。パンダさん、俺の画面ではハサミから出てんだけどな。そういうことか。画面で見え方が変わってる感じですね。これやっぱどういうあれなんですかね。やっぱりお互いの見え方とかで全然仕様が変わってるというか、表示の優先順位がなんか違うのかな。なんかあるんでしょうね。そのサーバーでお互いリンクするのに多分データを再構築するはずなんで、その時の構築の順番とかで何か事情が変わるとか何かあるのかもしれない。200m ってことは埋まってるな、こいつ。多分埋まってるな。これもしかして過去に穴開けたんじゃねえか。穴開けてない。素直に着地しよう。ギエさん、そんなことあるのか。やっぱ仕様がわかんない仕様がまだいっぱいあるですね。こうやって見ると。よいしょ。この辺に埋まってリング。違う、これさっきここバグだ、もう取り終わってるって言ったところや。騙されたな。どうしよっかな。ちょっと惑星の反対側に飛ぼうかしら。
表示バグがある状態だとまた迷っちゃいそうので、ちょっと離れます。お離れ遊ばせ、どっこいしょういちお離れ遊ばせ、死後乱用、年齢がバレる、飛べよ、飛べ飛べレッツゴーでグイッと回りまして、でこの星の裏側の方の拠点グミエイロスの方にワープ GO。 あれ、こっちの船の方がワープ早いか、もしかして。あ、グミエイロスは別だ。この辺でいいかな。オーライ。適当に行こうか。ロブスター100ほー。あ、そうだ、言うの忘れてた。ですね、やべ、カメラ置いてかれた。カメラ置いてかれた。どっか行っちゃった。こういう感じになるのね。了解。止まらないんだ。そっか、マルチの最中だもんな。止まらないんや。このまま行っちゃうのね。僕の船。バイバーイ。シュールだな。あれ、僕星間違った。ここ紙室じゃない？あ、これ毒の惑星や。間違うた。ここ違う惑星だよね、そうすると。全然間違った。違う惑星だわ。何やってんだ、まったく。いやね、ぼーっとしてるわ。まだ眠くなるには早いで。まだ1時じゃないか。まだまだ夜は始まったばっかりだぜ。さあ、みんな楽しもうぜ。とりあえず船まで飛んでいく。やっぱ隣の星行ってた。もったいない。エボルトコロニーにワープ GO。 OK。 はい。じゃあこの辺でギューン。オーライで、ゆっくりこうか、ゆっくりこうか、こうか、こうか、こうか。オッケー。低空飛行。佐藤さん、ルームランナー中偉い。ルームランナー走るの偉い。そう、皆さんにお話ししたかったことが、こちらご覧ください。いけない、カメラを起動したらアドレスがとお思いの皆様、アドレス隠しをご用意いたしました。これで不意なタイミングで操作を誤ってカメラを出してしまっても、ご覧のようにですね、アドレスを完全に隠すことができるという仕様に相なりましたので、こんな感じでよろしくお願いいたします。前回の配信でね、なんかアドレスを公開しろという初見さんが一回ねいらっしゃったので、結局応答はいただけなかったんですけど、なんかそういう事件があったので、ちょっとやっぱ怖くなったのでね、こういう風な対策を取らせていただきました。カメラ使い放題、素晴らしい。ずっとねカメラ使いたかったから、これは嬉しい。用意いたしてございます。こうやって僕の配信は進化していくと。いや、いいですね。やっぱ日々成長大事ですね。ちょっとずつこうやってね、いろいろ良くしていくっていうね。回収コンテナ OK。 DA さん、すごーい、ありがとうございます。パンダさん、良きねえ、ありがとうございます。素晴らしいですよね。やっぱ対策大事。怖い思いはしたくないし、みんなにも迷惑かけたくないですからね。やっぱみんなで遊ぶ場所にもうなってるので、僕の星はね、下手な邪魔者が来ないように対策はバッチリでございます。で、人にはね DM で送れますからね。オーライオーライ。この辺まだあるかな。ほら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 。威力上げてるから回収がスムーズで助かる。いいね。やっぱ船調整したから回収がスムーズでいいっすね。素晴らしい。絶好調なのでは。間違って下行っちゃうな。次
次の問題は山下さん。1161メートルです。どうせい。もっとシュバッと加速してくれたら気持ちいいけど、まあこれはおいおいですな。真下オーライ。チュロドン軽い足場いいっすね。軽い足場は何個あってもいいですからね。DA さん懐かしい。ファンタの CM。次の問題は山下さん 3X です。違います。傷つくわ。よく覚えてる。すごい耳に残ってる。あれおもろかったな。CM マジセンスいいっすよね。ヒルドラ先生とか、この泥棒猫お母様、どうやったら炭酸ジュースの CM でああいう発想が出てくるのか。天才か。発想できるスタッフさんの脳みそがマジ羨ましい。マジで尊敬する。グイグイちょっと角度がいまいち。この辺もうちょいグリグリ。お、センチネル境界マップだ。嬉しい。欲しかったんだ。やばい、動物が邪魔して多分全部掘り切れてない。なんか撃ってる場所に次から次へと動物が生成されて、なんか生成されすぎじゃね。あ、リスポーン地点か。そこリスポーン地点にリス狩りをしてしまった。ごめん動物たち、リス狩りしちゃった。リエさん授業しろよでオチするやつね。懐かしい。よく覚えてらっしゃる。やっぱり印象に残る CM って強かったっすよね、今思うと。だって今この CM を思い出しただけでまだ売ってるファンタまた飲みたくなるっすもんね。未来英語、脳にこびりつくいい CM。 やっぱ CM って人間の脳にこびりついてなんぼみたいなとこありますからね。やっぱおもろいなぁ。結構やっぱりいろいろ整備したらすごい順調。オーライ。お、アマリス級リアクターナセルリムいいですね。装飾パーツはねなんぼあっても良い。やっぱ船のサイズ感もやっぱ中でこのスキャンかけやすいように一応構造考えたんで、結構功を奏してる感じがあるですね。この構造にしたから随分やりやすい。1300。あ、いっぱいあるな。回収コンテナすげえいっぱいあるなこの辺。じゃあまずは930のところに向かってよいしょ。いいですね。この辺だいぶ密着してるっすね。密着ですか、密集か。密集して回収コンテナが埋まってる。素晴らしい。オッケー。油で汚れたポンプ、アルカリアエアロフォイル、何個あっても素晴らしい。後ろに下がります。周りを見ます。スキャンします。765と570。本当の近くだ。これいけるか。当たり判定引っかかる。オッケー。よき。もしかしてマイクの音ちょっとちっちゃいか。寄せます。あんまり寄せると今度でかすぎるんですよね。本当に調整が難しい。グイグイよしこい、グイグイよしこい。急停止。オーライ。オッケー。レアアイテム。よし、いいっすね。で600と。また鼻ムズムズしてきた。危ない。出そうで出ないな。ここまで鼻ムズムズしたら一足くしゃみ出てもらった方がすっきりするんだけどな。鼻の奥がムズが良くて、やっぱ目がかゆいとか鼻ムズムズするって集中力が落ちて良くないですよね。花粉症の特効薬とか生まれないかな。
いや、日本の医学会さん、どうぞよろしくお願いいたします。なんとか花粉症の我々をお救いください。マジで花粉症のせいで生きるのつらい。この時期だけほんと地獄。昔はね、花粉症で苦しんでる人を見て、いや大変だねわははなんて言ってる人間だったのに、お前もついにこっちに来たか、ようこそってみんなに優しく迎えられて、はい、バカにしてすいませんでしたって謝った過去があるんでね。花粉症はマジでバカにできないですよ、本当にそう。いや部屋の中にいてもずっと鼻ムズムズするもんな。そう、今年はまだ空気清浄機メンテナンスしてなくて、まだ電源入れてないんで、僕あれなんですよ、毎年その空気清浄機中古のやつを買って家に置いてあるんですけど、空気清浄機ってフィルターとかついてるじゃないですか。でフィルターかびるから交換してねとか、匂いの原因になるんで変えましょうねとかあったりするんですけど、あれ実はフィルターだけじゃなくて、中の風が通る通り道もカビたりとか、中にホコリが固まって匂いの原因になったりするんで、可能であれば中身ばらしたりしないと、その匂いとかカビの原因って全部取り除けないんですよ。それ知ってるんで、1年に1回綺麗に解体してばらしてから空気清浄機起動するようにしてるんですけど、今年はまだそれやってなくて、なんで部屋の中の花粉対策がまだできてないんですよね。なんかこの話したら急に鼻がムズムズし始めた。やばい、意識し始めたせいかもしれない。鼻がムズムズする。ダメだ、鼻詰まってきた。結構な重労働。いやほんとそう、あれなんですよね、結構毎回ロードかかっちゃうから大変なんですよね。この辺で停止、この辺でスキャンいけるかな。どうでしょう、あんまり高く飛びすぎてるから1437メーターあるかな。いい感じにそこに1個、そっちに飛んでまた複数個増えてくれればいいな。ちなみに今で何個ぐらい集まったんだろう。確認しないでバツバツ集めてるからようわからん。おお、なんだこれ、ジャイロスコープ。オッケー。鼻ムズムズ。佐藤さん、なんか散布すると杉に花粉ができなくなる薬があるらしい。負け、今すぐ巻くんだ。すべての杉を根絶やしにしろ。むしろ日本に最初に杉を運び入れたやつを祭り上げろ。絶対に許すな。でも極端な話、あれですよね、きっと杉じゃなくても多分こういう風にはなってたっすよね。結局舞いすぎてるのが主な原因だと思うんで、どのみち鼻ムズムズは回避できなかった。杉じゃない花粉が人間の体に反応する時代が来てただけかもしれない。そういうプラスの考え方。いや、パーツなかなか集まってきたっすね。どれだっけ、このトリムでしたっけか、グリッチに使うやつって。なんか前後ずれとか左右ずれに使うグリッチに使うの、なんかこんな感じの形だった気がする。ヒノキ、ブタクサ、稲ね、奴らは全員敵。まあでも結局ね、人間の体が対応できないのはね、まあどうしようもない部分はあるっすからね。ほんまにいかんともしがたい。なんとかならんもんすかね、本当に。鼻ムズムズっすね、鼻ムズムズ。鼻がムズムズ、奥詰まってる。鼻がムズムズ、ぐじゅぐじゅ。ランラ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 。ああ、クリアになってほしい。鼻クリアになってほしい。本当に。今年まだ結局その花粉の薬飲んでなくて、あれって花粉の季節始まる前から飲み始めた方がいいらしいですね。なんかもう体がその花粉に対するアレルギー反応が始まってから飲み始めても中にも遅いらしいですね。始まってからじゃ遅いと。始まる前に薬飲んでもうそもそもその反応が起こらないようにするっていうのが一番いいらしいですね、話によると。毎年僕それ忘れてて、
花粉の症状が出始めてから、うわー今年も飲まなかった、忘れてたって毎回やるんですけど、お、佐藤さんシャワー行ってきます。了解です、行ってらっしゃいませ。体芯まで温めたってください。夜はまだ冷えますからね、油断せぬように。風邪予防でございます。湯船に浸かるとね、やっぱり病気かかりにくいって言いますからね。魚雷ゲット、エアクリーナーゲット、お、インフラナイフだ。燃料棒もゲット、いいですね。これ当たりの箱だったですね。素晴らしい。武器は何個あってもいい。武器は男のロマン、武器は何個あったっていい。次はしまった、埋没モジュール全然集めてなかった。これもね本当は集めなきゃいけないんですけどね、全然集まってないので、こっちの方の集め方どっか一区切りついたら、まあ別の配信かもしれないですけど、そしたらまた回収モジュール集めもしたいですね。何気にお手伝いにお邪魔してます。ああ、DA さんありがとうございます。本当何から何まで本当に何でもかんでも手伝ってもらってありがとうございます。本当申し訳ない。ちゃんと報酬で暴走カビを押し付けますんでね、よろしくお願いいたします。前回は無給で働いていただいたので、今回はちゃんと給料が出ます。1990個かける2スタックお渡しするのでね、よろしくお願いいたします。可能な限り支払える給料は支払いたいスタンス。やっぱこれからもね、バリバリ働いてもらおうと思ったらね、やっぱり給料は出さないと。やっぱ給料が出ない会社にはね、社員は居つかないですからね。みんなには精一杯働いていただかないと。へへへへへ。悪い顔。悪社長。ついたな。OK。あ、暴走カビは10個あればエクソスーツマックスになるので大丈夫です。金持ち。Y より数倍金持ち、羨ましい。なんなら欲しい。なんなら欲しいは嘘。今しまう場所がないから今もらっても正直暴走カビは困るまである。今のプレイスタイルだとあれなんですよね、お金とかって特に暴走カビなんかあんまりたくさんあっても処理ができなくて困っちゃうんですよね。それはそれで嬉しいけれども。お、ビームアレイだ。素晴らしい。これも欲しかった。いいパーツがどんどん集まるね。やっぱり素敵だね。さっき追い越した分これかな。あ、2つある。おお、ラッキー。800の方行こうかな、先に。 OK。 よいしょ。800ドン。あとはあれだな、やっぱりロブスターの飛行速度をシンプルに上げるためのモジュールを手に入れたいところ。これに関してはやっぱりインフラナイフいいですね。リフレクターシールド、リレージョイント。リレージョイント意外となかったかも。グッドグッド。時間かかりますからね。そうっすね、時間かかるんすよ。だから在庫いっぱい抱えると今保管する場所がなくて、あれっすよね、もっとなんだろう、宇宙に待機させてる貨物船をね、もっと使い倒せるようにそっちの方も整備した方がいいんでしょうけどね。そっちまで手回ってないですからね。結局ね、そっちの方の建築素材も全部開放できてないから、本当は全部開放したいですよね。燃料ポットカム、よきよき。サンダーバードいいですね。このパーツがねかっこいいからたくさん欲しいんですよね。やべ、音質のドア開いてるからあんまり大きい声出せないや。気をつけよう気をつけよう。いや、いいっすね。いやマジでこの船捜索しやすくていいな。ちょっと視界悪いのはあるけど、それ差し引いても前の船と比べると、これのなんだろう、 F で探索するときに周りに邪魔がないように今はやってるんで、非常に合わせやすい。で、出入り口も近いし、構造としてはかなり成功だったのでは。うまくいってよかった。奇妙な作動装置ゲット。お小遣いも稼ぐ。全部取り終わったかな。 OK。 よし、次もうダメだ。さっき自分で CM やったせいでもう次って言うと、もう次の問題はって言いたくなっちゃう。この中に山下さんいらっしゃいますか？挙手。
あかんあかん。呪いがパンタの呪いにかかってしまった。よいしょ。オッケー。注入口サンダーバードライニングなんたらアルゴノーツ燃料カバーなんたらグリグリグリ。よしオッケー。すげえ効率上がったな。次はどこだ。近くにあるかな、遠いかな。回収モジュールも狙撃で回収できればいいんですけどね。あれは直接降りてって E ボタンで回収しないといけないからちょっと手間っすよね。いっそあれですよね、仕様変わって全部こういう破壊活動だけで回収できるように統一してほしいですよね。そしたらもっとゲームスピード速くなるのに。でもまあそれやっちゃうとあれか、ぬるゲーになっちゃうのか。さあわあ、回収モジュールいっぱいあるな。あれは回収モジュール、回収コンテナ、こっちにはないのでもうちょっと進む。全身あるのみ、虹が出てますね。いい景色じゃ、よきよきいい景色じゃ。こんなもん。もしかしていつの間にか高度が上がってる可能性があるな。あんまりスキャンで引っかからなくなってきた。よし、1180と1289、先にこっちだね。 OK。 はーい、どっこいしょいち。あら、どっこいしょいち。回収コンテナ到着。エイスなんか関係ないもの、光る鉱物ゲットした。どっから出てきたんだ。タイタンタービン、ブースター、エンジンカバー、いいね。実に順調で、もう一個がそっちらへんだった気がするので、どこだ。あれ、方向グリッド回しすぎたか。方向転換しすぎたね。790。 OK。 790。なんかお腹空いてきたな。あ、そう、今日やっと先日友達から安い値段で買ったおニューのトースターが届きまして、まだ設置してないんですけど、これでいつでもパンが焼けます。素晴らしい。嬉しい。友達ありがとう、親友。トースター大事に使うよ。グラタンは多分作らない、めんどくさいからやばい、目かゆくなってきた。だいぶ目かゆい。やっぱりな、今日外出たからな。外出たせいで花粉持ち込んじゃったかもしれない。花粉は敵。もう全ての花粉を許さない。もう植物は花粉空中に飛ばさないで足生やして近くまで歩いてって勝手に交尾をしなさい。空中に撒き散らすんじゃありません。サクッと解決して人間に迷惑をかけるんじゃない、植物たちよ。植物だって生きてるのよ。過激派ビーガン。冷凍のグラタンでありかも。あ、でも冷凍グラタンも意外とトースターで焼き色つけたら美味しいのかもしれない。あ、今度やってみようかな。冷凍の洋物の食い物、それこそパスタとかもチーズ乗っけてトースターに入れて表面のチーズ焼いたら焼きチーズパスタになるのでは。腹減った。今度それやろう。絶対うまいじゃん。D さん天才。ちょっとそれ採用で、それやりますわ。実際業務用スーパーで1キロのとろけるチーズ買ったりとかしてるんで、1キロあったら何でも乗っけて何でもトースターで焼いたらいい。そしたら何でもうまい。勝ち、完全勝利。脅威無敵、最強だ。滅びのバーストストリーム、俺の胃袋に。アンテナゲット。オーライオーライ。ガントリーリンク素晴らしい。深夜の飯テロ、私そこまで行ってない
大体言ったようなもん人のせいにする。そう、飯テロも人のせい、責任転嫁、究極の多責思考。いやでもマジで腹減ったな。なんか食いたいな。サクッと食えるものなんかあったっけかな。あれなんですよ、サクッとは食えないけど、この間業務用スーパーに行ってまた当たり商品を見つけて、冷凍食品なんですけど、冷凍食品のかき揚げ、大きいかき揚げが5個入りの冷凍食品が業務用スーパーに売られていて、あれがめちゃめちゃ当たりでした。 400g も入ってるので、興味ある方ぜひ買ってみてください。ノンフライヤー、本当は油で揚げて食べる商品なんですけど、もともと1回多分揚げてるんでしょうね。レンチンだとズナッとするのかな。ノンフライヤー、温風調理器みたいなのでカラッとやったら、すんごいホクホクで美味しいかき揚げになったので、多分トースターでそのまま火通しても美味しく食べれるんじゃないですかね、あの感じだと。なので調理環境ある方はぜひ試してみてください。あれは当たり商品です。酒のあてにしようと思ってます。業スー最強、マジで最強。業スーがあれば本当に困ることないですもんね。正直当たり商品とか外れ商品とかあったりとか、あとは業スー以外のところで買える量が少なくて、健康にも配慮されたそれなりのメーカーさんの食品と比べるとやっぱり負けるっすけど、量とかサイズとか値段とか総合点でいくと業スーはマジで強いので、本当お世話になってます。次はどんな出会いがあるかな、楽しみだな。最近 YouTube 見てると業スーの1リッターのボトルに入ったラーメンスープなんだっけ、醤油ラーメンのスープだかがなんかめちゃめちゃ当たりらしくて、ラーメンスープにしてもいいし、つけ麺スープにしてもいいし、チャーハンの醤油ベースに使ってもいいし、なんか本当に何でも使えるらしいですね。味付けとか何かに味染みさせてもいいしみたいなものらしくて、1リッター使い道どうなんだろうって思ったんですけど、賞味期限もなんか6ヶ月だか8ヶ月だかめちゃめちゃ長いらしいんで、意外と量多いけど気軽に買っても良さそうなイメージもありつつなんで、そういうのあるんだと思いつつ、まだ試してないですけどね。誰が人柱になってくれたら嬉しいな、チラチラ。誰か人柱になってくんないかな、チラチラとか思いつつ喋ってみました。ぜひ影響を受けて試してみてください。それでよかったらね、ぜひ国和の配信のコメント欄で、あれよかったっすよラーメンスープって言ってくれたら、それを確認してから買うので人柱募集募集要項、家に調理環境がある方、業数が近くにある方、近くじゃないな、業数が自宅から半径10キロエリアにある方ぜひよろしくお願いいたします10キロは鬼畜か、さすがに厳しいかそれは生贄生贄井上生贄実際生贄かもしれない、人柱だから。リスナーさんを生贄に捧げラーメンスープを召喚、ひどすぎる、最低すぎる、配信者にあるまじき。いやでもマジで腹減った。かき揚げ仕込むのに時間かかるんだよな。しかも仕込み時間あれなんです、一回裏返さなきゃいけなくて、調理器具の中で多分配信しながらやると絶対焦がすんですよね。なのでかき揚げは今ちょっと選択肢に入らず、おやつ買ってないんだよな、ちょうどいいやつ。この間なんだっけ、体におやつが、ついにアイテムケースが満杯になってしまった。これ解放、これも解放、解放 OK。 アイテム欄埋まったね、埋まった、順調ですな。売っ払えるもの売っ払ってこようかな。この辺も避けていいな。腹減った。皆さんは配信見るときは多分なんか食べながらなんか飲みながらとか多分ご覧になってると思うんですけど、今皆さん何飲んで何食べてます？僕の見たことない聞いたことない食べ物飲み物あったら教えてください。大好きなんで、食い物大好きなんで、美味しいもの食べるために生きてると言っても過言ではない。
なんか手に入るかな。回収コンテナもうちょい下か。161メートル遠いな。結構深くに埋まってるパターンかこれ。リエさん水オンリーです。水オンリーか。あ、これ深くに埋まってるパターンだ。ちょっとせっかくだから掘るか。せっかくだからね。レッドブル1本開きました。ごちそうさまでした。どうしよう。近くにレッドブルもう1本用意したけども冷めてんだよな。のでちょっとすいません、冷蔵庫で冷えてるレッドブル取ってきていいですか。申し訳ないですが一瞬離れます。ヘッドホン外して一瞬離席しますので少々お待ちください。よろしくお願いいたします。ついでにつまめるもん探してこようかな。なんかあるかな。なんか考えてたら人生はつまらないからね。ああ、この組み合わせ、あ、ついでに空き缶も避けちゃう。はいと。さあ、お菓子の袋みたいな音がしておりますが、ただいま戻りました。お待たせいたしました。ですね、なんだろうな。よいしょ。まあ、人としてちょっと終わってるかなっていうチョイスをねしてきたんですけど、お帰りなさい。ありがとうございます。ただいま帰りました。冷蔵庫にちょっと前に半額で買ったシャウエッセンが5本入りのシャウエッセンがあったんで、そのまま持ってきました。調理なし、冷え冷えのシャウエッセン。なんだっけ、名前ちょっと違うんだよなこれ。シールじゃまで見えないけど、ピリ辛パワ辛、シール剥がしてみるかな。多分パワ辛だな。パワ辛のシャウエッセンをパリポリとつまみながら、よいしょ、お箸も持ってきたんでね、冷たくてもうまいですからね。シャウエッセンお箸でこう持ってます。いただきます。まっ。肉って感じ。シャウエッセンうまいっすね。たまに飲むと、たまに食べるとね。シャウエッセンは飲み物じゃない。今、シャウエッセン飲んじゃった。勢い余って。お、佐藤さん戻りました。お帰りなさいませ。タイミングほぼ一緒っすね。よかったよかった。さあ、コルベットのパーツも着々と集まってきておりますよ。この辺か。15メーター、14メーター。掘ればすぐありそうだけどな。でも結構深そうだ。オッケー、オーライオーライ。オッケー。さあ、出ました。あ、これ拾えないタイプか。確かその手の地面って掘れないですよね。うわー、これ拾えないかも。いけるか。あ、いけた。あ、よかった。回収できた。これどっちの方が、マイビームの方効率いいのか。オッケー、ナイス。よかったよかった。素晴らしいね。オッケーオッケー。フライアウェイ。飛び立てオレッジ。こうやって見るとやっぱコルベットってでかいっすよね。なんか意外と馴染んでるな、パーツも。なんかいずれ回収したい。なんかもうちょっと改造したいって話したけど、なんか意外と見慣れてくるとこれはこれでいい気がしてきた。
やっぱ人ってなれるんだな。人はなれるんだな、三つを。Fly away Fly away Fly away スパイダーマンスパイダーマンなんたらかんたらスパイダーマンが海外の黄色いキャラクターがわちゃわちゃするアニメでなんかこういうネタがあった気がする。プリングルスじゃなくてなんかそんな感じの名前のアメリカのカートゥーンあるんですよね。ペプシだかの CM だかにもなんか出てたような気がする。ペプシだかコーラだか忘れたな。どれだっけな。どっこいしょ。ランシャー。センチネル境界マップ拾えるのありがたいな。惑星を探索するときに非常に便利なので。よし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 。次はどこだい。次はどこだい。たまに通り過ぎたりしてるときあるからな。注意してみないと見落としちゃう。ほらあったじゃん。通り過ぎてるときあるからね。大事。視野は広く持たないとね。予測も大事。すぐ近くだな。なんかアスラさん、あ、そうね。すごく大事。お好きな色は何ですか？お好きな色。そうっすね。僕の好きな色は好きな色なんだろう。結構いろいろ好きです。緑も青も好きだし、今はイメージカラー赤が中心なんで赤も好きですね。くすんだ赤の方が好きかもしれない。紫以外は何か揃ってそうな気配。佐藤さん、さてロブスターを作ろうかな。ロブスターって両手かハサミで尻尾に毒があるやつだよね。それはサソリでは惜しい。今すごい惜しかった。その通りって言おうと思ったら最後が違った尻尾に毒はないのでは。それはサソリなのでは。シャオウェッセンが美味しい。物食べながらで申し訳ない。お腹空いちゃってさっき持ってきましたいや、うまい。うまいな。あずらさん、赤ですか。了解。なんだろう、何もらえるんだろう。何かもらえるのか、何かを見せてもらえるのか。楽しみにしておりますこっちにもあるね。1400。佐藤さん、いやでもいいっすよ。ロブスター集会だって言ってしれっとサソリが入って、もうお前サソリやんけ、ロブスターちゃうやんけってのも、これもまた一興。なんかロブスター以外にもサソリ以外にもロブスターっぽい見た目の生き物実はいろいろあるかもしれない。ロブスターと言いつつ、お前らロブスターちゃうやんけ、誰やお前らってのがいっぱいいたら、それはそれで面白い。ニアピン、まあ実際ほぼニアピンと言っても過言ではない。実際大きさとか規格違うだけでほぼ一緒な生き物に見えないこともない。午前1時半にソーセージ？そう、ソーセージ。冷蔵庫に入ってたやつを袋ごと持ってきて冷たいままチリポリ食べております。うまい。とてもハッピー。お腹空いちゃって。実はそうなんですよね。晩ご飯なんかまともにたくさん食べた記憶がなくて。でもちっちゃいカップ麺は途中で書き込んだかな。何も食わないのは腹減ると思って。でもやっぱ1個じゃ足んなかったな。辛くて美味しいシャウエッセンのパワ辛。両方食べれますしね。サソリも。でも確かにサソリもなんか食えるの聞いたことあるな。なんかセミとかコオロギとかみたいな感じで、なんか乾燥したそのままバリバリ食べれるサソリとか、なんか昔テレビとか YouTube で見たことがある。なんかそんな記憶がある。うまいのかどうかはわからないけれども、でも僕もその手のゲテモノ結構好きなんですよね。正直興味本位で食べてみたい気持ちはある。
なんだかんだセミとかはまんまうまいっていうし、いわゆるバッタとかコオロギとか、あの手も全然その、意識的な抵抗がなければ、なんか全然食えるらしいですからね。素揚げ的ななんか塩振って焼いたりとか素揚げが一番うまいらしいですね。セミはどっちしたっけかな。某何でもやる個人税 VTuber のヘアピンまみれさんという方いらっしゃるじゃないですか。なんだろう、僕らの想像の斜めを行く彼女はもうセミをね主食として生きているようなので、あの人の動画がそのセミ食とかに関しては相当参考になるですね。なんかバレンタインデーにセミチョコとか作ってましたよね。お菓子作りに使うなんかキラキラのなんか食べれるやつもかけたりして、おしゃれなコーティングをしたセミをなんか有名な VTuber の方と一緒に食べてましたよね。またくしゃみが出そうで出ない。鼻がムズムズする。出るのかくしゃみ。来るかいやくしゃみが出そう。これは緑保留ぐらいかな。赤保留まで行ったら出るけど、まだ緑保留ぐらいだ。出てこないですね。出なかった、残念。鼻のムズムズが止まらん。レベルが高すぎるね。よくやろうと思うんすよね。でももうやっぱりその美味しさに気づいたら抵抗なくなるんでしょうね、きっと僕とかも一回食べてみて普通に美味しいことに気づいたら、多分いつの間にか最初に抱いた抵抗は全てなくなるんでしょうね。正直そんな気がしてます。なんか大抵食い物ってそんなもんですよね。ビジュアルだけの問題だったら、味食ってうまいって一瞬分かったらもう気持ち悪いものに見えなくなるっていう、やっぱ人間は適応する生き物ですからね。人間なんだろう、いいものに対して適応するのは早いんですよ。だから気持ち悪かったものでも一回でもいいものっていう風に理解できたらもう抵抗なくなるっすからね。佐藤さん無理自然な反応ありがとうございます。多分人間的な一番自然な反応いただきましたおもろい。確かにセミチョコはシンプルにセミを食べてみたいところから始まって、でそこでセミを許容できたら行ってみたいステップではある。あれ食ってみたいんですよね。オロチンユさんっていう YouTuber が好んで食べるカミキリムシの幼虫っていうごちそうがあるんですけど、見た目はまんま幼虫なんですよ。ただすこぶるうまいらしくて、あれどうなんだろう。ちょっと興味あるんだけど、自分でいざ採取したら多分ビジュアルに影響されて絶対食えないんですよね。うわーって絶対なる。さすがに幼虫をそのまま食う勇気はない。でもうまいらしいんですよ、カミキリムシの幼虫。パンダさん無理いや大丈夫、それが普通の反応だから。みんなそう普通の反応はそんな感じ。なんだこれ、銅鉱石がすっげえいっぱい生えてる。まあもう必要ないから取らないんだけどいやどうなんだろうね。昆虫食ってこの先メジャーになるのかな。僕はもうわりかしその抵抗ない人間ではあるんで、まあいざそうなっても多分適応できる自信はあるんですけど、なんだろう、これ意外とセンチネル境界マップたまるっすね。これはありがたい。センチネル境界マップはいくつあってもいい。おー、かっこいい貨物船が飛んでおる。鼻かゆ、鼻すげえかゆい。すんごいなんかムズムズもぞもぞ。しんどいな。花粉症許すまじ。1800、297。そっちにもある。これか。297。鼻がかゆいよ。苦しい。しんどいぜ。冷蔵庫から持ってきたキンキンのレッドブルいただきます。オッケー、いい音。僕のキャシャボディでは1日2本が限度だ。3本以上は命に関わる。
オーライ。アイテム回収早いなこれ。オッケー、ナイス。オッケーです。素晴らしい。素晴らしい。結構またアイテムがビチビチかな。あ、こっちに入ってるってことはもういっぱいなのでは。まだいっぱいなのないから、なんで、あ、そっか。そっちは自前で拾ったんだ。わお。アイテム枠整理して、だいぶ集まってきましたな。Y の欲しかったアイテムが、イソビームじゃなくて、インフラナイフもあればありがたいけど、普通のなんだろう、この、ペーズミー、フォトンキャノンじゃなくて、なんか、フォトンキャノンだっけか。あれがシンプル数が足んないんですよね。なので、本当はそれをいっぱいつけたかったんですけど、一旦諦めモード。なかなか手に入らないんだよな、不思議なことに。で、こっちは、あえて、宇宙船のスロットの方に整理する都合で移して、こっちも整理して、結構、売っ払いたいアイテムも溜まってきたっすね。インフラ4つあるよ。やったー、ありがとうございます。いや、助かるー。やっぱ手分けするとすんごい勢いでやっぱりアイテム集まりますね。あ、そうだ、あと俺忘れてた。さっきいただいた配線繊維ありがとうございます。大事に使わせていただきます。マインドコントロール装置もね、多分まだ開拓地で要求されるんでしょうからね。オッケー。フォトンキャノンは普通に売ってたかも。売ってるんか、あれ。あれ売ってるんか知らなかった。買った方が早いのかもしかして。佐藤さん、昆虫食自体は否定しないけど、食べてなかった地域で流行らそうとしてるから無理だと思うな。まあね、確かにそうっすよね。なんとなくあれっすよね。なんか無理やり広めようとしてる感はあるっすよね。あれはね、やり方が下手っすよ。やり方が下手。よっぽどうまい昆虫食研究して最高の一品が出来上がってからルフしたらね、挑戦する人も出たろうけど、やり方が中途半端なんですよ。国の推進とかああいうやり方はね。戦略がね、下手くそなんですよね。もっとうまくやりゃいいものを。全くもう。ね、流行るということは時間経てば廃れるってことだから、まあその方が多いっすよね。実際あれっすよね、流行から始まってそのまま生活に馴染んで定着するものって限られてますからね。本当によっぽど理にかなってたりしない限り、ただの嗜好品で終わったりとか、なんかの代用品みたいなレベルで終わってしまえれば、代用必要なくなった時点でもう、それは必要ないことですからね。難しいとこっすよ。まあでも昆虫食流行るのはあれじゃないですか。300年後ぐらいじゃないですか。よっぽど食料問題とかが、大変なことになってきたりしたら。実際どうなんすかね。動物飼育するコストと昆虫飼育するコストで考えた時にどっちがいいかって言われた時に、実際昆虫ってそれこそ爬虫類の餌とか、そういうのですでに牧場というか、そういう育成するためのね、施設というか、そういうのがあったりとか、まあ個人単位でもできるものですからね。そういう意味では生産は楽なのかもしれないですけどね。ちょっとこれ以上はやめときますか、昆虫食の話は。昆虫はね、まだ現代で食い物じゃないですからね。印象良くないっすわ。せっかく美味しいもの食ってんのに、セルフで台無しにしてる。お、サイクロトロンだ。やったぜ。いいっすね、いいっすね。アイテムが集まりますね。順調。よし、あとはこっちの回収コンテナの方に行って。いや、今日すごい鼻むずむず。ちょっと3月で一番来てるかも。まだ気温高くないんだけどな。オーライ、いいね。地上に出てると話が早い。アルカディアブレード、いいね。いいよ。タービンカウリング、これ欲しかった。かっこいいんだよね。お、ロックホッパーウィングモジュール、いいっすね。めっちゃいいアイテムいっぱい出た。グッド。お、
ちょうど向こう側にあるね。意外と周りにもあったりするかな。周りも見て。周りも見て。奥も見て。サックベノムは大丈夫。OK。どっこいしょいち。お、D さん、報告。現在こちらあまり武器が出てくれません。了解でございます。引き続き回収の方お願いいたします。ありがとうございます。やっぱ武器ってシンプル出づらいですね。こうやって見るとね。うん。鼻がムズムズがすんごい。これもう鼻の中にティッシュギチギチに詰めてやろうかな。呼吸するたびに鼻ムズがすごい。今暇ですかね。あ、割とそうですね。そろそろ一回アイテムの方の整理整頓に拠点に戻ろうかとも思っておりました。ちょうどこんな感じなんでね。 OK。 そろそろいい感じにいっぱいでございますよ。もうちょっと打ちたいか。全部打ち終わったか。 OK。 佐藤さん、明日からガンガン気温上がります。ということは、いやーやめてー。辛いっすわ。そろそろあれですね、花粉の予報もね、ニュースでガンガンやる時期っすね。いやーマジでどうしたらいいんだろうな。なんかもっともっと花粉対策のグッズとか増えてほしいですね。最近 YouTube で花粉がなんか恐ろしいから、でっかいボトル持ってホースつないで中水入れて、水を中継して空気を取り入れるっていうシステムを使ってる人がいて、ガスマスクみたいなのつけて、あれ真面目に導入したくなるんですよね。あ、あずらさん、じゃあ20分ぐらいお願いしていい？あ、了解です。ちょっと今鼻噛みますね。ごめんなさい。ちょっと鼻噛んでからご利用いたします。少々お待ちください。ちょっと今ミュートにしますね。はい。いやー、これ多分明日あたり頭痛が出そうですね。多分ここに溜まってるっすね。いやー、もうなんか絶対出てこない感じがする。お待たせしました。じゃあ、あずらさん合流ですね。ありがとうございます。じゃあ今あずらさんのいる場所に合流しますね。いや違うな。一回自分の拠点に行ってアイテム整理した方がいいか。売っ払えるもの売っ払ってこよう。なのでどうしようかな。セーブ用ビーコン、あれがエボルトコロニー。エボルトコロニーから行った方が早いなので、一回飛んで降ります。こっから地下飛び、こっちから直接そんな方が早いな。ゲートくぐんないで。ドリントレス、あれどれだっけ？ Y の拠点、あの辺か？あの辺な気がするが、どうだろうか。行ってきます。ドン。いいっすね。ワープ早いね、やっぱり。素晴らしい。いろいろ乗っけてるから、やっぱりちゃんと効果が出ている。ベリーグッドですね。ヒャホーイ。ただ旋回性能はそんなに良くない。
OK。オライ。いいっすね。この辺に着地。よっこいしょ、1ドン。到着。素晴らしい。で、一部のいらないアイテムは即座に売っ払って整理整頓して、で今抱えてる分に関してはあれか、宇宙ステーションに直接持ってって処理してしまった方が早いのか。よし、全部売っ払いたいマン。 OK。 黒ずんだ容器、へこみのある注入口、奇妙な動作装置、モジュールは売らない、大事、ジャイロスコープ、バイバイ。インフラだけでも渡しましょうか。ありがとうございます。でも最後にまとめてでも大丈夫ですよ。最後にまとめて渡してもらえればいいかなと思っております。多分今日はこの感じだと今の時間が1時50分、ほぼ2時なので、この時間であればもう今回は集めるだけにして、程よく集め終わったらコルベットいじりよりもみんなわちゃわちゃして、そうですね、そのステーションで丸々最後に受け渡しさせてもらえればいいなと思っておりますので、その形でよろしくお願いいたします。イリジウムみたいなやつは特殊鉱石だからこっちにしまいたいな。よいしょい。リエさん、ステーションに行くのでしたらパーツをお渡ししましょうか。よろしくお願いいたします。そちらの方でやり取りさせていただければと思います。助かりまする。怒られた。アイテムケース入らない。もういっぱいか。どうしよう。どう整理すればいいかな。これ売っ払うか、もしくはラドンとか。何が必要で何が必要ないかがわからん。ふむ。わかんねえな。機密シールめっちゃいっぱいあるじゃん。これ持ち歩くか。持ち歩いちゃってもいいか。これだったら。持ち歩こう。こっちしまおう。これでいいや。で、他になんかあったっけかな。ジオデサイトと、で、イリデサイト、レミミウム、ヒロックスもしまえる。アズラさん、パンダさんいますか？パンダさん、はい。いいですね、連絡取り合ってますね。いいっすよ。ノーマンズスカイでゲーム内チャット使ってる人っておるんか？あんまりイメージがない。でもやるとき、セーブリロード必要。グループからならやれるかもしれない。よろしいでしょうか？了解でございます。必要な方、皆さんグループ入っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今ならちょうどみんなグループ入ってるのかな？私使ってるよ。日本語できないけど。偉いぞ。あとはこの辺のパーツも。アイテム欄にドン。この辺にドンドン。アイテムでもだいぶ出揃ったね。すごいね。OK。リエさん、野良参加しております。了解でございます。ごゆっくり楽しんでってくださいな。ほいで、どうしようかな。今こういう感じなので、一旦整理して、あと必要なもの、何あるかな。今必要なもの。待って。モーダイトいらないやん。モーダイトは。じゃあ、国和さんもう修理終わったの？一旦、手空いたことでいいかな。ちょっと待ってください。一回、宇宙ステーションに行って、集めたパーツをしまってきます。なので、じゃあ皆さん一旦作業、区切りいいので終わりにしたいと思うので、
宇宙ステーション集合でお願いいたします。宇宙ステーション集合でお願いいたします。そちらで受け渡ししていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お給料を持ってこう、いらないって言われそうだけど、一応持ってこう2スタックぐらい押し付けたろう。OK。はいしょい。あら、アザラさん動けるできないですから集合できない。あら、悲しい。それは悲しい。どうしよう。とりあえずアイテムだけしまってきますね。もう荷物パンパンなので。これしまっちゃえば、話は早い。話は早いのでございます。シャウエッセン食べながら。肉がうまい。うん。少なくともあなたにあげたいものがあります。嬉しい。受け取りたいです。すみません。ごめんなさい。もうちょっとだけお待ちいただければ嬉しいです。申し訳ない。あれアイテム、アイテムそっちか。これでワークショップに全部放り込むと。私は大丈夫ですけれども、いや本当申し訳ない。お待たせしてしまって。Wi-Fi 貼れるできるかどうかわからないね。やっぱ Wi-Fi だからそうか。時間かかる。やめだ。今そっち合流します。今どちらいらっしゃいます？アザラさん星の方にいるっすかね。場所が見れるのか、これで。場所が見れるのか。DA さんこんにちは。やっぱ最初見たとき一瞬わかんないですね。手振っとこ。いつもありがとうございます。助かっております。よし。じゃあ、アズラさんに合流しよう。アズラさんの元にまず合流をしたい。あんまり待たせるとあれだ。宇宙船に積みっぱにしとけば後でいいからね。先にアズラさんの方に了解です。別の惑星に了解です。別の惑星どこだ？そっか、じゃあ、惑星が違うなら、あれだ。こっちから飛んでった方がいいな。アノマリーへ入って了解です。ちょっとアノマリーにお邪魔しますね。皆さん乗ります？どうぞどうぞ。じゃあこのまま僕の船でアノマリーに行きますよ。出発してよろしいかい？行きますよ。出発進行。このまま誘拐します。乗った人はアノマリーへ誘拐いたします。よし。アノマリー召喚。アノマリー入って到着するとすぐに発進。了解。よいしょ。ほらーい。ドドン。お邪魔します。レッドブルー翼を授かる。うまい。うまいですな。パンダさんの親ロブスターがすでに。そっか、こっちで、あれですね、他のプレイヤーの方連れてくると、その人のコルベットも一緒にここに転送されるんですね。これは、その仕様知らなかった。OK。アザラさん、頼みたいことがある。了解です。一旦、セーブをロードする。セーブをリロードする。ほう。セーブをリロード了解です。ということは、どうしたらいいんだ？セーブをリロード。ここで、もうセーブしてあるのかな？オートセーブのリロード、これか。
今発信して、はい。発信します。じゃあもう一回発信します。いきますよー。待って、はい。どうすればいいんだ？どうすればいいんですかね？どうすればよいのだろう。もし説明難しいようであれば、英語で文章を打ってもらえれば、一応、自動翻訳してくれるので、ちょっと説明難しそうであれば、そうしていただけると助かりますので、よろしくお願いいたします。お、今誰か飛んでった。今誰か飛んでったぞ。ラグチャって遅くなったかもしれない。何かがあったみたいですね。ちょっと重くなるかも。教会を行くもの。ほうほうほう。おおほう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 。センチネルセンスね。お番でございます。合流。よいしょ。わーい。初見の方？落ちたね。あ、落ちちゃったか。落ちてしまったか。あ、レイフさんから何かをもらったらしい。挨拶しとこう。いいね。ありがとう。ありがとうございます。すごい。FFF さんからなんかみんないろんなアイテムを投げられている。すごい。落ちてしまった。Wi-Fi 耐えきれるかどうかわからない。もう一度発信。もう一度発信。自分の船。どれだ？パンダさん、これだ。ロブスター。はい。かっこいい船が止まってるなぁ。よしと。じゃあ発進してよろしいですか？発進しますよ。次々アイテムを放り投げられてしまう。じゃあ発進します。発進。よいしょ。レッツゴー。おーい。さあどうしたらいいのかな。ウィーン。あれ、アズラさんまた途切れたかな。また切れてしまったか。一体ここからどうすれば。俺はどうすればいいんだ。ごめんね。じゃあゆっくり説明する。なんかごめんなさい。よろしくお願いします。何をどうすればいいのかよく分かってないです。お母さんやっぱあれですね、パンダさん。やっぱりビームが真ん中から出てるですね。爪からじゃなくて、本来爪から出るんだ。いいですね。親子でございます。親子宇宙船。親子っすね。アズラさん、アノマリーから他人の場所に行ける裏技がある。
へえ、そういう裏技があるんですね。惑星間移動を一瞬でやるとかそういうことですかね。親子戦ですね、これが。行ったことない星系に手っ取り早く連れて行くための方法って考えていいんですかね。そうするとアノマリーから他の他人の場所に行けるっていう裏技は、渡したいものってそういうことか。見に来ました全員集合。ほーら大きいエビさんだよ、大きいロブスターだよ。この状態であれか、一回船から降りればいいのか。ごめん、間違って打っちゃった。ごめんなさい。今ログインしたら目的地に着きます。アノマリーに乗り込んで着地したらすぐに起動してください。私の場所に移動するためのプロンプトが表示され、私の名前をクリックすると私のいる場所にワープされます。了解です。じゃあまずは合流するとこからってことですね。了解。では乗り込みます。よし、じゃあ乗り込みますよ。アズラさんのもとへ今いざログイン。レッツゴー。翼を授かります。しまった、さっき写真撮ればよかった。うちの Wi-Fi 少し悪いのでごめんね。いやいや、全然大丈夫ですよ。あ、やばい。アノマリーが完全にオンラインになってる。みんなおる。見ず知らずの方がたくさんおる。ここわお、めっちゃオンライン。オーマイガー。でこの状態で着陸したら一回セーブをリロードする。このオートセーブのリロードってこと？一回モード選択に戻ってもう一回今からすぐに発進。船に乗って外へ出る。もう出るだけでいいんですね。もうこれでいいんですね。今出る。はい、今出る。了解。待って、まだだよ。あ、まだ了解。まだ了解。じゃあこのまま待ってればいいですね。出ていいタイミングで声かけてもらったらそのタイミングで出発します。このセーブをリロードはアスラさんの方でセーブをリロードすればいいんですかね。それとも僕の方でセーブしてリロードするのか。あ、発信してね。了解。じゃあ今行きます。なるほど。お、変わった。すごい。こうなるんだ。面白い。これやるとワープが必要です。でこれでアズラさんの聖域に飛ぶと。おー、すごい。いったいった。こういう感じになるんだ。これおもろいっすね。こういう仕様があるんだ。飛べ、俺のロブスター号。お邪魔します。ライレクコエスト星系到着。こうなるのか。アズラさん着きましたよ。ありがとうございます。じゃあ着いたので宇宙ステーションにとりあえず今からゆっくり説明。了解です。お願いいたします。宇宙ステーション入っても大丈夫です。私のところ来て、そして中身の
マルチ通路を見てね。了解です。じゃあまず合流ですね。グリ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 っと。そこかな？そっち？あれ今、映ってたのに消えたな。あれか？パンダさんもうついてます？よいしょ。一回そっちに飛ぶかな。ファイヤー！飛ぶぜ。飛ぶ飛ぶ。その時になんなら俺目指して了解です。パンダさんめがけて。あ、二人ともいらっしゃるですね。軍団。あ、親が止まってる。この辺に止めよう。あえて。もうちょい低いところに止めればよかったか。OK。降りれるかな？なんか、あれ？アイコンが出ない。あれ？あれなんだ？アイコンが出ない。ちょっと待って。バグった。降りるための、あ、来た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 。OK。こんにちは。こんにちは。ここっすね。大変お待たせいたしました。ありがとうございます。やっと到着いたしましたよ。なんだこれ。自動アップロードを無効にしますか？なんだこれ。今はしない。よくわかんないから今はしない。中にあるマルチツール見てみてね。了解です。どれどれ。どりどり。お！ボルテージトランスレーターいいっすね。かっこよいやつや。S クラスだー！強いー！かっこいい。これ買ってないですね。お、すごい。わ、すげえ。ちょっとスーパーチャージャースロット1個2個3個いい感じについてる。強っ。あら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 。めちゃめちゃいいじゃないですか。これは非常に強いのでは。プラズマランチャー付き。すごーい。早速買わせていただきます。買っていいですかこれ。買ってないでね。あ、買わない方がいいのか。了解です。今は買わずに一旦残しておく。自分の船戻って了解。自分の船、自分の船。鼻がかゆい。買ってないで。買ってってことっすか？買っていいのかな？買っていいのであれば買っちゃいますよ。自分の船で戻って。どっちどっちまあいいや。とりあえず一回船戻るっす。一回船戻る。一回船戻ります。あれなのかな、ここの成形。よいしょ。行くのであれば、この惑星のイエダ 76V11 イエダ76了解。ではイエダ76を目指します。よいしょ。 OK。 戻ってきました。
この惑星、イエダ 76V1、一旦そこ消えて、で、到着してセーブリロード。リロード後はもう一度ここに戻ると、そうするとマルチツール変わる。一旦出て、で、セーブリロードする。そうするとグループから離れる。了解です。そうすると、この状態で一回、パイロットシート離れて、ポイントセーブしました。で、このセーブした状態でリロードをすると。そうすると、あれですかね、モード選択で一回戻ってもう一回ゲーム入り直せばいいですかね。じゃあ一回戻りますよ。一回ばらけますよ。一回離れます。はい。で、もう一回入って、わあ、クロスセーブが長い。やばい、クロスセーブこういうことか。これは失敗だったかもしれない。クロスセーブは今、一旦キャンセルにしてしまった方が話早かったかもしれない。ちょっとミス。待って。あれなんか間違ったか。リロードっていうのはこういうことかと。こういうことじゃなかったか。もしかしたら間違ったか。今俺、家田におりますよってに。ちょっと待って、今言ってることがね、わからない。ちょっと待って。そういうこと？結局そのリロードって何のことを指してるの？やっぱりそこがね、自分分かってない。国数分かってないですね。リロードっていうのはセーブ版のリロードのことじゃなくて、その地形の再読み込みのことを言ってるのかな。とすると、離れてもう一回同じ星に降り立ち直してみたいな。再読み込みすればいいって話だったのかな。いやー、間違ったかも。てかさっきの場所もう分からなくなってしまった。どうしよう。どうしようかな。今、パンダさんがいるところに直接合流すればいいですね、そうすると。今、パンダさんがいるところに参加します。お邪魔いたします。これですね。この状態でこれ押せばいいのかな？これは今どうなってるんだ？クロスセーブの同期中。あら、サーバーが切断されました。モード選択で、了解です。それ戻しなくて今から向かいます。迎えてるかな？いや、アズラさん、ちょっと読んでから、マルチツールは買わずにまずチェックしてください。そういうことか。まずそこでセーブして、ちゃんといつでも生きれるようにしなきゃいけなかったんだ。と、赤でない場合。そうか、色か。飛び上がって飛行機に手を伸ばす。船から降りて、最後のセーブポイントをリロード。なるほど。そこで、セーブしていつでも出れる状態にして、で、リセマラしたら好きな色のやつが手に入りますよってことですね。なるほど、了解です。やっと理解。
グループには入ってますね。了解。なんか、単純にクロスセーブが邪魔してるのがうまく進まないですね。入るかな。なるほど。それで好きな色をゲットできる。これ、色はリセマラできるんですね。赤くない場合は惑星の飛行と到達。星離れてもう一回星に着地するの繰り返しですね。やばい。参加できないぞ。これは困った。サーバーがね、切断されちゃう。ちょっと待ってね。もう一回行きます。参加いたします。これでいけたか。どうだ。これでどうなんだい。リエさん、あわわ。あわわ。来た来た。お待たせしました。申し訳ない。こっちか。そこですね。了解です。お邪魔します。改めて。到着。お手数おかけしました。お二方とも申し訳ない。本当申し訳ないです。それはたまたまに正しいマルチツール保持してないから、そうするとちゃんといいマルチツールゲットできるはず。ありがとうございます。これで好きなカラーガチャができるわけですね。素晴らしい。やば、パイロットシート。失礼しました。くしゃみしちゃった。よいしょ。いえいえ、こっちこそラグっちゃってごめんね。いや、こちらこそ申し訳ないです。ちゃんと、自分が理解できなくて。申し訳ない。到着。ありがとうございます。一応ここセーブしとこうか。OK。素晴らしい。OK。本当申し訳ない。ありがとうございます。お邪魔します。さあ次はどうでしょう。今モスグリーンですね。モスグリーン S クラス。今の状態だと色はさっきと一緒ですね。じゃあ次は色が違うので違う星に1回行ってもう1回再読み込みすればいいよと。そうだ、場所分かるようにビーコン置いとかないといけない。ここじゃなくてちょっと離れたところにビーコンレブ用ビーコン OK。これでいいですね。バッチリ。じゃあ一旦船に戻って、はい、了解です。赤じゃないですね。緑ですね。船戻って、イエダ76の方に飛びます。改めていろんな講座あるんですね。そうですね。そっか、イエダの方に関しては、こっちのディスカバリーから行けばいいですね。ディスカバリーのこいつで、イエダ。隣の星ですね。一番近い。隣の星ロックして、そっちに飛べばよいと。了解です。星から星に移動すれば、あれですね。データの再読み込みが入って色とかが変わるんですね。物変わらず色だけ変わるっていうのはやっぱり面白い仕様ですね。やっぱゲームの仕様を使った面白い技ですね。いや、これ本当ためになる。アズラさんありがとうございます。改めてノーマンズスカイ面白いですね。じゃあそちらに飛びます。よいしょ。円柱の惑星でございます。飛びます。
ギューンと飛んで、はい、到着。地上まで行った方がいいのかな。惑星に入ったらもうこれで OK？ 迷ったらとりあえず一回地上まで行っちゃおう。さあいい感じかな。どうだろうな。オーライオーライオーライ、よいしょ。 OK、 着地、よいしょ。 OK で、これでセーブ OK ですね。じゃあ今セーブしたので、ここへ到着してセーブをロード。セーブをロードする。セーブをロードする。そこが分かんないですよね。このセーブをリロードするっていうのが何を指してるのかよく分かんないですよね。船を出ればいいですかね、とりあえず。船出て、これで到着しましたよと。ふむふむ。セーブをリロード。このセーブをリロードっていうと、ゲームを一回出ればいいのかな。それともオプションのオートセーブのリロードっていう項目があるから、これのこと？復元ポイントを再読み込みってどういうこと？ああ、メインメニューに戻る機能。ああ、これですね。モード選択に戻る。なるほど、これですね。これでメインメニューに戻ってもう一回合流すればいいわけですね。メインメニュー戻る機能。じゃあ、モード選択戻ります。項目あるでしょ？ごめんなさい、上のよう、これ、オートセーブのリロードでいいんですよね、そうすると。じゃあ、オートセーブリロードしますね。本当にこれでいいのか？ 29分、これだな。じゃあ、リロードしますよ。2段目？これか。復元ポイント。これか。復元ポイントを再読み込み。じゃあ、初めて使う。再読み込みします。これを押すとどうなるんだ？マルチプレイヤーセッション中にセーブリロードすると現在のグループから。これはいいです。じゃあ、戻ります。はい。で、この状態でもう一回合流すればいいのかな？もう一回合流して、こうして、合流できるかな？一発で読み込めておくれ。OK。初めて見るアーカイブの決定を検知、生還座標を取得。なんか初めて見る表示がいっぱい出てくる。これで合ってんのかな？それって言ってもらってるから多分これで合ってるのだと思う。あら、琥珀さんいらっしゃいませ。こんばんは。ようこそでございます。ベノスノーチェセニョールクニカーズグラシアス。グラシアース、琥珀さんようこそいらっしゃいました。今は新しいテクニックを教わってる最中でございます。結構複雑な工程を踏んでるので頑張って教えてもらってます。ありがとうございます。丁寧に説明してもらいながら、本当申し訳ない。1回でなかなか理解できなくて。少し戻って、これで乗りました。琥珀さん、しばしこんばんは。こんばんはでございます。リエさん、頑張れ。ありがとう。ありがとうございます。今戻ったので、これで、さっきの場所に多分行っていいんですよね。さっきの場所に行って、よし。リエさん、そして裏でトロのためにコルベットパーツを集めております。ごめんなさい。申し訳ない。ありがとうございます。
引き続き集めてもらってて、もういいよっていうのを忘れてた。ずっと申し訳ない、自分別のことやってるのに。本当ありがとうございます。パンダさん、いやいやマルチだからこうなってるだけでソロならこうはならない。あ、結構難しいんだな。もしまだ赤いならまたメインセーブで戻ってね。なるほど、了解です。好きな色が出るまでこれを繰り返すってことですね。ほほー。琥珀さん、国木は頑張れー。キワクニカスキワクニカス、宇宙の真っ赤な一等星キワクニカズキワクニカズ30代半ば恥ずかしい。年齢言うと急に恥ずかしくなるギミック。リエさん楽しんでるので大丈夫です。本当申し訳ない。ありがとうございます。仕事ばっかりさせて申し訳ないですね。オーライ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 。オーケー。あ、降りられなかった。場所が悪い。場所が悪くて降りられない。ちょっと待ってくださいね。困ったら着地した方が早い。あ、横につけよ。この辺にしよ。多分この辺が間違いない場所なのだと思う。やったぜい。よいしゃ。お待たせいたしました。ではリセマラ、待って、全然違うのになってる。幾何学的エルブルグバランサー、全く違う武器になりましたできった。わ、すげえ。でも S クラスだ。わ、すげえすげえすげえ。かっこいいな、赤いやつ。お、しかもちゃんともう4つ空いてる。これ強いのでは。赤だー。素晴らしい。なんかさっきと全然違う字になってしまったけど、じゃあこれは購入させていただきます。ありがとうございます。スロットもいい感じ。これ強いですね。よかったー。ありがとうございます。嬉しい。いいっすね。じゃあこれは購入してコレクションに追加しちゃいますね。購入。ありがとうございます。あずらさん、本当ありがとうございます。おニューの武器ゲット。これ出しっぱにするときどうするんだっけ。なんかのボタンでなんか出しっぱにできた気がしたけど、こうか。あれ、すぐ閉まっちゃう。なんで。これあげたいものです。ありがとうございます。昨日はね、友達さんはこのマルチツールの場所を教えてた。ああ、いいっすね。これ多分みんな喜ぶっすね、そうすると。いや、よかった。ありがとうございます。嬉しい。嬉しさを表現。あずらさん、ありがとう。ありがとう。大感謝。ちょっと待って。正面見て。あずらさん、ありがとうございます。リエさん、パチ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 。本当にありがとうございます。パンダさんもいっぱい手伝ってもらってありがとうございますだいぶお手を煩わしてしまい申し訳ございませんでした。ありがとうございます。嬉しい。だからお好きな色は何ですかっていう話ですね。ありがとうございます。赤い新しいやつを、赤い新しいやつ頂戴いたしました。ありがとうございます。よいしょー。ありがとう。赤いマルチツール。防音室で嬉しさのソーラン節間ソーラン節は踊ってないかも。情熱の赤。やったー。情熱の赤だぜ。ふう、いいっすね。真っ赤素晴らしい。これで自分の意志を赤くするのもありになってきたっすね。素晴らしい。
アザラさんありがとうございました。パンダさんもありがとうございます。嬉しい。よしと、さて、やっぱ赤はいいですな。赤は素晴らしい。じゃあここからどうしましょうか。だってこれで素敵なマルチツールもゲットしたので痛い。危ない。毒素でやられるとこだった。危ない危ない、死んじゃうとこだったロブスターにも合いますね。ほんとそう。宇宙船が真っ赤だからね。宇宙船が赤いから非常によく似合う。嬉しい。さてと、素敵な銃もいただいたことですし、ここからどうしようかな。そうか、ディエさんが今あれですね、ずっといろいろ集めてくれてるんですね。建物の中に避難しないと危ない。よし、それではここはセーブポイントを設置したので、あれ名前付けられるんだっけか。セーブポイントになんか名前を付けられた気がする。よいしょい、よこいしょい、ドン。これ名前付けられないか。名前は無理か。なんか忘れたな。いいか。後でここの成形のターミナルに、よいしょ、ターミナルに一回行って、いろいろあるな。いや、じゃあどうしよう。テスト戻った。あ、動かないと思ったら今通信切れてたんですね。大丈夫ですか。あ、戻ってきた。よかったよかった。お帰りなさい。アスラさんお帰りなさい。よかったよかった。戻ってこれて。杖かっこいいな。いや、自分もストーリー進めていずれ杖作れるようにならないと。ここはね、もう2で拾ったからもう現れないよ。ああ、本当ですか。了解です。あ、ここもう出ないんだ。了解。よいしょ。そうするとここのセーブポイント消してね。了解です。もうここのセーブは使わないですね。飛びすぎた。さらばだ。オッケー。じゃあもうこれはバラしちゃおう。解体。オッケー。素晴らしい。うわー、局所的な。あれ、なんかパンダさんからあ、写真、あ、親子ロブスターの写真いただきました。ありがとうございます親子っすね。後でなんか綺麗に横に並べて、後で綺麗に横に並べましょうそしたら面白いかも。うわー、でっかい船だ。グレート。アザラさんのでっかいコルベットが飛んでいる。いいっすね。かっこいいっすね。やっぱり整っている。いいっすね。じゃあ早速カメラを飛ばしてみようかしら。あ、ちょっと上乗っても大丈夫ですか。ちょっと上に失礼しますね。お邪魔します。落ちる落ちる。おお、あー、コックピットそこですね。下から見てもかっこいい。素晴らしい。じゃあカメラを飛ばして、オッケー。うわ、なんかよくわかんない生物が空を飛んでいる。いいよ、ごゆっくり。ありがとうございます。おお、いいっすね。あ、このコックピット馴染むな。すごい馴染むっすね。あ、すごいバランスいい。そうですね、戦闘機っぽいですね。いいですね。うわ、バランスがめっちゃいい。うわ、いい感じ。このパーツはなんだ。これ窓ガラスか。こういうカラーリングになるんだ。色がまた合ってるな。そのまま発進してジャッキー乗りですか。振り落とされる
下から見てもかっこいいって書いてあるから下からも見たいな。その前に、この武器の配置がおしゃれですよね。すごい。ちょっと離れてみたときになんかすごい絶妙なバランス感覚で搭載されてるのかっこいい。やっぱグリッチで綺麗に重ねてるの上手だな。かっこいいなー。ねえ、めっちゃいいですね。やっぱそれとにかく全体のバランスがいいですね。すごいかっこいい。背中のこの部品はもともとか。もと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 か。もと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 か。そう。さりげなく置かれてる武器が渋い。そうなんですよ。すごいリアリティがあって、それがまたかっこいいんですよね。カメラの高さを、じゃあ下ろします。いや、後ろ姿も。いいっすね。あ、内装もかなり凝っているのでは？いやー、いいっすね。皆さんご覧ください。こちらの、アズラさんのコルベットでございます。いや、マジでバランスいいな。こう。いいっすね。この腹のところの造形がいいっすね。あと、ジェットエンジンがすごい収まりいいんですよね。そう、でっかいブースター。このブースター自体の収まりもすごくいいんですよ。ブースターの外側のこの凹凸のデザインがそのまんま生きてるんで、これはバランスが良い。ほー。かっこいい、これ。待って、これハッチか。これハッチ横付けしてる？もしかして。いや、元からこういうデザインのパーツなのか。どうなんだ？すごい。うまーく被してる。多分違うパーツグリッチで被してるんだと思うけど、めちゃめちゃ馴染んでるですね。このコルベットブースター4つ ?4 つブースター4つ ?3 つじゃなくて ?3 個じゃなくて4個あるの？マジ？少しグリッチ使ってる。エアダスターだったのか、パーツ。エアダスターか。エアダスターなんですね。さっきの。いい感じのパーツ。ブースター4つ？どこだどこだ？ここの背中に埋まってるとかそういうことかな？すご。後ろの上のブースター。はい。そうっすよね。右と左と上で。これ2つだ。これ2つ被してるんだ。でかいブースターと、エーロンのブースターで、これ2つ被ってる。うま、上手。めっちゃセンスいい。これセンスいい。いや、気づかなかった。パッと見もともとこういうデザインなのかと思う。アズラさん上手。すごい。こういう方法もあるんだ。天才か。マジでそう。めっちゃ天才。背中にある翼。はい。はい。これ？このちょっと開いてるやつ？これのことかい？それはホールドラックにくっつけた。これのこと？これもともと一体のパーツじゃないの？すごい違和感なさすぎて、これもともと一個のパーツに見えるけど、これ後付け？これこっち？これか。ホールドラックにくっつけた。これもっとでかいやつか。これもともとこの大きさじゃないんだ。これもっとでかいやつだ。埋まってるんだ、これ。違和感全然ない。言われなきゃわかんない。接続うま。違和感全くない。みんなこれわかる？すごい。
言われてみればこれ確かにそうだ。これも確かエーロンの翼でしたっけか。うまっ。全く違和感ない。すごい、うますぎてわかんないってすごいな。すごっ。そう、全然気づかなかった。自然すぎて。これすごいな。皆さん、改めましてスクショタイムです。さあみんな写真を撮るんだ。アップでどうぞ。こちらアゼラさんのコルベットでございます。これいいっすね。めちゃめちゃかっこいい。上から見るとまたいい感じなんですね。カメラ上げちゃおうかな。カメラ上に上げちゃおうかな。いいっすね。かっこいい。デザインめっちゃ整ってるもんだって。すごいな。さあ皆さん、スクショタイム。美しいっすね。いや、マジで美しい。パシャリ。色がいい。いや、ほんとそう。これすごいな。カラーリングがそっか、あえてツートンに分けてあるんですね。ボディとか居住区が白っぽくて、エンジンとかの、なんだろう、実用的パーツに関しては黒っぽく、あえて色を分けてることによって、いいっすね。かっこいい、これ。色分けが素敵すぎる。ほんとそう。パシャ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 。国和氏の足元で上向きに寝転がる。パシャパシャパシャ。ローアングラー。それはローアングラー。また別の写真なのかもしれない。撮ってるものがコルベットちゃう。それ国和の股間や。それ国和の股間や。色分けが素敵すぎる。これかっこいい、マジで。うん。なんとなくその赤いマルチツールをゲットできてるって嬉しい。いや、こちらこそ本当ありがとうございます。これ持たせてもらえるから本当嬉しいです。ね、ラグ来る前にね、よかった。本当によかったっすよ。せっかくだから下からも撮っちゃおうかな。カメラマン国和下からも撮っちゃいますよ。ぐい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 と。センスの塊、ほんとそう。これぞ上級者って感じ。下から行くと全体を収めるのは厳しいか。了解。後ろから見よっかな。いやー、かっこいいなー。やっぱコルベット作りはこだわりたいっすね。こだわりたい。いやー、かっこよ。みんなも参考にしてみてね。この動画を見てるみんなもコルベット作りの参考にしてみてね。やっぱグリッチあると変わるなー。いやー、かっこいいねー。美しい、シュッとしてる。実にシュッとしてるよ。この辺の配管は元から、この配管元からだけど、これもグリッチで埋め込んでるのか。ははー。埋め込んで設置もできるのか。これもともとこのパーツか。どのアングルから見てもいい。そう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 。そこでこのコルベットの SS もアップロードしたので、そこでいいとこを見せる。了解です。一回じゃあこれかな。いいっすね。これライトつかあれか。銃についてる明かりの部分。これもかっこいい。いいっすね。なんだ、変な動き。みんな助けて。国和回転が止まらない。何が起こってるの。国和バグりました。今操作してません。
ベイブレードクラッシュギアゴーファイトクラッシュギアファイト千の風を越えてだけ歌詞忘れちゃった。これ治るんか。ジャンプ治った。よし治ったレッドリーキャノンデザインいいです。ああまた回り始めた。なにでも正面は見えてる。不思議な状態。お邪魔しまーす。どうも回転国和です。あずらさんこんにちは。回転する配信者国和です。どうぞよろしくお願いいたしますこれでポーズ取ったらどうなるんだ。イエーイグッドだぜこれどうやったら治りますかね。ベイブレード人ん家にお邪魔して高速回転してるこれ治るんか。ちょっと回るよ。どうしよう。ちょっとこのまま内装見させてもらってもいいですか。せっかくなので。あずらさんさえよろしければちょっとこのままちょっと内装見させてくださいな。ちょっとなんだろう、僕のこの回転が少し目障りかもしれないけれども多分大丈夫と信じて。小悪さん GO SHOOT 大丈夫。気にならないやっぱいいっすね。デザインがすごくいい。あ、ここ前回見せてもらいましたっけ一回。それ治りません。これ治らないんだ。悲しい。Go ahead! Shoot! ありがとうございます。見させていただきます。いい感じだな。この内装の素晴らしさ、国和が回転しなければもっと伝わるのに。あ、窓ガラスこういう風になってるんだ。あ、窓ガラスが透けてない。なんかこういう仕様もできるんだ。こっち側もだ。これも面白い。ほう。いいっすね。この水槽とかがそのまま水槽とかこの辺が光源になるのもまたいいっすね。おしゃれ。これも今度真似しよう。めちゃめちゃ素敵ですね。ありがとうございます。あざさありがとうございます。今バック走少し歩いたらマイケル・ジャクソン。そう回転して歩こうと思うと、待って、右回りで歩くとマイケル・ジャクソンになって、左回りで歩くと余計に高速回転になる殿の回転が気になる。ワイも気になる。何これ歩いたら少しマイケル・ジャクソン見てくるのやめてやめてほしいなんか自分も思ってたのと違う。これはひどい。いや、なんか楽になってきた。あずらさんありがとうございました。ちょっとバグが怖いので一回船降りますね。飛ぶともっと高速回転する。何これあずらさん見てロケット絵面シュールすぎる。着地モーションめっちゃおもろい。何これ
スムースクリミナルやめろ。ロケットマン、まさにロケットマン。あ、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない。アンモニアチャージしないと。ヘーフ。悔しい。でも笑っちゃう。ダメだ、つぼった。面白い。いやー、面白い。面白かった。ありがとうございました、マジで。一回、あれですね。いっぱいバグったんで、一回戻りますか。一回戻りましょう。一回戻ろう。見て見て、ロケット。もう一発芸。だってもうこれ、だって笑うしかないでしょ。どうしろと。ちょっと待って。みんな見てほしい。見たことない動きしてる。ヤッホー、ベイブレードだぜ。じゃあ宇宙ステーション行きますか。了解です。行きましょう。宇宙ステーションに移動しましょう。ずっと回転してても仕方ないですからね。さあみんな宇宙ステーション戻るよ。僕の画面だと僕ずっと回転してるんですけど、これなんも大丈夫かな。やっぱ一回ログインし直さないとダメか。じゃあ Y の船戻りますか。 Y の画面見てほしい。ブースターで横移動すると腕広げて高速回転する。おもろ。ちなみに Twitter フォローしました。ありがとうございます。暇あったらチェックしてね。了解です。見させていただきます。ありがとうございます。嬉しい。交流の輪が広がりますね。これちなみにコルベットに着席したらどうなる？階段登りづら。止まった。コルベットはいいですね。よかった。よーし、じゃあ戻りますか。レッツゴー。治った。どうしよう、せっかくだから宇宙ステーション寄ってこ。そう。僕もそれ思ってさ、コルベット乗った瞬間、コルベットまで高速回転始めたらどうしようと思って。よかったです。試してみたら回らなくてよかった。いやー、オッケー。到着。オッケー。着地。じゃあここのワープゲートから戻りますか。治ってないが。マジで治らん。てれてっててれてってれてれっててっててれてってっててれれれっててれれっててれれっててれてれれれれっててれれっててれれってって戻りまーす。どっこいしょいち。止まった。これ止まったのでは。またリロードして。そうですね。いやでも分かんないですよ。これワープしたらもしかしたら治っているのでは。いけるかもしれない。ワンチャンスあれ。さっき治らないってもう言われたけど、ワンチャンスあれ。長いリロードを挟んで実家に帰ることで、そしてカメラをあにゃうよ、 OK？ 治った治りました。ありがとうございます。治るんだこれ。どうやら整形をまたぐと治る可能性が。よかった、治って。マジで一時はどうなることかと思った。皆さん拍手。治りました。マイケル・ジャクソン卒業でございますね。マイケル・ジャクソンのモノマネずっとしてたらそのうち足首骨折するんでね、これでよかったっす。 OK 解決。おお、治るんだ。治るみたいです。今あれか、今整形またいだから治ったのかな。いやーおもろ。
やー、とりあえず一旦解決で。よかった。いやー、おもろかった。よし。じゃあ活動再開しますか。おもろ。よし、オッケー。じゃあ、そっか、アイテム下ろすの忘れてた。よいしょ。痛い。じゃあ、すみません、ちょっと、ごめんなさい。さっきまた、作業中途半端にしてたので、もう一回行って、治りました。治ってよかった、本当に。一時はどうなることかと。いやー、マイクでやってて、足首骨折も話として意味わからなくて笑う。いやだってあんなにね、足を軸にしてベイブレード高速回転してたら足首に一つや二つ折れるでしょ。あんなに高速回転してたらねえ、折れちゃうって。折れちゃう。いや、くるくる国和さんわざわざ見に来たのに残念。アーカイブの方でね、たっぷりご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。いやー、おもろかった。非常におもろかった。いやー、腹抱えて笑った。いや、これだからノーマンズスカイやめらんないですね。ノーマンズスカイやめらんない。こういうのがあるから。腹痛い。笑いすぎると具合悪い。いや、おもろ。いや、取れ高。変な汗かいた。足首の一つは分かるとしても、二つは両方いってる。犬。いや、あんだけ回ったらダブル足首骨折あるんすよ。遠心力もかかりますからね。人間が絶対しない速度で回ってたんで。いや。日本人だと羽生結弦とかその辺の人種以外がやっちゃいけない速度で回転してたんで。よかった。足首折れなくて本当に。いや。面白。でもこういうね、経験を経て、アノマリーはね、だんだん強くなっていくんで対策を覚えたりとかしてね。いやでもよかったですね。配信中に起こったからみんなはもう、同じバグが起こっても違う聖域に飛べば大丈夫ってことが分かりましたね。僕も含めてみんな一つ新しい学びを得たというね。素晴らしいことっすね。うん。まあ少し SS 取れた。それを見たらホールドラックという言葉わかるはず。これも新しい学びですね。学び。レトナガさん、おかえりなさい。編集作業してた。ちょっと戻してみたらめっちゃ回ってた。めっちゃ回っておりました。大回転。国和大回転。花びらじゃないですよ。国和大回転しておりました。ありがとうございます。お、アイテム渡していただいた。ありがとうございます。いやー、ありがたい。いやー、佐藤さん本当にありがとうございます。佐藤さんからまたアイテムをいただきました。ありがとうございます。じゃあこれはバンバン保存させていただきますね。ありがとうございます。お、瀬戸級リアクターだ。嬉しい。リアクターは何個あってもいい。素晴らしい。ある程度整頓されたらパーツを送りますね。ありがとうございます。助かります。いや、パーツもだいぶ集まりましたね。いや、本当ありがたいですね。160スロットに対して今スロット数は埋まりそうな感じですね。いやー、よかった。嬉しい。いやー、すいません。ありがとうございます。あとは自分の船の荷物とかも少し整理した方がいいか。でも今全部下ろしたか。OK。素晴らしい。しまった。一旦、あれだ。一旦こっちに戻して。これで。いやー、すごい嬉しい。これもあんまり持ってなかったパーツかも。持ってたかな。いやー、ありがたい。鼻がぐずぐずだ。
鼻がぐずぐず。花粉の大ダメージ。うん。あ、ちょっと早かった。早かったですか？よいしょ。DA さんからもいただきました。ありがとうございます。いやー、ありがたいです。すごいアイテム増えたっすね。ありがたい、本当に。送ってきますね。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。サンダーバードヘビーブースター、これかっこいいですよね。と、こっちのアルカディアのヘビーブースターの合わせ技だったわけですね、さっきのは。いや、マジですごいな。発想無限大だな。あ、これだ。このプロペラモジュールが確か、グリッチによく使われるんですよね。ここで連打してるといいのでは。ここで連打すると多分一番早い可能性がある。早い方法見つけちゃった。次送らせていただきます。あ、うちのコルベットのサイドブースター、そうですね、さっきのパーツ、さっきのアズラさんのコルベットについてたやつですね。やっぱ接続めちゃめちゃ上手でしたね。違和感なかったっすもん。さすが。やっぱ僕もああいうグリッチできるようになりたいですね。ちょっと小腹満たしのシャウエッセンをまたつまましていただきます。うん。部屋があったかいからシャウエッセンがちょっとあったかくなってる。うん。うまい。うん。サンダーバード系ですよ。いいっすよね、サンダーバード系。なんかでかいんですかね、基本的に。うん。背中の上のやつは別タイプ。やっぱり本当にうまくかぶしてますもんね。やっぱ言われなかったらもともとそういうパーツなのかと思うんですもん。やっぱグリッチを極めていくとああいうのができるようになるんですね。極めたいなグリッチ。うん。やっぱ配信中におやつがあるとお腹空かなくてすごくいいな。お腹空くと頭の中がお腹空いたってなっちゃってちょっとぼーっとしちゃうから。うん。うまかった。自分はただコルベットを作る多すぎるだったかも。ごめんね。いや、謝ること何もないですよ。ありがとうございます。面白いコルベット見せてもらってすごい勉強になりました。見せてもらったら国和はいろんな見せてもらったものの真似をする人間なので、はい。めちゃめちゃ参考にさせてもらいます。いっぱい勉強させてもらいました。ありがとうございます。リエさん、あとはおまけを。いいよ、またなんかリッチなものが、リッチなものが放り込まれていく。ありがとうございます。本当に。いつもすいません。何でもかんでも本当にもういっぱいもらっちゃって、本当に申し訳ない。ありがとうございます。トノップ。今日もトノップしてもらって嬉しい。アズラさん、でもね、国川さんも自分の素敵なコルベットを作るできるよ。いやー、頑張るっす。この間作ったロブスターもいい感じなのでね。なんかまたロブスターとはまた違った新しいのも作っていきたいですね。中さん、私の頭の中は今ドーパミンドバドバ。いいっすね。今めちゃめちゃスイッチが入ってる状態ですね。コルベットパーツありがとうございます。嬉しい。パンダさんありがとうございます。嬉しい。ではこちらの方もパンダさんから預かった分も保管してまいります。いくぜ。しまう。よいしょ。ありがとうございます。潤沢になりました。おかげさまであれですね。またすごい自分の好きなデザインのコルベットまた一から作れそうです。ありがとうございます。いやすごっ。パーツが13個、これが11個、それが6個あって、これ9個あるから、これでまた新しいの1個作れるな。リエさん、楽しみます。ありがとうございます。もう楽しみが増えてもうたまんないですね。
すんごいパーツ増えたっすね。本当にありがたいです。これだけパーツがあればもうめちゃめちゃでかいのも作れるのでは。居住区がめちゃめちゃ増えたのがやっぱり一番でかいですね。うん。あずらさんじゃあ次の配信コルベットパーツ集め手伝ってね。あ、はい、頑張ります。こき使ってください。よろしくお願いいたします。お手伝いさせていただきますいっぱい集めてもらったっすからね。僕にできることあれば声かけてください。一生懸命お手伝いいたします。あれちょっと待って、お金になるものまでもらって。あらあらあらら、ありがとうございます。パンダさんからお金になるパーツもいっぱいいただきました。ありがとうございます。いつもすいません。これも大事に資金にさせていただきますので、ありがとうございます。よいしょ。おいしい。あずらさん、私も色時間かけて申し訳ないね。いやいや、そんなことないっすよ。本当ありがとうございます。逆に僕のために本当いろいろ時間かけていろいろやってもらって本当にありがとうございます。いや、おかげさまで本当に助かります。パンダさんもありがとうございます。ありがとうのポーズ、ありがとうのポーズ、ありがとう、ありがとう連打。皆さん本当にありがとうございます。いつも助けてもらってばっかりやで。その一人じゃ何もできないからその一人じゃ何もできないから。リエさん、アザラさん素敵なコルベットありがとうございます。いや、もう本当に素敵でしたね。やっぱりみんなのやっぱそういうのは本当にみんな参考になるな。アザラさん嬉しいな。いやー本当に、いやもうこちらこそ嬉しいですよ。佐藤さん、エビ焼いてます。エビ焼かれてるエビ焼かれてるかもしれない。エビジュージューいってるすでに火通ってるのにエビジュー、エビジュー。お、アズラさんから声かかってます。あ、そう、ディエさん、ここ少し見てね。声かかってますよいや、嬉しい。なんか本当にアイテムいろいろ回って。うわー、嬉しい。フリーゲートモジュールだ。ありがとうございます。ほんと嬉しい。あ、そしてこれは何すか？あれ発射エンジンモジュール。マジっすか？これ宇宙船のやつですか？これ使っていいんですか？ありがとうございます。あ、嬉しい。これって、おー、すごい。めっちゃいいやつ。着いた。ありがとうございます。これもちょっと整理しようかな。ここをこう、ここをこうの、ここをこう。こう、こう。こう、こう、こう、こう。で、こう。よし。これで良いのではないでしょうか。オッケー。オッケー。後ろ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 。焼かれている。直焼きをされている。ジュー。焼かれるよ。助けて。エビ焼いてます。うちの可愛いエビが。やめて、うちの可愛いエビをいじめないで。うちのロブちゃんいじめないで。優しくしてあげて。こんな感じですよ。なんかありました？こんな感じ？後ろチラチラ。どれのことファイヤー。よいしょ。
どっこいしょ1。ウィ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 。どこの話？エビをいじめるんで。ほんとそう。アズラさん、アズラさんの方了解です。じゃあそっち行きますね。ドリドリ。ギューンダン。どこだ？あれそっち？あ、みんなそっちに飛んでるや。みんなそっちに飛んでるやい。よこいしょ。はーい。あれ、アズラさんどこだ？あ、そっちか。これだこれだ。はい。ほい。お待たせしました。お待たせいたしました。後ろ？ほい。指さしてる方向。もしかして今ラグで映ってない？もしかしたら今映ってないかも。映ってないかも。あららー。そういう方法で使って組み合わせしたよ。もしかして今ここにコルベットがいる？みんなちょっと僕の画面を確認してほしい。もしかして今ここにコルベットがいるのかい？乗ってる、いるんだ。佐藤さんが乗っとる。いた！来た！出た！おー！これがさっき話してた別パターンのやつ。上の方に乗っかってる。おお。今シップロードしたっすね。見えます見えます。今見えてますよ。しゅげー。よし、ではキャメラモード上昇。お、グリーンいいカラーっすね。おー、エンジン2段重ね。さっき見せてもらったコルベットのまた別バージョンですね。後ろのデザインもまた変わったっすね。お、すげえ。なんとかシップロードできたっすね。よかったよかった。DA さん、多分私のコルベットが邪魔したのでどけておきました。なるほど。ありがとうございます。たまたま場所かぶってたんですかね。おー。後ろの部分バラバラで上につけたよ。なるほど。上にドーンと積んだ感じですね。かっこいい。いや、本当にかっこいいですね。素晴らしい。いいですね。後ろから見てこの三角形のバランスがまたいいですね。後ろ姿がまたバランスいいんですよね。またウィングもまた違うパーツがついてる。ウィングが綺麗に屋根みたいになってる。そう、これすごいですね。後ろのここの部分のパーツが。そういうことか。ウィングを本来とは逆向きにこういう風に向かわせてつけることで屋根みたいに作ってるんだ。面白。なるほどね。こういう使い方があるんだ。面白。で、このウィングのこの根元の部品もこっちの内側の造形なかなか見ないですからね。いつもの船に戻った。面白い。勉強になる。面白いですね、これ。いいな、今度作るとき真似してみよう。ありがとうございます。これ参考にさせていただきます。いいな、次どんなコルベット作ろうかな。いや、夢が広がりますな。実に夢が広がりング。いいっすね。D さん、めっちゃスクショ撮らせていただいてます。いや、もう参考書にしてですね。素晴らしい。決まったら作るときを記録するね。了解です。楽しみにしております。YouTube かなんかに動画投稿してもらえるといつでも見れるですからね。そうなったら嬉しいかもしれないです。よろしくお願いいたします。忘れてた。そういえば自分の船に目つけようと思ってたから、今度目つけよう、この辺に。
お、アペレスさん、こんばんはいらっしゃいまし。ガイラッシュゲットして喜んでる中、国数はより先に未来にプルスウロトラしている。ノーバンドスカイは奥が深いゲームですからな。逆に僕はまだ外来種全然集めてないんで、あれっすね。そういう点でアペさんの方が先に行ってるのでは。ワイ外来種持ってないからね。ノーマンズスカイはね、みんな各々自分の好きな道に歩めるゲームだからね。自分の道を歩めばいいと思うよ。竜だ、ドラゴンだ。ドラゴンがやってきたぞ。いいっすね。盛り上がってまいりました。やっぱみんなすごいな。みんなでコルベット見に行こう。お邪魔します。突撃隣のコルベット。あなたのコルベット見せてください。ここは？この子は？こちらはパンダさん？お、私の船の前。竜ドラゴン？アペレスさん、金策しなきゃ、金策しなきゃ大変だね。ワタイの竜出す。パンダさんの竜なんすね。ドラゴン。お仕事に戻らなきゃ。アペさんお仕事頑張ってね。また暇な時に見てきてちょうだい。今度また一緒にノーマンズスカイやろうね。声かけてちょうだい。ワタイの竜出す。見たい見たい。パンダさんの竜。どれだ？それ黒いやつ？ああ、そういうことか。ああ、めっちゃ竜だ。尻尾やん。好評だけ3万回押して行ってくる。グッベー頑張ってお仕事応援してるで。3枚買えば偶数だから3枚1回にしてね。よろしくね。29,999回でもいいよ。よろしくね。アペさんお仕事頑張っていってらっしゃい。全体見たい。カメラ飛ばしちゃおう。ギューン。顔見て。顔見たい。めっちゃ羽だ。おーおーおー。わ、すげえ、めっちゃドラゴンだ。お、すげえ。すげえ、めっちゃドラゴンだ。わ、すげえ、ちゃんとドラゴンだ。すごっ。皆さん見えてますか？ちゃんとドラゴンっすよ。すごい。いや、マジでビビった。あ、すげえ。ちゃんと顔できるんだ。すごっ。あ、これステッカーか、青いの。うま。センスよ。そしてかっこいい。いやー、強そう。ステッカーで目にした。これうまいっすね。いや、すごっ。リエさん、偶数。ね、大事。偶数か奇数か本当に大事。いやー、これすごいなー。いや、びっくりした。思ったより有機的で生き物っぽくてびっくりです。下の10のところはちゃんと下顎になるんですね。いや、びっくりした。これはうまい。テクニックとしてめっちゃうまい。参考にさせていただきます。これマジですごい。あとこの羽の爪があるであろう部分のこの造形も複雑感が有機物感出してて有機的ですごいいいですね。かわいい？かわいい。かわいいかって聞かれたらそれはかわいい。耳んとこもかわいい。これなんかあれですよね。コルベットのパーツじゃなくて、なんだっけ、なんかこういうのあるっすよね。この間、パーツ、確か D さんに分けてもらったでしたっけ？こういう感じのパーツ。確か D さんか、佐藤さんか、なんかどなたかにこのパーツを分けてもらった記憶が。これ耳になるんだ。うまっ。すげえな。この、扇に広がった羽で作るのすごくめんどくさい。私は飽きられた。いやー、やっぱ手間がかかるんですよね、これね。グリッチうまく使って、いいところに左右対称にどんどんつけていくんですよね、これだと。コックピットの部分ちゃんと見やすい位置になってる。コックピットの部分が？コックピットは頭じゃない別のところにあるのか。どこだ、コックピット。上から見てコックピット見えるか？ありましたね。うん、ありました。こういう風に使うこともできると。これおもろいな。やっぱり通常の建築パーツ上手にこういうのに落とし込むのは面白いですね。
中さん、すごすぎて逆に参考にならないレベル。これは、完全に発想の勝利ですね。あ、そこか、コックピット。うまっ。上手。確かにこれなら邪魔にならない。上手だなぁ。さすが。尻尾のところにもシールドがあって、これも上手ですね。おしゃれー。これもあれですね、かっこよさと可愛らしさ両立してるパーツの付け方。すげえ、尻尾もいいですね、こうやって見ると。なんか、あれですね、リオレウス味のあるドラゴンですよね。この尻尾とかこの後ろのこのトゲトゲした造形とバランス感覚が。うん。模範的な尻尾のデザイン。そういう造形の仕方してる。これすごいなぁ。パンダさんさすがっす。中もお邪魔します。カメラでそのまま。なんかバランスよくここに貫通してるのも内装も結果的にすごいおしゃれ。いいなぁ。いや、マジで視界良好っすね。本当に視界良好だ。見て見てみんなこれ。コックピット席にこう行きますってなった時のこの視界の良好具合。多分乗った時視界こうなるっすよね。視界このぐらい。おー、視界いい。全然広い。銃も意外と邪魔にならないな。おしゃれー。これすごいな。中は何もしてない。実用的。中は非常に実用的。いやーすげえ。またいいもん見せてもらいました。アサラさん、すごいなー。自分こういうものづくりできないよ。いやーやっぱこの生き物っぽいデザインとかはやっぱり、これはもう完全にパンダさんのセンスですね。腕が光ってる。倒すためには全部のシールドをまず破壊しないとダメージが入らないタイムのボス。確かに。このね、間違った。ボタン間違っちゃった。このシールド砲力を先に押さないとどうしようもないタイプですね。ちょっと、換気します。声のトーンを落として、防音室の扉を開けて、換気いたします。空気が美味しい。新鮮な空気が美味しい。これでタイニーコルベットなのか。そう。中身がすごいギュッとコンパクト。有機的なデザインと戦闘力に特化している。かっけー、マジで。いいなぁ。有機的コルベットミサイル大会も絶対面白いだろうな。みんな生き物ベースでみんなコルベット作って今度ミサイル1個します。面白そう。またくしゃみ出そう。バッドウィングもあるけどバッドウィングも気になるところ。換気大切ですからね。ほんとそう。換気はほんと大切。あ、生き物なら私もあるね。でも後で見てもいいよ。了解です。ただのオタマジャクシだけど、オタマジャクシも可愛いですね。やっぱみんな一回は生き物作るっすね。僕もロブスター作ったし。佐藤さん、居住空間が私の小型船と変わらないスーパータイニーコルベット。おもろいな。リエさん、生き物ベースのコルベット解体してしまった。やっぱりコルベットも上限差あるですからね。いっぱい作りたいとだんだんね、バラしたりしちゃうんですよね。ウインナー食べながら失礼いたします。舐めてしまう前に食べてしまわないと。熱々の防音室に一緒にやるから腐っちゃうん。うまい。やっぱコルベットがずらっと並ぶと壮観だな。やっぱコルベット面白いですね。非常に面白い。お、来ましたね。ありがとうございます。意外と読み込みスムーズだ。おお、ちゃんと黒いぜ。影を見るとまさにまんま。じゃあ飛んでる姿と上空に被った時の存在感が完璧な感じですね。ではカメラ失礼します。グイ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 。あ、間違った。よいしょ。よいしょ。まずは上から。うわー、すげえかっこよ。みんな見て。みんな見て。マジでかっこいい。
すげえ、マジでまんまだ。あ、そっか、真上から見るとそれが耳の部分か。そしてまたコックピットの使い方うまいな。かっこよ、すごい。収まりきらない。収まりきらないよ。いやー、これすごいかっこいい。形とセンスもすごいね。またそのロゴぴったりの形にするのマジですごいな。さすがパンダさん、建築の人。レベルが高い。すごい、建築レベルが高い。どうします？ちょっとリアクターがまた光る。ちょっと僕の星に、惑星に戻って鑑賞会しません？そっちの方が見やすい。カメラで全体収めやすい。ちょっと星行きません？星で広いところでみんなで見せびらかそう。やっぱコルベット鑑賞会は楽しいですな。もっと見やすいところで見たい。あとせっかくだから影も見たい。せっかくだから影見たい。いいですか？またいつもの会場で、前回コルベット並べてみんなで見せ合った会場でお願いいたします。バザー会場で、道の駅の方でよろしくお願いいたします。これじゃなくてどれだっけ？ワイの自分の整形なのに場所がよく分かってないっていう。紙室に合わせて紙室に飛びたいです。僕は紙室に飛びたいです。よし、行くぜ。よいしょ。なんか画面がすごいバグってる。大丈夫かなこれ。サウベーション食べてる暇あるかしら。画面がなんか今日ずいぶんバグるな。間違った。ファイヤー。オッケー。ちょっと鼻かみますね。鼻がムズムズして仕方ない。あずらさん、じゃあそっち行くね。はい、よろしくお願いいたします。鼻かみます。一瞬ミュートにしますね。音声戻しました。よいしょーい。到着でございます。じゃあ重くないようにワイのコルベットは勝たそうかな。これ勝たせるっけか、コルベット。うち6個ぐらいあるからめっちゃある。おります。リアクターがまた光る。それリアクターもさっき見逃したな。よしと。
よいしょ。処理を軽くするために Y のコルベットはちょっと離しておいて、アイムレスチャンピオンいってらっしゃい。わ、すげえ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 。みんな見て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 。バットマンがすごいことになってる。うまっ。運転がすでにうまい。めちゃめちゃセンスあるな。すげえ待って、すごいすごいすごい。バットマンだー。ゴッサムシティに現れた黒い翼。悪を狩る悪の者。バットマン。バットマン。これバットマンが空にライト浮かべてる。マジですごい。本当にそれしか見えん。これ初見の人見たらみんなびっくりするでしょ。バットシグナルだ。マジでバットシグナル、ほんとそれ。これすーげえ。パンダさん天才？かっこいいもんね。めっちゃかっこいい。実際バットマン宇宙進出したらこれ乗るでしょ。イカす。めっちゃイカす。そう、節々がちゃんと全部バットマン。画面見るとマジでバットシグナルだ。すげえ。ちょっと待って待って待って。ちょっと待ってね。こうして、こう、こう。ちょっと傾きを直して。あ、これちょっとずつ進んでんのかもしかして。よいしょ、よいしょ。よいしょ。近づいて。この辺が限界。みんな頑張ってスクショを撮るんだ。みんな頑張ってスクショを撮るんだ。バットシグナルだぞ。バットシグナルだ。奴が来るぞ。必要なものがちゃんと全部下部に搭載されている。マジですげえ。ちゃんと性能も担保されてるのすごいな。はい、というわけでバットシグナルでございました。バットシグナルかっこいいもんね。ほんとそう。マジで天才やな。コルベットって可能性無限大なんやな。なんでここに来るといつもこの動物空飛んでんだろうな。何のバグなんだろうこれ。すっげえ。いや、おもろいな。いや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 。パソコンが熱持ってるせいで防音室が一瞬で熱くなるな。ドア閉めるとすぐにこもっちゃう。空飛ぶ動物がシュール。ほんとそう。今一瞬バットシグナルがすごい勢いで空飛んでったけど、本当に地面に映ってる影がまんまバットマンだった。今一瞬見えたけど、シャーって言ったけど、マジですごい。すごっ。あ、ドラゴンだ。ドラゴン来た。あつらさん来たよ。いらっしゃい。カメラ近づけて撮るより地面も合わせて撮るとより浮いてる感じが出そう。確かにその方がアングル熱いかも。落ちる落ちる。痛い。剣が剣が。いらっしゃいませ。ありがとうございます。わ、来たドラゴン。みんな見て、みんな見て。ドラゴンだよみんな。マジでリオレースやん。
すげえ、ちょっと待って、みんな見た？ドラゴンでかい。マジで生き物やん。草邪魔、地面の草が邪魔だ。ドラゴンでかい、暴風竜だ。暴風竜だぞ。うおぼぼぼぼぼぼぼ。引っかかった引っかかった。迫力すご。すげえかっこよ。みんな見て、あれとんでもないで、ほんま。うわー、すげえ、下くぐってった。運転うまいハンター呼ばなきゃ。てっててててれてれてて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 てパッパッパッパパラパ。よっしゃー。まさかノーマンズスカイで狩りができるとは。一狩り行こうぜ。やっぱパンダさんはすごいな。本当にすごい。マジですごい。レトナガさん、ランスで行きます。どうしようかな。じゃあ僕はライトボウガン好きなんでライトボウガンですかね。あー、すげえ。うわー、これ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 。いいなー。しかも佐藤さん上に乗ってる。佐藤さんギャー。あれもしかして佐藤さん連れ去られてる？今戦争始まろうとしてる今戦争始まろうとしてるぞすげえレーザー光線飛んでる。いやー、いいっすなー。すげえなー。火炎放射かと思いつつ、なぜかビームを出す。佐藤さんです。いいな、羨ましいぜ。羨ましいですな。閃光弾投げないと。みんな誰か閃光弾を投げて。飛んでる。今だ、閃光弾。今なら動きまひるから。閃光弾。やっぱ遠くから見るとより羽が肉々しくてめちゃめちゃいいですね。すげえ。何がすごいって飛んでても着地しててもドラゴンに見えるっていうのがマジですごい。相当研究したんだろうな。そしてリオレースは生と帰っていったのであった。すげえ。マジですごいな。コルベットってマジで可能性なんだな。無限大だ。可能性が無限大だ。いや、やっぱノーマンズスカイはいいっすな。次のコルベットどうしよう、マジで。いろんなパーツ増えたから。いやでもな、グリッチ覚えないと多分あの手の造形は厳しいんだろうな。その元々のなんだろう、グリッチなしのルールでやると絶対隙間とかできるし、有機的なデザインは無理なんだろうな。尻尾切って役名でしょ。ワイライトボウガンなのに。体験使い。太刀の切り下がりでみんな陣形崩されるとこまでがデフォパンダさんにはめられました。誘拐。佐藤さん船に引っかかって連れ去られました。やられてるやられてるよ羽とか尻尾があるから引っかかっちゃうんだおもろいのダメだ、すっごい部屋すぐ暑くなる。暑い部屋が。いや、いいっすね。みんなのコルベットをここで眺めるの楽しい。みんなが空を飛んでいる。おー、いいっすね。ごめんなさい。パンダさんめっちゃ反省しております。佐藤さん、パンダさんがこう言っておられますがパンダさん、何か弁解はございますか領域展開、超福獅子、カン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 被告パンダさん佐藤さんをコルベットに引っ掛け上空高くへ連れ去った伺いあべ、落ちた。 ELT コルベットコンフィケーション佐藤さん、竜の鱗って高額で売りましたよね。
もう完全にもうパンダさんのコルベットから鱗を這う気満々でござる。持ってかれる。でかい代償でしたな。不可抗力なんです。被告がなんか言うとります被告がなんか言うとりますいや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 あ、ついにあくびが出てしまった。眠気が来たか。いや今日も楽しかったっすね。なんとなく締めの空気に持ってこうとしている国数いや、今そういえば考えてることがあって、僕のこの惑星が、僕の画面見ていただくと分かると思うんですけど、僕の視点で見ると平和な惑星なんですよ。ただ他の方の画面で見ると嵐の惑星らしくて、非常に視界が悪いと。なので配信映えはするんですけど、なんだろう、みんなでなんだかんだどうのこうのするときに、僕以外の皆さんとても視界が悪いという話らしいので、次回の配信は惑星探しをしようと思うのですが、皆さんいかがでしょうか。多分皆さんその地球型惑星とか、あとは楽園の土地、皆様捜索なさって1箇所2箇所は押さえてるかと思うんですけど、それをそのまま教えてもらってしまうっていうのもなんかそれも味気ないので、せっかくなので惑星探しの旅を次回やろうかと思います。頑張って探したいですね。人に教えてもらえば多分一発なんですけど、それじゃあね、せっかくのノーマンズスカイの醍醐味がね、ちょっともったいないので、一生懸命探そうかと思います。これが九段の間がつながってないコルベット。本当につながってないってすごいな。これちゃんとつながってないように見える。電線が何かでつながってるのかしら。いいっすね。大雨です。やっぱりめっちゃ大雨なんだ。あずらさんいいね。いいっすよね、惑星探し。なので次回の配信は、楽園の土地探しに行こうと思います。で、楽園の土地を見つけて、どうなんだろう、バザー会場はみんなで作ったから多分ここでみんなやるんだと思うんです。屋根もつけてもらって、建物の中入っちゃえばね、暴風関係なくなるのでね、ここの会場をそのまま使うとして、また配信とかでわちゃわちゃ集まったり、こういうコルベットの鑑賞会とかまた機会があればちょいちょい挟んでやりたいなとは思うので、そうなってくるとやっぱおあつらい向きな場所が皆さん必要だとは思いませんか？思いますよね。なので次回の配信はそういう場所を探そうと思います。リエさん、賛同ありがとうございます。賛同と捉えます。は肯定と捉える佐藤さん、1箇所2箇所キーパーいくつだっけな。リエさん、せっかくならですね。まさにそうです。せっかくならですね。やっぱこういう風な機会、こういう理由をつけてね、それに沿った行動をしていくっていうのはやっぱ楽しいですからね。やっぱ目的と行動が揃うとやっぱり一番楽しいですからね。その感じでいきたいですね。いいな、かっこいいな。これ眺めながらね、いい感じだ。やっぱみんなストックはしてるんだな。平和な惑星。じゃあ次の配信楽しみにしてね。了解です。みんなでいい星見つけましょう。僕基本的には僕がノーマンズスカイのプレイヤーで、僕の視点で探していければいいなと思うんで、皆さん画面越しにいっぱい口を出してください。ああでもないこうでもない、あっちの方があるとか、何色成形がいいとか、この星は100点満点中65点かなとか、なんかいろいろね、口出していただけるとね、盛り上がると思うので、ガチガチガシガシとコメント飛ばしていただいて楽しい配信いたしましょう。そういう形で次回はやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。楽しみだな。リエさん、すっごいいや、いいですね。コルベットもすごいし、なんかみんな惑星キープしてるのもすごいし、ノーマンズスカイ面白いですな。やっぱり非常に面白い。ベトナガさん、月とか空気の薄い星とかもおすすめですよ。フィルターがない分気体とか綺麗に見えるので、それいいっすね。
僕の視点だとフィルターないのでこの星でも綺麗なんですけど、多分皆さんがこの惑星で僕のこの星で写真撮ろうと思うと多分霞んじゃうと思うので、そういうのがないノンフィルターな星をね探そうと思いますので、DA さんありがとうございます。楽しみにしています。敬礼。次回楽しみにしていてください。あずらさん、ニュースですか？よろしくお願いいたします。ニュース聞きたい。時間もいいとこですからね。そうだ。あずらさんにフォローしていただいたので、今 X のフォロー返しますね。こっち。じゃあ、あずらさん今 X のフォロー返しましたので、改めまして国和と申します。 X の方もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがたいですね。これも見させていただきます。素敵ですね。いいですね。なんか今 X 開いたら通知来てなかったけど、なんかメッセージがいっぱい来てる。ありがたいですね。あつらさん、これってさっきのコルベットのパーツの埋め方じゃないですか。いいですか？これ画像いただいて。やったー、ありがとうございます。とんでもない最高なものをいただいてしまいました。ありがとうございます。嬉しい。これ参考にいたします。すご。いっぱい真似しよう。いっぱい真似させていただきます。いや、嬉しいですな。交流の輪が広がりますね。あずらさん、のしってことで、のし了解です。ありがとうございます。あずらさん、ありがとうございました。そうやってパーツ組み合わせでできるね。なるほどね。これはぜひ真似したいところですな。グリッチビルドというもの。やっぱグリッチはね、やっぱガツガツと練習しないといけないですね。エーロンパーツでできたコルベットは絵になりますね。赤いラインがめっちゃ夜映えるんだな。なんか夜専用コルベットとか作ろうと思ったらやっぱエーロンパーツが一番映える可能性あるですね。黒ベース赤ライン、これが一番視線を独り占めできる。かっこええのー。いい感じや。よしと。じゃあ今日もいっぱい遊びましたね。3時55分です。普段の配信からするとちょっと終わるの早いのかな、もしかすると。普段が長すぎるだけか。グリッチとかやっぱ覚えたいですね。もう一回七星さんの動画とかをもっとしっかり見ていっぱい練習して、やっぱグリッチマスターした方が絶対いいですね。その方が柔道絶対増すし、練習したい。それはね、探検21からの星用パーツよ。なんかそうですよね。僕も探検21はリアルタイムで遊ぶことができたんで、21?20?21?20 ですかね。これもなんかすごいいいパーツですもんね。これもね、どんどん使っていきたいですね。リエさん、パチパチ。握手ありがとうございます。パンダさん、これも翼っぽくやってますね。いいですね。デザインがいい感じ。これでロブスターくんの精度がさらに上がることでしょう。間違いなし。でもな、ロブスターの親ロブスターはもうさっきね、もう見せてもらったので、さっき親子写真も送ってもらったのでね。真のロブスターは1個もう完成形を見てしまったので、佐藤さん、さっきの小型船は半分ずらし4分の1ずらしてんこ盛りの船ですよ。やっぱすごいですね。やっぱああいう技術てんこ盛りで作る感じですもんね。やっぱテクニックなんだな。テクニック大事だ。すごいな。夜空に映えるな、コルベットが。すごいな。待って、ごめん、探検20。やっぱそうですよね。探検20ですよね。だんだ。確かそうだと思った。OK です、OK です。大丈夫です。いや、でもなんだかんだあれっすね。共同探索もついに20超えてますからね。順調っすね。ずいぶん歴史が長いですね。ノーマンズスカイも素晴らしいことです。探検19か。探検19なんですね。探検20。探検19コルベットの後。連続で入ったんですね。19コルベットで20で
エーロンパーツがすぐ追加されてっていう。結構早かったな。でもやっぱパーツが追加されたおかげでものすごい選択肢が増えたから面白いですよね。もう1種類またなんか増えたらそれもまた楽しいですよね。楽しみですね。ハローゲームズさん楽しみにしております。よろしくお願いいたします。グリチキは見て練習してなんぼですからね。本当にそう。やっぱ思いつかないですからね。やっぱり先人たちの知恵を共有してもらってるものをしっかり学習してちょっとものにしたいところですね。ちゃんと技を身につけたい。ロブスはなんか参考になればなと思って作りました。いや、めちゃめちゃ参考になるんですよ。見せてもらって、なんか僕の本当イメージだったんで、そっか、この手があったかって思ったっすもん。それこそ爪のところをちゃんとハサミ状にするのに、あれがまさに僕のイメージだったんですよね。でっかいハサミがちゃんと突き出してっていうのが。そうだからあれが理想的なんで、ちょっとあれはちゃんとグリッチ覚えてあれやってみたいですね。まさにあれなんだよな。そのパーツの探検を完成させたらいつでも作るできる。いや、そうなんですよね。一応レシピは開放してあるので、僕もエーロンパーツは作れるようになってるんですよね。なので材料をガーッと集めて作っちゃうっていうのもありではあるんですけどね。作っていきたいですね。そうだな、あえてエーロンパーツでじゃあ一気なんか作ってみるかって言ってパーツ大量生産するのもありかもしれない。その方がこの先パーツいっぱい作って余して、いつでもエーロンパーツ余ってますよって状況にした方が、それはそれで面白いかもしれないね。10周年で何が来るか楽しみ。そっか、もう10周年近いんですね。何来るかな。10周年の記念イベントか、記念のアイテム配布とかなんかあるのかな。そうなったら楽しいですよね。なんかいろいろ配布とかやってほしいな。いや、いろいろ楽しみですね。いやー、でも今日も面白かった。よし、じゃあ今時間がほぼ4時なので、区切りがいいとこなのでそろそろ配信閉じますか。今日の配信面白いと思っていただけたらね、ぜひぜひグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最近はその配信者であることを意識して、こういうセリフもね、間にね、いいタイミングで放り込んでいこうと思ってましたので、どうぞよろしくお願いいたします。そう。この間別ゲームで遊びに行ったら、へえ、配信者なんですねって言われて、あ、そうだ、俺そういえば配信者だって思ったので、なんかみんながすごいよくしてくれるから、なんか普通に遊んでる感じしかしなくて、配信者であることを忘れるんですよね。すごい忘れちゃう。お、エビの写真忘れてた。そうだ、パンダさん今、そうだ、今ちょっと船寄せますね。エビの写真だけ撮りましょう。今そっちに行くよ、お母さん。お母さん今そっちに行くからね。エビの写真を撮って終わりにいたしましょう。エビちゃんどうすればいいだろう。エビちゃん親子前として止めたいので、すみません、今みんなにお疲れ様でしたって言った手前、なんか申し訳ないですけど、ちょっとエビちゃんの写真を今からこの辺にこうで、僕が正面に移動してこう。実は拾ったパーツにエーロンパーツを少しだけ混ぜてました。あ、マジですか。気づかなかった。ありがとうございます。いつも本当にいろんなものを譲ってもらって本当に頭が上がらないです。ありがとうございます。みんな見てダブルロブスターだよ。みんな見てダブルロブスターだよ。かわいいね。なんか表面ツヤツヤしてる方がロブスターっぽいですね。あ、やっぱりパンダさんの方がよりロブスターっぽいな。間違った。違う。お空を撮りたかったんじゃない。お空に太陽を移動したかった。そのツヤカラーいいな。そう、その尻尾の細い感じを出したかったんですよ。さあ皆さん、スクショタイム。パッシャリ。いいっすね。僕もでっかい画像でスクショ撮ろうかな。あ、ディエさんポチりました。ありがとうございます。いつもお世話になっております。
スクショ機能、こっちのスクショ機能でも撮っておこうかな。ポチッとな。どうしよう。今撮ったこのダブルロブスターの写真、次のサムネイルに使おうかな。どうしよう。あ、でもアップにしちゃったからちょっと、他の絵が入らない。いや、これは個人用に保存しておこう。パンダさん写真撮れました。ありがとうございます。いやー、おもろ。待って、ロブスターはエビなのか。もうロブスターエビか。わあ、でっかいコルベットも上飛んでる。見たいけど、また今度にしましょう。よし、また今度またみんなコルベット持ち合って披露会しましょう。ほら、まだ見てないコルベット。まだ見てないコルベットそこに置いて、もう、親子だー親子だー。さあ皆さん、配信閉じますよ。いや、あれ、気になる。あれ、内装か。気になるけど、これで配信を閉じたいと思います。じゃあ、皆さん解散でよろしくお願いいたします。皆さんお疲れ様でした。せっかくなんで、バックに大きいコルベットを入れながら、これでエンディングとしたいと思います。お疲れ様でした。おやすみなさい。今日も皆さんありがとうございました。冬動物さんも入ってきます。それは本当に申し訳ない。いい惑星次探しましょうね。動物が浮遊しないところ。また来週水曜日よろしくお願いいたします。はい。すいません。何度もコメント打ってもらって本当ありがとうございます。じゃあお疲れ様でした。エンディングです。ポチッとな。